check here. Turn that down for a second. Hello everyone, good morning. If you've already tuned in to the D1 Grand Prix broadcast. Alexi here, again Noriera on YouTube. I'll be doing the English commentary for you today. So right now is the check, as you can see in the top left of the screen, check run. Basically, quick shakedown of the cars in the morning.
make sure that they suit the conditions here today at Tsukuba Circuit. As you can see, looking like a screenshot from Gran Turismo right there, I gotta say. So we will be back fairly soon when qualifying starts for the next round. So we're going to be here all day here today, so stick with us here on the broadcast, and I'll be back very soon with the English commentary for D1 Grand Prix. See you soon. Bye for now.はい、皆さんおはようございます。2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズの第3戦つくばにようこそお越しいただきましたありがとうございます。今から始まります。はい、YouTube ご覧の皆さんも今からおそらくスタートしてると思うんですけども D1 で MC やらせていただいております辻直樹です。よろしくお願いいたします。もう現地にいらっしゃる方は分かりますけども YouTube ご覧の皆さん灼熱です。いきなりめちゃめちゃ暑いんですけども、今日明日とラウンド3ラウンド4とここつくばに久々に帰ってまいりましたんでかなり高速サーキットになってますからすごいスピード出てますんで、その迫力をご覧いただいている皆さんそれから YouTube でもですねお届けしていきたいなと思っておりますんでどうぞよろしくお願いいたします。で今コース上には今回の大会のレースクイーンの皆さんに来ていただいてますんで自己紹介と PR を今日ねお昼の12時にもステージがありましてベスト16残った選手とレースクイーンの皆さんのステージもあるんですけどもまずは朝一番ここでお願いいたします。トネさんからどうぞ。はい、皆さんおはようございます。トネのレースクイーンをしています木戸ひなのです。
トネ株式会社は創立85年を迎える日本を代表する総合工具メーカーです。さまざまなカテゴリーの、レースをサポートしており、常に新しい視点でクオリティの高い工具を作り続けています。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてはバリノさんいきましょ皆さんおはようございます。2023バリノタイヤを応援しているバリノガールの北川美玲です。バリノタイヤからは中村直樹選手率いる上尾選手、目桑選手、山口選手、久米選手、加納選手、笹山選手、下出選手が参戦します。多いね。そしてドリフトスターから、はい、尾藤選手、森選手、秋葉選手が参戦します。全部で11台。よく覚えましたね。素晴らしい。はい、今回も熱い熱い応援もよろしくお願いいたします。ポーズある。ポーズやりますか。はい、はい、じゃあ皆さん一緒にバリバリバリのめちゃめちゃ、いや、傘を置いたらよかったんじゃないでしょうか。大丈夫ですか、今ので。明日やります。明日ステージでもやろう。はい、ありがとうございます。じゃあ次は東洋さんいきましょう。皆さんおはようございます。2023チーム東洋タイヤーズドリフトギャルズの白石美音です。同じく愛坂真希です。よろしくお願いします。私たちはカーナンバー88川端正人選手、カーナンバー66藤野秀幸選手、カーナンバー7松井幸雄選手、カーナンバー77松山北斗選手、カーナンバー39永井応援しています。おお、息継ぎなし。タイヤの足元は東洋タイヤの R888R ドリフトです。グリップ力が高く選手からの信頼も厚いタイヤで、タイヤの側面にドリフトと刻印されているところもかっこいいタイヤです。すごい、カンペなしでスラスラ。ブースに展示されてますのでぜひ見に来てくださいね。また応援スタンドにお座りのお客様にこちらのメガホンをプレゼントしています。もらえんの？はい、東洋さんのね。そうです、東洋タイヤの、はい、こちら応援する際はこのように叩いて私たちと一緒に応援してください。叩き方まで丁寧。他にも選手が愛用している商品もたくさんありますので、はい、ぜひブースに遊びに来てください。はい、11時45分からはブース特設ステージでトークショーもあります。告知も忘れない。じゃんけん大会では景品も用意してお待ちしております。景品まで。それでは今日もチーム東洋タイヤズドリフトの応援よろしくお願いします。完璧、ありがとうございました。じゃあ柴田屋さんお願いいたします。皆さんおはようございます。新田結衣と小湊瑞希です。私たち柴タイヤガールズです。はい、私たちが応援する柴タイヤは31号車sobagiri選手、18号車日比野選手、2号車田中選手、52号車北岡選手、27号車茂木選手、12号車久保川選手、11号車村上選手、9号車山本選手、87号車斉藤選手の全9台を応援しています。名字だけでなんとか切り抜いた。私たちと一緒にチームの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてプロジェクトミューさんですね。皆さんこんにちは。プロジェクトミューレーシングの石井めぐみです。はい、D1 は初めてで、今日はすごくいいお天気でちょっと暑いんですけれども、皆さん一緒に一日が楽しみましょう。よかったらこちらのプロジェクトミューのブースにも遊びに来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。続いて参りましょう。皆さんこんにちは。私たちは RS 渡辺スピードマスターを応援させていただいております。ライカとまゆみんこと波瀬まゆみです。はい、どっちの番？私の番。はい、どうぞ。私たちは51号車の岩井選手と43号車の田所選手を応援しています。はい、いい結果が出せるように応援しますので、皆さんも一緒に応援よろしくお願いします。ほなこっちがマイク持ってたらよかったやん。ありがとうございます。はい、じゃあエヴァ行きましょう。皆さんおはようございます。エヴァンゲリオン。ちょっとごめんなさい。はい、今から仕切り直しでどうぞ。はい、皆さんおはようございます。
エヴァンゲリオンレーシング四季並アスカラングレー役の五十嵐のぞみと、牧波マリイラストリアス役の桐島聖子です。私たちはウィーンズトヨタ神奈川オレダレーシングを応援しています。参戦マシンは90号車エヴァ RT2 号機スープラ最上元気選手です。本日も一緒に最上選手の応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて参りましょう。皆さんおはようございます。リペアクリエイトとミツルパワーレースクイーンの月島奈々です。リペアクリエイトとミツルパワーは本年度より D1 グランプリ初参戦のチームになります。前回の奥井吹きでは悪天候もあり悔しい結果となりましたが、この筑波では勝ち進めるよう精一杯戦いたいと思います。皆さん村上充選手の応援よろしくお願いします。素晴らしい、よく練習してる。じゃあ次の方行きましょう。お願いします。はい、2023ケノールガールの辻川ダーネラとカカです。私たちはなんだっけ DSL.com 山里選手と TMS レーシングチーム G マイスターの目桑選手と山口選手を応援しています、はい、私たちと一緒にチームの応援をよろしくお願いします。淡白、ありがとうございます。あ、それで今回筑波からですねD1 マニュアルガールというですねユニットが今回からですよね。今回からです、はい、ちょっとマニュアルガールまずは自己紹介からお願いします。はい、今回2023年 D1 イメージガールズに就任しました江崎ロアです。で、私たち3人は車が本当に好き、自分たちで1台ずつ車を運転して、しかも全員マニュアル車を運転してます。そこからマニュアルが来てるんですね。で、メインステージの方で車3台とも展示してるので、よかったら見てください。いたずらしないでください。書かないでください。じゃあ自己紹介どうぞ。はい、桑田彩と申します。私は D1 盛り上げるために RX8 に乗ってきました。一応全部ワンオフでフルワイドにしてありますので、展示してあるのでよかったら見てください。よろしくお願いします。はい。はい、南千春です。私は S2000 に乗ってましたので、ぜひステージ横の車両展示のところで皆さん見てください。バイバイ。はい、ありがとうございました。はい、ということで以上でレースクイーン紹介終了になりました。この後準備でき次第オープニングセレモニーになりますので、皆さんぜひその時を待っていてください。ということで今日一日皆さんよろしくお願いいたします。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱、あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せトヨタイズ中村直樹クリアがいやはずだいけるか。あっという間で北の中に入れて好きなものを振り向きのそばバリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ
利根は今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコブさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコブさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 D1 グランプリ次戦はドリフトの聖地福島県恵比寿サーキット。西コースのホームストレートから2コーナーの立ち上がりまで使用するレイアウトは高速から一気に減速が必要のためハプニング続発。そんな難コースでも上位選手はきっちり寄せ切る凄まじい追走を見せる。シーズン折り返しを笑顔で終えるのは一体誰だ。 D1 グランプリ第5戦第6戦恵比寿は8月26、27日の土日開催。観戦はサーキットまたはビデオオプション YouTube で。大好き。さあ大変長らくお待たせいたしました。2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド3つくば始めてまいりたいと思います。2年ぶりにここつくばコースに戦戻ってまいりました。ようこそここつくばサーキットお越しいただきました。素晴らしい天気になりました。本当にこの梅雨の合間、この晴れ間、本当にねもう雨という感じも予想はしていたんですけれども、今日この土曜日は本当に素晴らしい、夏のような天気の中、どうかぜひですねこの D1 グランプリラウンド3つくばを楽しんでっていただきたいと思います。もちろん本日も D1MC 実況私鈴木まなぶです。よろしくお願いします。おはようございます。ドリテンの川崎です。今日は新製品のタオルの宣伝に来ました。またか
もうこれだけ言えば僕の仕事終わりです。はい、わかりました。これを持ってね、振って皆さん応援していただきたい。3000円今回からの新製品になっておりますので、解決と合わせましてよろしくお願いします。はいはい。はい、皆さんおはようございます。谷口信輝です。今回はですね、私このタワーの一番上、4階からですね、選手の気持ちだったり、お客さんの気持ちだったりを見たまんまを好き放題喋りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。今回はですね、ちょっとこう2年ぶりかななんですけど、ちょっとコース設定難しくしすぎまして、かなり選手が苦労されている様子なんですけど、その辺もちょっと見どころがね、あると思うんで、最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今回はですね、上本さんをですね、2ゾーンの方に、3ゾーンですね。ヘアピンです。1ヘアピンの第1ヘアピンです。高橋さん何言ってんだか分かんない。第1ヘアピンです。はい。ボックスの中にそうです、ボックスの中で追いやって、僕がで、メインジャッジっていうんですかね。ここの3階のメインジャッジでございます。コントロールタワー3階でですね、皆さんゾーンを通過しているのか、アンダーステアが出てないのかというのをですね、厳しく見ていきたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。おはようございます。今回、人間審査、主観審査の方で点数を、機械がトラブル出た時のために予備として、点数をつけさせてもらいますね。はい。バックアップシステム。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おはようございます。今年から審査団の方に加わりました小光です。で、今回は国明君と一緒にメインの方をやらせてもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そういうことですね、辻さん、今日はですね、上本さんが腹心に降格されたということで、はい、そうなんです。違う、初心に帰って、初心に帰って。じゃあ今日旗とか振るんですか？旗もありだね。旗あげてほしかったですね、上本さんにね、本当はね。一応まあそういうことでね、審判団いろいろシャッフルしながらやりますんで。実はね、今後もね、シャッフルしながらですね、やっていくということになってますんで、本当にね、今日は今日で楽しみにしたいと思います。お、久々。マニュアルガール。はい、今回から、はい。もう3人とも車が好きで、それぞれ1台ずつ車運転して、今日も展示してます。ステージ前に展示してますので、ちょっとご紹介しますね。今マイク持ってる1人目がスーパー GP の練習の観客さんで、ダンディメカニックの活動、さらに前回のはい、江崎ロアです。今日も事務局と兼任なんで忙しいと思うんですけど、今日は全然忙しくない。やってます。ちゃんとやってます。真面目に基本的事務局います。で、今日はシルビア持ってきてるんで、ぜひ見てください。シルビアを組んだ RX8 に乗っている、桑田彩ちゃん。はい、桑田彩です。いろいろもう手間をかけて大事に育ててきた8なので、よかったら見てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして、最後は S2000 を所有してスーパー GT のレースクイーンとしても活動している南千春さんです。はい、南千春です。私の大好きな愛車の S2000 が展示してあるので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。はい、ということでこの3人、ぜひこのユニット続きますようによろしくお願いします。どこかでなくならないようにお願いいたします。はい、ということで、まなぶさん、以上揃いましたんで、さあ、そしたらですね、続きまして今年からですね、実はレジェンドパスというものをですね、ちょっとまなぶさん、じゃあ先に、選手の皆さんを私から紹介しますね。選手エントリーされてる皆さん、お願いいたします。それではエントリーされてる選手、今回の単走順にご紹介してまいります。
カーナンバー8久米哲也。皆さんいますかね。はい。カーナンバー33石川純也。カーナンバー27茂木武史。カーナンバー70横井正史。カーナンバー66藤野秀幸。カーナンバー77松山北斗。カーナンバー90最上元気。カーナンバー16山口浩二。カーナンバー88川端正人。カーナンバー55松川和也。カーナンバー46末永正雄。カーナンバー78上野貴弘。カーナンバー45 S。カーナンバー56森貴弘。あれ森さんが先じゃなかった。いやすいません。はい、そしてカーナンバー12久保川澄香。続いてカーナンバー下田さんいないね。カーナンバー79目桑幸次郎。カーナンバー86笹山茂久で、続いてが斉藤大吾さんがいなさそうだな。はい、カーナンバー98尾藤弘樹。はい、続いてカーナンバー2田中聖美。カーナンバー7松井幸雄。カーナンバー31sobagiri広大。カーナンバー51岩井照義。カーナンバー52北岡悠介。そしてカーナンバー99中村直樹。カーナンバー30中田哲郎。カーナンバー6内海明則。カーナンバー18日比野哲也。カーナンバー93加納弘樹。カーナンバー9山本航。あれ山本さんじゃない。カーナンバー39永井俊樹。この方が永井さんか。はい、ちょっと次の方移してください。はい、カーナンバー69秋葉流星。はい、続いてカーナンバー11村上充。うわすげえ口。そしてカーナンバー43田所義文。そしてカーナンバー95ポン。以上です。はい、以上になります。まなぶさん。はい、辻君ありがとうございます。今2名ほどですね、この選手紹介の中には、ちょっと参列できなかったというところでございますけれども、まだリタイアになるかどうか、どうするのかはちょっと、分かっておりません。さあというところでですね、先ほどちらっと言いましたけれども、続きましてレジェンドパス、はい、はい、こちら、はい、こちらの方を授与したいということになります。谷口さんの方から、まあ谷口さん自体がレジェンドでございますからね。そうですよ、初代 D1 チャンピオンというところ。ただ今現在まだ、出場している、そして100戦以上で優秀な成績を残している選手に対してこのレジェンドパスが与えられるということになりまして、前線奥井吹でも渡しましたけれども、今日、新たにですね3名の方に渡したいと思いますが、今1名で、ちょっとここに来れないんで、2名の方をお呼びしたいと思います。まずは末永正雄選手です。そして内海明則選手です。ちょっと待ってください。なんかもう授与を拒否するみたいな。どうですか。前回から始まった、レジェンドパス、そうですね、前回上野選手、川端選手、あと田所選手、日比野選手、田所選手、開幕戦全員落ちました。これなんかこれをもらうと予選落ちるという、そうですね、ジンクスが、だけど優秀な成績で今なお、今年も頑張って出られている方に、やはり栄誉、これね、D1 からやっぱりドライバーには与えたいと。で今後もぜひ頑張ってほしいという証でございますので、逆にこの今のこのいわくつきのね、いわくないぜひこの2人に打ち破っていただきたいと、今日ね、そうしてもらいましょう。
ね、もしくはそのせいにしてもらってもいいですけどね、落ちたら。はい、末永正雄選手に、そして内海明則選手に、はい、そして実はもう1名はね、斉藤大吾選手だったんですけど、今ちょっとね、トラブルを起こした。うまく拒否したと。はい、いや、拒否したんじゃないです。多分拒否したどころか、この後のラウンド3は出れないかもしれないという状況に。100戦以上。100戦以上です。はい。ね、いうことなんで、ぜひね、今後と、いやいやいや、持っててください。持ってると必ずいいことが今後あるということになると思います。いろんなスポーツの協会もですね、こういったレジェンドに関しましては、引退した後もいろいろと面倒を見ていくとかね、いろんなこの援助金が出るとかいうのが、放浪金が出るとか、だから放浪金がもしかしたら出るかもしれないということになると思いますので、ぜひ持っといていただきたいと思いますんでね、皆さんもそれを目指して頑張っていただきたい。その放浪金もらった時、それなくしたらもらえないってことだからね。そうですそうです。だから捨てちゃダメですよ。捨てないで、ファンとかにあげないでくださいね。本当にお願いしますよ。もう本当に。はい、もういいですよ、内海さん。そう、期限付きなんで、はいはいはい。いや、毎年更新していきます。内海さんが来年出るなら、またレジェンドパスは来年も渡します。はい、違います。本当にね、まさかの期限があった。もう喜んでくださいよ、単純に。ね、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、選手を代表しまして、奥井吹の勝者、横井選手に選手宣誓をしていただきましょう。横井さん、お願いします。2連覇でしたからね。はい、皆さんおはようございます。2連覇で絶好調中の横井です。暑い中皆さんお越しいただきありがとうございます。こんな暑い中ですけど、熱い声援を僕たちは期待しております。個人的にはこのまま、突っ走って、シリーズめがけていきたいところなんですが、今日はきっと僕を倒すために皆さんがすごい熱い走りをしてくれると思いますので、ぜひ応援してくれたらなと思います。今日は皆さんよろしくお願いします。はい、横井選手、ありがとうございました。確かにね、開幕2連勝した時はチャンピオンにもなってますからね、このまま本当に突っ走ることができるのかどうか、そしてそれを誰が止めていくのかというところで、本当に素晴らしい天気の中、そしてまた新しいコース設定の中、いったどんな戦いが待ち受けているのか。さあ、それでは始めてまいりましょう。2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド3つくばの開幕です。シリーズタイトルスポンサーグランツーリスモ、オフィシャルタイヤスポンサー東洋タイヤ、バリノタイヤ、芝タイヤ、サポートタイヤスポンサーダンロップ、グッドライド、パートナースポンサートネ、スノコ、グラムライツ、アルティア、 ATS、 プロジェクトミュー、 BN スポーツ、グリッド、オフィシャルウェア、フーマ、オフィシャルアワードドリンク、奥の松酒造、メディアパートナードリフトスピリッツ、3A 以上の皆様のご協力でお送りいたします。D1 大好き。
青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱、あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せTOYO Tires。 バリのタイヤ。柴田がプロデュースする世代プレミアムタイヤ利根は今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコブさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコブさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、今回85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひこれの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい、次の100年に伝統と革新の300年、奥の松 D1 グランプリ。次戦はドリフトの聖地福島県恵比寿サーキット。西コースのホームストレートから2コーナーの立ち上がりまで使用するレイアウトは高速から一気に減速が必要のためハプニング続発。そんな難コースでも上位選手はきっちり寄せ切る凄まじい追走を見せ、シーズン折り返しを笑顔で終えるのは一体誰だ。 D1 グランプリ第5戦第6戦恵比寿は8月26、27日の土日開催。観戦はサーキットまたはビデオオプション YouTube で。
はい皆さんビデオオプションご覧いただきましてありがとうございます。映ってますかね。はい、今回もですねつくばもですねこちらのビデオオプションのこのチャンネルから D1 グランプリをお届けしますんで、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ビデオオプションの専門の MC でいいんですかね。はい、辻直樹です。よろしくお願いします。はい、そして今回もですね前回の奥伊吹に続きまして谷口信輝さんに解説していただきます。はい、皆さんよろしくお願いいたします。谷口さん、えらいいい天気になりましたけども、はい、もうすでにね、はい、4500人何人ぐらい見てくれてるのかな。あ、もう4525人。わあ、これね今年から D1 のこのチャンネルはビデオオプションがやることになったんですよ。はい、でここは無料のチャンネルなんです、はい、どなたでもご覧いただけるというチャンネルになってまして、で例年までの学さんの実況でお届けしてるの聞きたい見たいという方はプレミアムチャンネルなんで、そこをお間違いないようにそちらで見ていただいたら例年のが見れるんですけど、こっちは無料なんですよね。つまり、はい、あっちの方が本格的です。そうですこっちはそうです。どちらかというと、はい、まだそんなにドリフトに詳しくないとか、はい、そういうね目線をちょっと下げた分かんない方にも分かるようにという D1 グランプリを広げようという、はい、そういうチャンネルにこれからしていこうといういろいろ手探りでやっております。もうだいぶ詳しい専門的な方は、はい、そのマナティがやってる方の、はい、D1 チャンネルだっけ、プレミアムチャンネル、プレミアムチャンネルはいそちらを、ね、そうそれねビデオオプションにもねあるんですよね、有料のやつがメンバーシップがあるんで、それね前回間違えて入った方もいらっしゃるんで、ものの見事に作戦にはまっちゃったね。いやすいません、作戦じゃないですから、違います。違うの。いや僕らもそっち間違うんやってなってしまいまして、D1 プレミアムチャンネルというのがありますので、ビデオオプションのまたメンバーシップとは違いますので、概要欄に貼ってもらってますもん。はい、概要欄にプレミアムチャンネルの方どうやって見るかって貼ってあるんで、そちらをクリックしていただいたら見ていただけますんで、よろしくお願いします。でこっちはねもうチャットをね、ガンガン拾っていこうと。俺のところから見えないんだよね。見えないですか。どうですかこれで。見えない、ちっちゃいちょっとちっちゃいですけども、これもう僕らどんどん読んでいきますから。谷口さんがいるからこっちを見ますと、はい、いやもう谷口さん、じゃあ谷口さんをまず分かんない方もいるかもしれませんから、谷口さん失礼ですけどやらせてください。パネルがパネル出ますか。出た。はいはい、谷口信輝さん、年がさバレるやないかいって言いながら、はい、俺52歳なんだね。間違えてんのこれ。間違えてるよ。ちょっと、今年52歳ならはったんや。そうです。そうや。はい。でここです、大事なの。初代 D1 チャンピオン獲得という。そうなんですよ。これはもう誰にも塗り替えられない記録。そうなんですよ。僕以外いないんですよ。そういうことですよ。はい、初代は絶対一人ですから、はい、その谷口さんに今回はですね奥伊吹に引き続き解説していただきますんで、どうぞよろしくお願いします。前回はね、はい、天気も悪く奥伊吹ね、はい、寒い、はい、風すごい、はい、テント飛ぶ、で我々いるところ風ピューピュー、足首が凍結するぐらいの言うてありましたね。毛布のもの字も出さない、はいね、ちょっと大変でしたけども、もう劣悪な環境で、はいお届けしてましたが、はい、今回は、はい、コントロールタワーの4階で快適に過ごしております。暑くも寒くもない。そうなんですよ。風もないし、はい、砂ぼこりや石もない。臭くもない。臭くもありません。はい、最高ですね。はい、もう早速ねスパチャもらってて、あたおこやじさんとかもらってるんですけど、スパチャね前回たくさんのスパチャいただきまして、皆さんありがとうございました。生捨ていやありがとうございました。それでそのスパチャは、はい、一体その金はどこへ行ったんだという、はい、これ気になる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、どうなったんでしょうか谷口さん。くれなかった。いやそれは代わりにあるじゃないですか。代わりが俺手出して待ってたのにくれなかった。じゃあ結構な額やったんですよね。はい、それお金の代わりに、はい、今回ね、はい、ビデオオプションスタッフが、はい、あちらに、はい、いろいろね
皆さんにいただいたスパチャで、いっぱいなんかおやつとか、そうちょっと一部をこうね、俺の大好きなジャンクフードインスタントラーメンとかがね、めちゃくちゃあるんですよ、種類豊富に。もうマジでね、持ったんでいっぱい、ほんまにマジでね、たくさんね、これでしょ。今日エンドレスさんありがとうございます。米田代またくれた、米田代。ありがとうございます。ほら米田この辺にないほんとね、すごいですよ本当に。ほら全部持ってる種類違うでしょ。コンビニでねいっぱいね買ってきたらしい。そうだからすごい充実してるんですよ。はい、カップラーメン類、全部日清ばっかりです。あ、日清さん見てますか。日清さん、日清のほぼ全種類近くがあります。ここにお味はどうでしょうかね、谷口さん。一旦お湯入れてくれるこれまだ早い、まだ早いみたいです。すいません、まだ早いのでちょっと感想を見てからでもいいでしょうか。ということで皆さん、この方はなんて方だろう。BOWSE さん、ありがとうございます。ありがとうございます。アレクシー、おはよう。アレクシーは英語版でお届けしております。英語で見たいって方はアレクシーのねチャンネルでね、イングリッシュバージョン、はい、よろしくです。でね、カメラないのね。そうかそうか。そうか。いるよアレクシーも。そう前回はね俺たちの後ろでアレクシーがなんか喋ってるの見えてたけど、今回はね見えない。そうで、あとプレミアムチャンネルのまなぶさんたちはね3階なんですよ。そう僕たち4階にいて、だから俺たちの方が偉いいや偉いですよ。声聞こえることがないっていうことですね。こう入ってこないっていうこと。前回は隣にいたんですよ。そう隣にいたけどテーブル横並びでもこれしてるからどうせ聞こえないんだけどね。それとね、Yes, that's right, people. I am here. I'm in the house. I'm just to the right of these guys, or left. No, left, right. I'm to the right of these guys. 今ねモニターでは審査説明 And 入 I ってるん will ですけ be ども、 doing the 今回 commentary こ for のつくば D1 は Grand Prix here ゾーン today. がね全部アウトになってる。 If I get my levels right. で結構コースがもう長くてですね。 Here we go. So this 間の J 区 is 間っていうの your が course for today. It is それぐらい Tsukuba Circuit. ずっと長いんですけども、この If you've ever 後 played Gran 谷口さんに Turismo, も詳しいことをお聞きしますけど there も、 is a 99.9% chance you've driven this track before yourself. 単走そのもの、単走っていうのは1台で走るのをどうやってジャッジするかっていうのを、VTR まとめてあるんで、 Tsukuba Circuit, not too far away from Tokyo. It's about, I mean, when there's no traffic, maybe about an hour and 15 minutes drive, I think, depending on how fast you go. D1 グランプリは数値に基づいて計測を行い、 So D1 Grand Prix, if you're watching the stream at this time, you're probably a recurring viewer. And a lot of this information you already know, but let's go through it anyway. So D1 Grand Prix judged by the electronic DOS judging system. By the way, how's the levels of the audio, by the way? また安定した角度が求められる Are they 区 too 間で loud? Am I は too loud? 角度の安定性を計測しています。このようにマシンがフラフラすると減点です。 So what they don't want to 審判長の設 see 定したスタイルに基づ is き shallow angle, 理想の走りを cars 100点として wobbling そ around. の They 走り see に big 近づけられる angle か throughout the それが entire 勝負 track. の分かれ目となります。 And of course, on the track, as you can see in this 今回の lovely 大会 shot で there, は the zones. セクターフリー So unusually for sector D1 Grand Prix, there are no inside zones on this particular track. But there are some short outside zones. So the course starts on the front straight, zone 1, で計測を行います。 along the wall. That's the most それ以外の dangerous ジ zone ェ on イ this 区間 track. は審判がジャッジします。 Then into sector 特に 2, 今 there's 回 an は outer 4カ所 zone. のジェイ区間が設定されています。 Now you see those red それ以 lines 外 on で the 重 track. 要になるのは指定ポイン Those トの are 通過です。 unjudged parts of the 指定 track. の We'll ゾーン explain を why 通 in ら a ない second. と2点から1点の減点 So と this なりま explains す。 the zones. Now they この don't ゾーン need to 判定 run は the ロスではな entire く審判 zone. 員によって行 Only い need ま to す。 put the 審判の bodywork of 判 the 断 car で over リ the プレイ映 zone 像検証が行われることもあります。 even a little bit. Just like right there, you can see the rear wing going 計 over 測 the された点 zone. 数はこの表によって That 表されます。 counts. They don't need to put the tire. They don't need to run the entire zone. コースアウ As long ト as the car goes ジャッジ減点 over the zone with its セクター bodywork ご in と some の way, 計測点数 it を表 passes. し And て we い do ます。 have judges watching that. 例えば
ここが赤く表示された場合、 and they can get a 第1 penalty 第2で for ゾーン missing those 通過 zones. 第4セクタ Now, ーで line コースア off. ウトがあったということになります。 Uh, また振り出しの any 失敗 part や off the track ドリフ is トが戻った lava. などの判定はこのジャッ Remember ジ that エリア game の when 部 you- 分 when you're a が kid? 赤く表示さ You're れ not ま allowed す。 to drop a wheel off anywhere on the それ track 以外 that の will い get ろ you い a ろなペナル line ティは penalty. 下の段に表示さ And れ of ます course, の a で、こ judge の場合 area は審判 penalty. から説明があり On ま this す。 course, we have すべ three ての点数を合 judge 計したものが zones. この黄色の We'll 大き explain な what 文 those 字 are と in a して second. 表 They are 示されます。 unscored そして parts 右 of the 上の track. 数字が現在の暫定 It's a 順位 little で bit す。 unusual in the world of drifting to またロスエ have ラ an ーがあった際 unjudged に part は of the 審 track. 判員が順位を But つ it け、 does make sense そ here の at 結果 Tsukuba が Circuit, 全体順位に反映されます。 if only to give you guys さあ the 振り most の速さに注 exciting 目して runs D1 グ we ラン can プリのパ squeeze キ out ン of all と the 鋭 competitors い here ドリ today. フトをお楽しみください。はい、ということでございまして、今のを見ていただきましたけども、走ってみたら分かるみたいなところもね、結構あると思いますけど、今回コースかなり長いですけども、谷口さんも審判団の方と結構お話をしていただいてて、Turn them down? Okay. その辺のちょっとどうなんそこみたいなところは Put it there. How about ある that? 程度は谷口さんに聞いても大丈夫ですか？ Might turn it up a little bit when we get to the actual driving so you can hear the cars a bit better. So as you can see, Tsukuba Circuit looking like Gran Turismo here today. Lovely summer weather. Luckily for all of us here today, they're running the event a little bit earlier at Tsukuba Circuit than they have in previous years. There was one year actually where they ran this event during a heat wave. And it was the hottest it had been in Tokyo for I think like 40 years or something like that. But today, just right, just a nice breeze, nice sunny weather. Hopefully this is not the precursor to a bit of bad weather tomorrow. You know, hot, nice weather quite often precedes a thunderstorm at this time of year. But for today, it's looking really good. Should be consistent track conditions and consistent driving from all the guys out here today. And girls, should say. We do have 2 lady drivers here this weekend. So we'll be starting qualifying very shortly. So the format for today is as follows. Why does that sound like a school announcement? The format for today is as follows. First period is math. We're starting off with qualifying, which is starting right about now. We should be having the first group out there very soon. It's due to start at just before 10 o'clock, and it is 10:02 right now. So qualifying will run for an hour and a half until 11:35. It might run a little bit past that with the way we're going. And of course, this is the first actual hot session of the day, and some of these drivers might not be 100% used to the track yet. So we might see some course outs and a little bit of downtime. Hopefully not too much. Since this track is quite small, we are able to get it cleared fairly quickly. Of course, Tsukuba Circuit, one of the busiest tracks in Japan. There's always events here, and the staff here are pretty on it as far as that sort of stuff is concerned. So if we do have any kind of downtime, it should be cleared fairly shortly. So from 10 o'clock, which is now, until 11:35 is round 3 qualifying. Then from 1 o'clock until 3:30 will be the top 16 battle format. So if you want to know what time it is where you are, we will be running it from 3 hours from now will be the top 16. So top 16 will be starting 3 hours from now. Now, I understand, you know, some of you are busy. Some of you have things to do. It is Friday night in North America, after all. If you want to come back when the top 16 is on, just set a timer right now for 3 hours. And that's when we'll be back with the top 16. If you would like to hang around and watch the top 16,
Sorry, watch qualifying, which I do suggest, honestly, because today we have 4 groups. No, A, B, C, D. We have, here we go. The biggest group of entries that we've had so far this year. Well, I mean, obviously, we've only had one venue so far this year. This is round 3. Kuibuki, round 1 and 2. This weekend, today and tomorrow, is round 3 and 4. Now, we'll have to confirm which drivers have retired, because we have had some retirements, but we're looking at over 30 drivers qualifying for a top 16. I think one driver which has who has retired already from this morning is Daigo Saito in his A90 Supra. I saw it being pushed out of the pit area to where the trucks are loading up, followed by an engine on an engine rack. Here we go. This is unfortunately one of the dangerous things about this particular track when it comes to drifting. One of the video option cameramen had his camera lens broken by a piece of gravel when someone went off the track. And that's a pretty expensive lens right there, professional quality Sony camera lens. Not cheap. Hopefully they have the Sony professional insurance. I know back when I used to shoot for magazines, I had the Nikon insurance when I ran Nikon. Never had to use it, fortunately. Actually reminds me of another time when there was a drifting event here. It was an event that I run in sometimes, but that particular event I didn't run in it. The full Bancho class at a particular event. It's all the big former street guys who like to run here at Tsukuba Circuit because of the big long sweeper final corner and the Sanpatsu front straight. Somebody ran a little bit wide, and you can see in the background there, just to the right of screen, that actually you can see it right there in the middle of screen, right at the back there, just behind the fence. There's a little shed, a little shack for the flag marshals. Well, those things have big glass windows. Someone went off the track a little bit, spat up some gravel, and shattered the piece of glass. And it's a good, 4 by 3 foot piece of glass. You can imagine that would be quite expensive, and instead of having one person pay for everything, all the drivers in the class paid about $150 each to replace the glass. So yeah, expensive day. Could have been worse. So I am watching chat, by the way. Good morning, chat. Hello, chat. Everyone in YouTube chat. By the way, I got to say, if you were here from last time, thank you for being so well behaved last time. The Okubuki chat was an absolute pleasure. So as always, by the way, don't be afraid to call other people out if you see them acting up. We do have a moderator here. I'm also moderating the chat. We like to keep the chat on topic here. So anything discussions about other series, drivers not involved in D1 Grand Prix and things like that, we tend to not do that, just to keep it on topic and fun. Yeah, that's right. Nav will yeet. Yes, our it's not like the F1 Premier Live chat where it's all toxic. We try to keep it fun here. It's drifting. It's fun. You don't need to take it that seriously. And somebody in chat said, Tsukuba has grass. It does, because it's summer, and it's been raining a lot recently. It does have grass. Yeah, unfortunately, most of the video games that you see that have captured this track did so probably during the winter when it's all brown. All right, here we go. We're starting out with our first driver. Group A, first run.
Tetsuya Kume, S15 silver. You can see they're hitting that outer zone. And this part of the track, you can see him straighten up. That's okay there. That's the judged part of the track. You might be thinking, well, why are they straightening up there? They shouldn't do that. This is drifting. And that's going to be a fairly egregious course out there for Kume. It's a shame. It was a good-looking run so far until he hit that bit of dirt there. Now, here's a great angle. You can see from that shot there. The Zone 3 part of the track. So actually, let's go to the track here. So, down the front straight. Zone 1 hits that nicely. Sector 1 right here. Big angle. You want to see him hold that angle as much as possible. Now, there is an outer zone there. And normally when you drift at Tsukuba Circuit, you take an inside line there, but just in order to keep it more exciting for the tandem runs, we're having them take an outside line this weekend. Here we go, Sector 4 and Sector 5. Now, Sector 5 part of the track, very heavily banked, so you can throw it in pretty hard and get away with it. Unfortunately, Kumi there, a 0. But the sector for that Sector 4 at 20, so not too bad. So the course scored out of... each sector of the course is scored differently. So let's go through it as we do these runs, and it'll make sense. So this course layout, a little bit different to how they ran it in previous years. Of course, you don't always see the same course layout being used year after year. Various reasons. Oh, digs in right there, lifts a wheel up. Can be quite scary when that happens, when the wheel digs in like that. Not too likely to see a roll here at Ebisu, at Tsukuba Circuit, but it is possible, of course. つまりね、角度深くしてアクセル踏むイコール逆噴射のように、車がこう外側に行くことをこうアクセル踏んでトラクションで行かないようにするわけじゃない。だからオーバースピードで進入してこないと消し合うわけですよ。外に行く力とトラクションとでこう消し合ってコースアウトしないわけだから、勢いが足りないと外に行けないんだよね。わかりやすい。だろ？どうですか？わかりやすくないですか？さすが谷口。これがだから角度浅くて、Just getting a quick clean to the track there. なるほど。Dirt on the track can have an effect on the following drivers. But like I was saying before, Tsukuba Circuit staff pretty on it. Just making sure it's not too dirty right there. 速度変化がしちゃってるってことは全然点出ないですよね。角度がね浅いし、角度深くして踏むことで、車の姿勢もリアが下がって、トラクションかけてぐーっと踏んでいけるんだけど、浅い角度だとねアクセルをまったり踏んで、なんだろう横に行くのと、車が角度がつくことと戻ることの間の辺をハーフアクセルでこう角度を調整していくようになるんだけど、これを深いアングルで行くことによってアクセルをペタッと踏んで、コースアウトと逆噴射で戦いながらぐわーっと持っていけるとかっこいい。なるほど。でもそれを求めると難易度が上がる、ラインが狙ったところにこう途中でいじれない、イコールむずい。むずいっすね。でもそれやらないと残れない。そういうことですね。1本目から今のですからね。So like I was saying before, this is the first runs of the weekend that are hot for most of these drivers. The first judged runs. So we are going to see a few little course outs here and there before they're completely dialed in, especially at this end of the field. でもこれアンパイだなと思ったら
So that was our first driver, Tetsuya Kume. So other drivers in this group, Junya Ishikawa in the Toyota 86, Takeshi Mogi, S15 Sylvia. We have Yokoi, who was last round's winner at Akuibuki. Hideyuki Fujino, Hokuto Matsuyama, Genki Mogami, Koji Yamaguchi, Masato Kawabata, and Kazuya Matsukawa in Group A. さあそろそろコースクリアなりましたかね。これ U 入れてくんないかな。ね、ちょっと食レポしながらできます。できます。All right, looks like we're about ready to send out our next driver. カーナンバー27茂木武史が目指してまいります。 So it looks like we don't have Ishikawa on the start line with his 8.6. We're going straight to our next driver, Takeshi Mogi in the S15 Sylvia. Yeah, not easy to hit that outer zone there, it looks like. So you can see here this weekend we have multiple camera angles, of course, which give you a nice view. I love this shot here. That little uphill section right at the end of the front straight makes it pretty obvious from that angle as to how early these drivers are flicking it in. And that's something that will get them the points. They can flick it in big and early. The longer they are at big angle, the better the DOS will score them. Oops, sorry about that. So you can see there, Mogi did actually link the track. He didn't straighten up in that judge sector. So what the judged sectors are, what that means is, we'll explain it on the next run. So there are certain parts of the track that even if they're not sliding sideways, they won't lose points for that. And the reason for that is to keep the speed up as high as possible. I think our next drive will be a good example to go through this course. It will be Masashi Yokoi. Of course, since the weather is nice here this weekend, I can see my van parked in the car park. Since the weather is nice here this weekend, we can have our drones up. Okay, zone 2 miss. Judge area 2 miss. That was a course out. We can see his rear tyre drop off the edge of the track there. So for the zones, bodywork just needs to be in the zone. As far as course outs go, bodywork off the track is okay, it's just tyres off the track. So the standard track limits, everyone knows that phrase these days. So we got next driver, Yokoi. Here we go, down the front straight, zone 1. Zone 2, worth 20 points. Judged area 1, this is not judged. 3, 10 points. 4, 20 points, and 5, 20 points. And just over the finish line is a judge sector where they are not allowed to do anything like spin out or go off the track. So the exits of the course need to be clean as well. You can't do like a little celebratory 360-degree spin after the finish line or you'll be penalized for that. So this outer zone there in
in Sector 2. First two drivers had a bit of trouble hitting that. It's not the usual line that you take here if you're drifting at Tsukuba Circuit. However, in the case of tandem battles, which we'll be seeing later on today, it is better for that. It gives the chase driver a bit more space to get right up there next to the lead car. And there you go, score there for Yokoi, 98.9. Puts him in first place. I mean, there's only been 3 drivers so far, but I reckon that'll hold for quite some time. 172キロ、最高速度。すごい、172キロ。さあ次はですね、カーナンバー66の藤野秀幸。藤野選手もうまいですから、さあどう攻略するか。And 172 kilometers an hour on the front straight. What's that, like 70 miles an hour? Next driver, Hideyuki Fujino. Not a big flick on the entry there, using a lot of handbrake, just keeping it safe. I think Fujino maybe just going for a safe first run. A lot of angle there too. You can see how much angle you're able to throw in there and hold it. You can see from that angle there, the bank does have a fairly steep angle in Sector 5. Look at the replay for Fujino's run. This front straight does get fairly exciting when it comes down to the top 16 battles. Of course, lead car does need to do a run similar to their qualifying run, which gives the chase car... Actually, I'm looking at this course layout right now. It's not a bad idea to go for that small outer zone there in Sector 2. It's going to give the chase car a lot of chance to get right up on their door at the fastest part of the track. That's really going to separate these drivers here today. ここかなりこうほらカウンターがさ少なめになりながら確かにまあこれはね Two cars here this weekend with this particular livery, Fujino and also Kawabata, Toyo Tire's teammates. 相当難しい話になるんですね。でも藤野は本当安定感抜群。Oh, there you go, a 98.2. 今2位じゃないもしかして。なんでわかったんですか誰か。ここに書いてあるから2位って。そうランクのとこ書いてあるから。なんでわかったんですか。でも165キロなんですね今のは。やっぱりね。So 165 kilometer an hour entry there, 98.2. もう2本目。Not bad. さあ追い詰められた久米選手。あここね A グループの5台まず最初に行くんですよ。All right, back to our first driver again, Kume. A bit of a course out on his first run. Let's see how he does this time. 失敗できない。なんとか点残さないと。There you go, hitting the zone. Oh, losing a lot of angle there. Last chance, flick it in hard here. Just kind of glides in once again. We kept it on track that time, but yeah, I think Kume's sense of speed on that last transition maybe a little bit faster than it should be. これバンパーが触ってればいいんだもんね、このゾーンはね、タイヤが入ってなくても。はい、バンパーが、はい、どっかエアロが通ってれば、まあ、ここですよ。多分ね、このボックス。Let's see, does he keep it on the track the whole way around? Looks like he may have gone off a little bit, but we'll see. Does make it obvious here at Tsukuba Circuit to get that little puff of brown dust that goes up in the smoke when they drop a wheel off. 確かにまだゾーン2の途中だと思うんで、戻ったってならないのかなっていう。Nice soil in this area. Tsukuba Circuit is surrounded by a lot of agricultural activities. Ibaragi, the prefecture that we're in, just to the northeast of Tokyo, known for its rice. Famous Koshihikari strain of rice. All right, next run now, Junior Ishikawa. So this is his first run. He missed his run originally. Toyota GR86 with a 2JZ.
maybe not the greatest amount of speed for the entire course compared to what we've just seen there from Fujino and Yokoi. 今日1本キャンセルのこの1本にかけてきたという。今危なかったのが、振り出し So 遅れ Junior たギリギ only リだったん getting で one run. He missed his first run. あれがね取られ If て you な don't きゃ make it to the start line when you are called, that's a forfeit. So he has to rely on this one run to make it into the top 16. Honestly, got to say, I don't think it's going to be enough. 95.0, 152 kilometers an hour entry. I don't know about that. このね3セクが点悪いですね。7.49。Sector 3, yeah, losing a lot of speed down that straight just before the gooseneck as well. Was that a 2GR? Is that the 2GR one or is that the other one? I need to go check. I haven't seen that car this year, so I don't know. I walked through the pits this morning and the bonnet wasn't up, so I didn't get to check, but I will go and check that later on. All right, second run now for Mogi. This I do know is 2JZ. He missed his reinitiation. And that's a bit too deep there. Keep it off, keep it off. Don't go back on. There you go. No, go back on a bit later. Keep it off. There you go. There you go. Yeah, we just had Taniguchi there saying he's doing a good job. That's a good track etiquette there. Oh, and there we go. He lost his bumper. So we do have to get the track stuff out there anyway. If you're ever thinking about going to a drifting track day and you go out on the track, that's good track etiquette. If you go off the track, don't immediately drive back onto the track, onto the racing line, and drag on all the dirt and dust and sand and rocks that have gathered up in your car. Drive along the grass for a little bit if you can, and then rejoin later on. 低俗なビデオが VHS 売ってるとこがあったんだけど、これやイカ天とかっていうね、またねハレンチなね大会があってね、そこで審査員するとこういうのでめちゃくちゃ石が飛んでくるわけよ。でもバインダーでもうなるべく体をちっちゃくしてこの A4 のバインダーでなるべくこう A4 のバインダーを広げて、そう自分ちっちゃくしてこうババババーンって。でも持ってる指は当たるじゃんね。指当たりますよね。マジ危ねえんだよ。危ない。一回見たことあるもん。とんでもないサイズの石飛んでたの見たことありましたよね。やばいんだよ。あれやばかったですよ、ね。なんで来ないんだよ辻。いや俺行ってもえらい目合うからな。でもそれがだからね飛んじゃうとカメラもっていう。それはまだ石が飛んでくるでしょ。ある時は雨の極寒の中、もう寒さに耐えながらテントが飛びそうなのをこう抑えながら。Taniguchi just there explaining about how back in the day when it was judged by people and you have to go and sit down on the main corner there. If people went off, you'd have to hold up the scoring binder and shrink yourself down as much as possible to avoid getting hit by the rocks that got thrown up. But he was saying that your fingers would get hit because you'd be holding the binder in front of your face to avoid that getting hit, but then your fingers would get peppered by rocks that got thrown up. And there we go, judge area 2 getting a penalty there. And a 0 for Sector 3. That would be that big straighten he did. Didn't get the rear of the car out. So like I was saying before, that part of the track, after the first corner at Nico, sorry, I said Ebisu before, I said Nico now. After the first corner at Tsukuba Circuit, there is that short straight before the chicane and then the hairpin. In order to allow these guys to get as much speed as possible, that short straight is just a judged part of the track. It's not scored. So they can't do anything like drop a wheel off. They will get penalized. But they are able to straighten up and then initiate again. Now, of course, they can drift the whole thing. We did see that before. We saw Takeshi Mogi do that. They can do that if they want. Of course, there is the risk of when you go to reinitiate, the car doesn't step out as far as you'd like it to, like we just saw there with Mogi.
この振り出しのとこで最初の振り出しアクセル踏んだもんハンドル切るだけで So it's up to them. Of course, I think the fastest driver. So let's see what Yokoi does here. Let's have a look at Yokoi's run, because he is honestly one of the most consistent drivers in D1 Grand Prix. One of the winningest, and he did win the last round at Ibuki as well. So he might be a good example. Here we go. Let's watch Yokoi's run. So initiates down the straight into sector 1. Look at that huge flick. Does he make it into that zone? Yes, he does. Wow, great run so far. So let's see what he does here. So he doesn't quite straighten up entirely. The car is still sort of unsettled. Oh, he's got a double wheel off. Oh, what a shame there for Yokoi. That was looking like a great run. That is a massive shame there for Yokoi. That was a smooth run until that point. これ恥ずかしいですか？だって砂にはまってバンパー割っちゃったんだよ。めっちゃ攻めたって感じですけど恥ずかしいですか？ Wow, Yokoi really pushing that run there. It looks like he was just trying to go for the highest score he possibly could, just going by that first corner entry. Let's watch it here. みんなのあーっていう顔が目の前にあるわけじゃんか。それ嫌ですね。嫌でしょ。嫌な思いしてる。 You can see how that car is just barely off balance there. It's 角度すげえつけます。ここでコーナーのところ。路面がね sliding across the track. Just on the edge of grip to keep the speed up as high as possible. It's a great run from Yokoi so far. Look at that. Cutting across the track really well there to that outer zone. Hits that with as much speed as possible. This is a great run so far. This would be a difficult run to chase for the amount of speed he's putting out. Now watch this here. He doesn't straighten up entirely. The rear wheels keep spinning the entire time. He just keeps it on the edge of balance. That's a great amount of skill being shown there from Yokoi. That transition there was just a little bit earlier. He would have made that. Look at that. Only about a foot or so off the track. If he'd just done that final flick a little bit earlier, he would have made that. いいんだけど、1本目と2本目ってグリップバランスが変わるから、それは今リアタイヤだけの話をしたけど、Oh, that outer zone there, right on the edge as well. 1本目はフロントタイヤがグリップがまだその温度がまだ来てなくて、リアは温めやすいからリアだけグリップが出ちゃう。逆に2本目はフロントタイヤはもう元気出てきちゃうけど、今度は1本目よりもリアタイヤのグリップが元気が下がっちゃう。へたっちゃうと。そうだから前後のグリップバランスが1本目。So 175 kilometers an hour there for Yokoi. That's faster than his previous run. 知らんのかい。それ前回もやられたな。 30.6, so maxing out zone 1 as well. That would have been a very highly scored run. Of course, Yokoi is still in first place, but this is still only Group A. なるほど。難しいよと。だから同じマシン同じコースでも1本目と2本目でも差があると。そう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 。はあ、深いな。なるほど。簡単じゃないですね。簡単じゃない。あ、知らんけどみんなチャットも知らんけどであれとります。知らんけど魔法の言葉知らんけど。そうそう便利な言葉ね。日本で一番便利な言葉知ってる？何ですか？あれ。There we go, next run. So Fujino going for a safe run on his first qualifier. Let's see if he goes for the all-out run on his second. There we go, nice angle, good speed. All right, this is Fujino's all-out run. Nice and early. Look at his angle. Oh, just barely hitting that zone. If anything else, this was a gutsy run. It was exciting to watch, regardless of what score he gets. Look at his angle. A little bit of handbrake there, not too much. いやいいね、かっこいい藤野なんだけど、嬉しいですよね。ただ審査となると、ロスだったり、一応競技団もね、やっぱりその
良し悪しをつけなきゃいけない立場じゃないですか。そうなると、やっぱり基本的には加点じゃなくて減点を見てるんで、確かにあらを探してるんでね。そうですね、減点方式ですからね。 Watch how early he transitions here. I think this is going to make the difference for a lot of these drivers. You saw there Yokoi transitioned very late, went off track. これ調整してるじゃない。これがあれがね、Fujino very early. Oh, and he did miss that zone. That's a shame. 両モーメントがやっぱり揺れちゃうし。He missed the zone. 95 Another 175 kilometer an hour entry, so same as we saw from Yokoi. 5.59 ってすごいですよ。180キロ見たいね。見たいですね。誰か出してくんないかな。ね、180キロ見 So たいね。 losing a couple of points there. これで今 A グループの最初の5台が終わったんですよ。2本ずつ走って、でこれを順番にやっていきます。So Fujino just going back to his first score run of a 98.16. So these are the scores after the first 5 drivers. しんどいですよね、この中ではね。ただの渋滞だからね。そうですね。ずーっとスタートしない状態ですから。5台ずつ行きますんで、この感じで行っていきます。ただいま横井がトップでございます。はい。今ね 98.93。すごい点だね。やっぱこれすごいっすよね。ほぼ99点じゃん。ね、そうですね。今日さっき朝ね。はい。審査団とずっと話をしてて、ほぼ99点なんて厳しいような設定なんだよね。このだからもう満点に近い。今の横井の点数は、ほぼ満点に近い。うわー、すごい。谷口さん、この筑波 Taniguchi saying, I also heard this morning as well. あの選手とかあの選手とか絶対取らないと思うよ。The judges saying that it looks like this particular course is going to be very difficult to get maximum points. 午後からの追走のトーナメントのラダーが出た段階で、 So anything over a 99 is going to be very close to getting pretty much the maximum points you can possibly expect to get at this track. So we do have some tracks where it is possible to get over 100. And the way to do that is to not only get the amount of points that is expected, but also do just that little bit extra. So the way the DOS works is the judges sit down, they work out, okay, what's the ideal run? And the scoring algorithm is set up to give maximum points for what they consider to be a perfect run. We do sometimes have people which exceed that. If the angle is a bit too crazy, like we just saw there from Fujino, you wouldn't expect people to get that much angle, but they do. So if they can get the rest of the run perfect and get that angle on top, or get that extra 5 kilometers an hour entry speed, it is possible to get over 100. Very rare though, it hasn't happened for quite some time. Our next driver, Matsuyama. A90 Supra 2JZ, this is his first run. でも届かせるとね、やっぱりちょっとラインが角度だったり、そういうものがね、うまくいくのかっていう。ボックスに対してボックスの並び通りには走れてないけど。 Interesting looking car, this one. It has that prototype style shark fin wing running down the middle there. Seems to be the first thing that everybody notices when they see this car. It had this that shark fin. このコースだと効果ありますかね。横に98.1。98.1。 164キロ。 And a 98.1 for his first run, 164 kilometers an hour entry. シャークフィン。あれはだから良し悪しで横に行くのを空気抵抗を作ってくれるけど。 So they had that last time at a Koibuki, and it's still on there. So obviously they considered it beneficial to leave on. Our next run, this is Genki Mogami in the Unit 2 Supra and a spin. 外に持っていきたい
So zone 2 spin, because he's going to continue the run. You can still salvage some points. You never know. Because each of the each of the sectors are scored separately, you can at least get a few points. You never know, it can make the difference. A zero, if a run is completely zero, even if it's a 60, sometimes that can put you over somebody else and you'll get at least some points. It's possible, you never know, never give up. で一回こう段を入れてアクセルの時もうこれスピンモードほら本当だ、登ったところで一回段を少しカウンターを少し内側入れたでしょ、はい、あれがもうスピンモードに入れちゃったっていう、わあ 71.2 これだからコースって平らじゃないですよね、勾配があるんですよね。そう、筑波の1コーナーちょっと癖があるんですよ。こう筑波がよ、はい、普通のコースはそのまま行ってなんかバンクっぽくなってたりとか、普通にフラットのままなんだけど、筑波は一旦登って平らが来るんですよ。イメージね。はい。実は角度があるんだけど。So let's talk about the spectator situation here at Tsukuba Circuit. So one of the unfortunate things about Tsukuba Circuit is that the main drifting corner, the hairpin, has a very limited seating. Those are the premium seats, that's where you get the best view. And those seats sell out pretty quick. There are other ways to view, but for now, let's watch this next driver. Koji Yamaguchi off in the first corner and into the foam blocks. これなってる選手が多かったんですよ、今のまさにそのコース。だってもう途中からずっとステーリング内側向いてたもん、やべえっつって。Car said good night. It's getting under the Duna, and they're going to have to skull drag it out of the quite deep gravel on the first corner. Ask me how I know how deep that gravel is. 谷口さんはクラッシュパッドに突っ込んだことはあるんですか？ない。I'm just seeing if he can get out by himself, get it in back. Of course, it's always good to get the cars away from the barriers as soon as possible. Very hot exhausts don't tend to do too well with foam crash pads. Okay, we had got him off the track. ボディははい。マサオはここから見る限りは。Chat, yes, first-hand experience. It's quite embarrassing. Luckily, I was able to back out. It took a bit of effort, but I was able to get out. This is a long time ago, though. でもね、今回こうちょっと見てわかるように、みんなね。Yeah, it looks like the lower layers of the gravel are still a bit wet, so there's a bit of grip maybe to get out of there. It did rain a few days ago quite heavily. So regarding the spectator situation, so there is the main grandstand on the front straight. You can see there on the right of screen, top right. Those are the cheap seats this weekend because you can only see the front straight that clearly. You can kind of see the middle section and the hairpin, but not that well. The best seats are, of course, at the hairpin. Those are the most expensive ones. Those sell out pretty quick, and what you need to do is you need to go to a convenience store and buy them from there, which can be a bit difficult if you ever think about traveling to D1 Grand Prix from overseas. The good seats sell out pretty quick unless you're going to a big venue like, for example, Autopolis down in Kyushu. That will never sell out. They have more seating there than at Daytona. The crazy amount of seating there. That will never sell out. Unfortunately, at Tsukuba it does sell out on the main corner, unfortunately. But if you're visiting from overseas, I'm just going to assume if you're visiting from overseas that let's say your height
is a little bit higher than average than it is in Japan. You can get a general entry and just stand behind the fence, which honestly isn't that bad, as long as you don't pick a spot where you're going to get peppered with rocks if someone goes off. There's quite a few spots in the track where you can stand right behind the fence and get pretty close, which is fun. Yeah, but no, what I meant by Autopolis, like, it will never sell out. Autopolis has seating, like, I've never seen that amount of seating before. It's like a stadium. You could run the Super Bowl, the World Cup, and, you know, even those sorts of places would have less seating. It's crazy. All right, next driver. So this is our second driver in the Toyo Tires GR86 livery, Masato Kawabata, another former D1 Grand Prix champion. Let's see how he tackles qualifying here today. His teammate went for a safe first run and then an all-out second run. Looks like Kawabata may be doing the same thing. A little bit of understeer on the entry there from Kawabata. Yeah, the front end doesn't look as gripped up as some of the other drivers, but he's still controlling it very well. Nice clean run. Nice clean run there from Kawabata for his first run. Very comfortable to watch that run. Someone in chat asking about the rotaries. We do have 2 rotaries here this weekend. We have the Ari Amamiya 3-rotor FD, and he is in... Oh, looks like Kawabata did miss zone 2. That's on the first corner, so that would have been a 97.1. Quite low entry speed as well, so I think that may have been his safe first run. It's fairly common for Kawabata to do that. Kawabata used to go for a one and done back in the day when he was at his peak. I'm not saying he's not at his peak now, but there was a time when Kawabata would just do one run, drop the mic, and that was it. The level of driving is going up. And yes, thank you, Nav. Also, Iwai in the FCRX7. 3-rotor will be out there as well. Matsukawa, this is actually an A85, believe it or not. Don't get it wrong though. It is a D1 spec machine, but if you look at the chassis code on the car, it does say A85. So this is for all the Itsuki fans out there. Here we go, first run, Matsukawa. That may be a miss on the zone on the straight. Looks like the rear of this car might have a bit too much grip for the power. Whoa. That was, yeah, once again, a little bit too much. Alright, so look at this as he flicks down the straight. Yeah, he actually got on the handbrake there, so that was a very obvious indication there that the rear of the car was not stepping out as far as he wanted. Pulling the handbrake there is a bit of an act of desperation.
ところで1個2個振って、3個目に思い切って出すわけですよ。リアグリップがきついから、そうするとぶっ飛んでいっちゃうわけですね。It's a bit too much rear grip on this car, making it look like a bit difficult to control. They may want to go and put a bit more pressure in those rear tires. Or maybe wind up the dampers and make them a little bit harder to give him a bit more predictability in the back of that car. So 78 for Matsukawa on his first run, 154, so quite a low entry speed as well. いきなりやったらうまくいかないと、強めにいっちゃうと。そうすると、その1、2をスイスイといって3個にパーンと飛ばすと、やっぱり角度がつきすぎたまま、コースアウトしていくか、ハウスピン状態になってきて、コーナーうまくなぞれずに立ち上がりにインに入っていくような感じになるかとか、届かなかったり、ボックスまで。先ほどの山口浩二ですか。松川和也のところで、いわゆる上本のところに。カメラマンのところに相当砂粒飛んでったらしいです。ガチャガチャ。音聞きたいですよ、ガチャガチャ音。出せんのそんなの。これ今吐いてる音ですね。外に吐いてる。これなんかどっかの部屋に。That sounds like glass. Can you hear that? いや、コース上じゃないこれ。コース上。なんか今聞こえた？今聞こえた？上本の声が入ってきたね。上本が今、多分暑いみたいで、エアコンの意味がないようですよね。文句言ってますか。聞き逃さないっすね。今までエアコンの意味がないよってみんな書いてくれてる。バレた。貝本さんの本性。上本が今までずっと審査員長としてずっとやってきたでしょ。なんか今年回すらしいの審判団で。取り回しでいろんな部署をみんなでやろうという。麻雀みたいに今お前親なみたいな感じで。そんな感じですね。今回は国さんがメインですよね。でしょ。で上本は腹心の位置です。地方に飛ばされた。地方というか大事なとこですから。でそこでね、上本が俺のところエアコンあるからっつってさっきね言ってたのよ。俺のとこエアコンあるから。大体腹心のパターンはエアコンないし、テントもあるかないかわからんぐらいのところですから、過酷やけど。Alright, so everything just all went. 時田が1コーナーでしょ。Went to it 時田1コーナー just now. Looks like we have a little bit of an oil down on the track, which they are cleaning up. Also, a bunch of dirt got thrown up. And actually, what I'm going to do is I'm just going to step away from the mic for a second. Go, just have a look out the window and see what's going on. I'll be right back. Hang on. 思いっきりエアコンの意味がないとかして投げてたね。おっと、エアコンの意味がないって言ってましたね。そうだ、谷口さんも YouTube チャンネルされてますけども。そうですよ。はい。ノブチャンネルと申します。ノブチャンネル。はい。今ね、8829人の方がね。今ね、ライブで見てくれてますけども。ぜひチャンネル登録の方ですね。お願いしたいですね。してくんないとですね。今からもうずっと俺こうやってやりますけど。いや、困りますそれは。よろしくお願いします。今日もなんか収録があるとか。そうなんですよ。収録をね、する予定なんですよ。はい。来週のネタのために。結構結構キンキンのネタやな。あれ？でも余裕ないのもうちょい。バラすなよ。来週の言うてるから。違う。ネタをホットな新鮮なネタをホットなうちにお届けするという。そう新鮮なネタをね。なるほど、そうです。今日見た人がここで見た人。Okay, so I went and had a look. 場で見た人がすぐもう来週の金曜日 So に it turns out. フレッシュなネタを。So it turns out there's at the hairpin, there is a flag marshal's booth where some of the judges are. Now, because for some reason the aircon for that booth is not working properly,
They had to open the window to let some air through, obviously, and through that open window flew a whole bunch of dirt and rocks from that previous course out. So that's what that we can hear that sweeping noise there before. That's what that was. Yeah, so that's definitely one way to get the judges to not like you, is to throw dirt at them. スプリングフィールドさん。コメダで涼んでください。誰かコメダ買ってきて。この辺あんのかな。この辺ないよね。今ねちょっとねコース清掃してるんですよ。We're just doing some quick resets to the track there. There was a little bit of an oil. You can't quite see it. Top right of the screen. There's a bit of oil that's been an oil clean. What do you call it? Oil down. It's been spread on the track. No, sorry, oil dry. Oil dry that's been spread on the track there. And they're going to go sweep that up. Also, we're resetting that that foam block on the track there. Maybe they're putting it there to prevent people from, maybe discourage them from driving up that far off the track there. Are they going to return that block, or is that where it's going to sit? That's where it's going to sit. No, they are moving it. Moving it back a little bit. 3店舗あるけど。固まってるんですね。いや全部こっから19キロ全部違う。なるほど。それいいとして、何やったっけ？はい。何聞こうとした？あ、そうそう。でね。はい。今日も撮影をする予定なんですよ。はい。ノブチャンネル。はい。Well, if they dig that trench any deeper from people going off, people will start sending submarines down there, won't they? Oh, that's a timely joke, isn't it? B パドックの辺に持ってきてますけど。本当にこれ事前に動かしてなくて、昨日いろいろ組んだだけなんで、本当にトラブル出ないか心配なんだけど。Alright, so here's some replays of the run so far. This is our first driver, Kume. He was our first driver to go off the track this morning. Right there. 何も触ってない、それを転がすと今日。ほんでアリストでこのコースドリフトするってことですか？まずはちゃんと動くのかなってとこだったり、いじったところの、こういう風になりましたなっていうインプレ、それがメインですけど、でも今日お客さんがいてこの D1 コースじゃないですか、やっぱドリフトしないといけないんだろうなっていうところで、できればやりたいですけど、っていうかやるつもりですけど、できなかったらごめんなさい的なね。なんせ動かしてないから、以前のうちのチャンネルでノーマルな状態で走らせた以来なんで、あれからいろいろいじってマジ今日シェイクダウンなんで。So interesting new layout for this course this weekend. 谷口さんドス余ってるみたいです。いるわけないだろう。Maybe not quite suiting solo runs as much as previous layouts. However, I get the feeling that this particular layout will do really well when it comes to the top 16 battles later on today. Our run from Takeshi Mogi. Believe it or not, he runs a fishing park up in Gunma, which is sort of Japan's version of like a stocked lake fishing area where you can be more guaranteed to catch a fish. I believe trout are the things to catch up there in Gunma. We have Hurt in chat. Hello, Hurt. 皆さんメーカーさんのスポンサーさんとかの PR タイムもあるんで、でもそこでギュッとしないと筑波サーキットって5時までに絶対終わらんダメなんですよね。4時までということは谷口さんの時間がもっとギュッとなりましたね。今1時間のギュは大きいですねこれ。あ、また
So I think even in this first group of drivers, we can see the gap in what it takes to get this track right. Matsukawa here struggling a little bit, just the car not quite set up right for this track. With too much rear grip. Yes, it is possible to have too much rear grip in drifting. えれ違うじゃないか。いやでもなんかデザートみたいなのも充実してる。Alright, we should be getting back onto the track with the action pretty soon. 比べる感じなの。いや違うと思いますけど。Chat noticing Hurt in here. That's right. Hollywood star Hurt. 名古屋ですね。すみません。そう東海地方。As seen on billboards in Hollywood. あチャットの部分ね。これできないですよこれ文字。文字大きくなる？どうやんだろう。してよ。見えないの。せっかくみんながコメントくれてるのにさ。この文字を大きくしてもらいましょう。チャット欄の文字を。あ、なる。あ、なる。なるじゃん。あ、もうこの映像なんかいらないほぼこっち So this weekend, it's all the usual drivers that you see. We do have one driver who is debuting, if that is a word, this weekend at D1 Grand Prix, Toshiki Nagai. He's in the Rocket Bunny Hot Wheels S13 Sylvia, which I think you guys should enjoy the looks of. ありがとうございます。これはトシヤ M さん。The time here is 11 a.m. If you'd like to know the schedule for today. If things keep going the way they've been going, we might start a little bit later. But the Top 16 Battle Tournament is due to start at 1 o'clock. So 2 hours from now is when we're going to start the Top 16 battles. Might be a little bit, I think, well, I don't know. They might just cut the midday break a bit short. So please, all the drivers out there, keep these runs clean. I know it's the first qualifying runs of the weekend, and some of you aren't quite used to it yet, but please try and keep it clean so we can keep the action going. When I said Hot Wheels, I didn't mean it's like a Hot Wheels. It's a real car, you know. It's not an actual Hot Wheels. He's just put. Yeah, he's not going to go on the track and go broom, broom, broom and push it along the ground, you know. マジでね、皆さんのスパチャが今回おやつもいっぱい買ってきてくれて、おやつ出してよ。おやつ食べようよ。It's a 1-1 scale. Yeah, it's a 1-1 scale. 二人のコンビ大好きですやって。食べながらはさすがにあれですねって言われました。あれって言われましたよ、谷口さん。日本で一番便利な言葉あれ。Honestly, I got to say, Hot Wheels sponsoring motorsport is the most obvious thing ever. Like how many? Okay, chat. I'm going to ask you. How many of you, as motorsports fans, do not own at least like 1 or 2 Hot Wheels cars, like in the boxes that you've got like up somewhere? よっちゃんさん160円ありがとうございます。Well, on the other hand, how many do? Like I do, and I'm not a collector or anything. Like I don't collect Hot Wheels by any means. I'd say I have at least a dozen. おやついただきました。 When I was 10, okay. A better question is, how many have less than 50? That's actually the question. Yeah. I'm the rare exception. I have a suitcase. 0, me. Still have mine? Yeah. There you go. That's an even better one. If you still have yours from when you were a kid. 聞こえてんのは学さんじゃなくてね、アレクシーなんですよ。イングリッシュバージョンを今生放送でやってますから。松浦康介ってやつがいてね、ドライバーに。はい。やっぱり野菜を取らなきゃいけないってことで、キャベツ太郎を食べてるんだってあいつ。いやいや、これキャベツの成分入ってる？ Where's he getting all these snacks from? 入ってんのかなこれ。入ってないでしょ。 I have a container full of it. 30. There you go. Still have a box full. Yeah, see? Everybody. 全部この辺のお菓子じゃんよ。ああ。That's. そうや、なんか見たな。うまい棒。うまい棒もあったな。I'm gonna grab some snacks. Hang on. I'll be right back. それ野菜じゃない。ビッグチョコ。カプリコ。あ、これ美味しいですよね。何？うまい棒ちょうだいってアレクシーが。だってうまい棒の工場はこの辺じゃない？そう、うまい棒の工場この辺だよね。アレクシーの飲み物代ももらってたで。俺言っといて。飲み物代もらってたからアレクシー。そう、全部駄菓子よ。
カプリコ大好きです。ありがとうございます。皆さん、これは前回の奥吹きの時のスパチャで、はい、皆さんのスパチャがこういう形になって目に見える形になりました。ありがとうございます。きっと俺たちには何もくんないんだろうなと思ってましたが、そうくれました。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、谷口さん、はい、恵比寿8月の末ですよね。恵比寿は谷口さんはスーパー GT と被ってるんですか？あ、僕は仕事がありますね。Oh yeah. これも仕事や。I got some これも snacks. 仕事や。何のつもりで来てたんですか？僕は仕事があります。8月は。いやこれ I も仕 got 事で、それで I got some umaibo 熊さんが snacks, 熊久保支配人が which is 座られてということになるそうです。how would you describe umaibo? Imagine. 安いっすよ。いやいやいや言わんといて。Wait, do you guys have cheesels? だらけ。What do you guys call them? Like cheese rings? ありがとうございます。また北海道夏。Imagine like a cheese ring, but it's like I don't know, like 6 or 7 inches long. It's like a tube. It's like a tube cheese stick. No cheese rings in California. Do you know what I mean, though? It's like, imagine like a pipe. It's a pipe of snack. It's a pipe snack. Yeah, but they come in different flavors. I got regular cheese. I got regular cheese and the corn potage flavor. That's like a really popular flavor in Japan for some reason. Corn potage. It's like a corn soup. Yeah, like a giant Cheeto. Wait, do you have Cheetos in America? We have them in Australia. No, we have Cheeto. No, not Cheeto. No, it's like a tube. In Australia, we have Cheezels, which is like a ring. Like a corn cheese finger. Yeah, I guess. I'll show you later on. I'll show you guys later. And I also got a big katsu. And honestly, these are snacks you give to kids usually, but adults still eat them because they're just tasty and they cost like 40 cents each. I think the company that makes them are sponsoring, so that's why we have them. They're a good snack. I'll have one later on. All right, here we go. Back to the action from cheese snacks to burning rubber. Hokuto Matsuyama, second run. There's a lot of smoke here. Running a bit wide. Oh, he's off track. Oh, he went off track. Unfortunately, yeah, we didn't see it on the track there. I could see it out the window. Hokuto Matsuyama going off track in sector 2, unfortunately. I think it may not have been a driving error. It looks like the car may have lost power. Let's see if we can get a replay right here. ちょっとこの後の映像がね、これリプレイでも出るか出ないですよね。ちょっとさっき撮れてないから。 So he flicks it back. See, they're getting on the handbrake. You can see the front of the car dive down there as he slams on the brakes, gets the weight off those huge rear Toyo tires. A lot of power being put down there, loses the car in the smoke, but see if we can get a reverse shot here. He goes off track and it cuts out right there. Here we go, top down view, perfect, here we go. Very early on the power, hits that zone and just goes off. いいね、ドローン嘘発見器。いや別に嘘ついてないですよ。これはちょっと失敗。 44.6。まあ1本目 98.1 ですから現在第3位。 So 44 for his second run. トップじゃないかなと思うんです今のとこ。いやそうなんですよ。間違いないですよそれ。 98.9 いってますから。そして最上は1本目失敗でしたから追い込まれております。 Matsuyama will have to rely on his first score of a 98.1. It may be enough.
depending on how the rest of these runs go. Alright, next run. Genki Mogami, the Evangelion Unit 2. Evangelion racing car. First run was a spin. He misses that zone though. Too much angle, too much angle. Oh, very close to coming off the track there. Needs to get this transition early, nice and early. Nice and early. Ah! The Mogami needs to go and maybe jump on Gran Turismo for a bit and get used to the track, because his timing is way off. Bodywork looking a bit sad. It's got that. It's got that kind of face on it on the rear of the car there. Mogami in this car. It was driven by Tezuka Tsuyoshi late last year at Ebisu Circuit. Mogami driving it this year. Stepping up from D1 Light Series into D1 Grand Prix. コースアウト派手にしてまして、ちょっとバーンと浮いてましたけど、オイルがどうも出たらしくて次走れない。じゃあもう松川ここまで。うわー。砂利のところに勢いよく入ると、やっぱり砂でいろんなものをこう攻撃するから、オイルのラインとかなんか引きちぎったりしたのかな。破損しちゃって、そこからオイル漏れ。まあエアロがね、オイルクーラーこう破損するとかね。何が壊れたか一切わかりませんけど、まあとにかくもう走れないってことですね。走れないんですよ。つまり時間がちょっと負けますね。いやいや1台分ね。あ、コース清掃入ります。Yeah, even though it looked like he was slowing down enough to make that flick. Just ran a bit too wide there. Oh, those poor spectators behind the fence there. They got a good view of it. Hopefully they ducked out of the way in time. この最後振ったところからもう鼻からダートの上、芝の中走ってきましたね。そうですよね。今スパチャもらいましたよ。嵐せつなさん320円。鈴鹿サーキットで見たいですって。ね。私やってましたからね。ありがとうございます。てかまだグループ A 正解です。正解。何？てかまだグループ A というですね、ちょっと疲れたくないところを。あ、そうだ、スープラはどうなんでしょう。難しいんでしょうか。ドリフト。第5のしか乗ったことないもん。わからない。あ、HKS の乗ったわ。とっても素直な車だったけどね。あ、ドリフトに関してはどうですか。全然乗りやすかったけどね。Yeah, that part of the track there. It's fun to watch, that's for sure. Standing behind there, but unfortunately, just behind where those spectators are standing is kind of a hill. You only have a small amount of area where you can stand on, so you can't really jump back from there. You have to just duck down. ワイドトレッドにしてるから、縦横比が真四角すぎて、そういう意味ではちょっとピーキーかもしれないね。なるほど。振りにくかったりっていう。出ますよ、出ますよ。知らんけど。出た、3回目。Alright, that's Group A done. 今8646人の方が。I feel like I'm a Maibo now. I'm gonna have to get these off my table, otherwise I'm gonna start wanting to eat them. どうだろうな。登録してますっていう方は多かったんですけどね。さあ、そしてOh no, we still do have some drivers to go in Group A. Sorry, my mistake. 飛んでいきましたけども、この辺マシン損傷なくいけるんでしょうか。ただ谷口さん曰くセットがまだ決まってないんじゃないかということでしたけども、
まあ、もしかしたら、さっきちょっと言ったリアタイヤだけ温まっててフロントタイヤが全く温まってなかったからかもしれない。ラディアントさんから知らんけど100点。So 2 BMWs in D1 Grand Prix this year. The TMS team, the E92 double entry. One of them being driven by Koji Yamaguchi, of course, this being Japan. 2JZ. Oh, it's a bit too much angle there. He's going to understeer. Keep it on the track, please. There we go. That was a nice tip in there. If you're from Australia, if you watch burnout competitions, it wasn't drifting though, unfortunately. Let's see the angle from the drift. There's a lot of angle there. You can see he loses angle there. That is a big no-no when it comes to drift judging. And the spin there. The angry burnout at the end there. ところが反応がなくて、もうちょっと切ってたらすげえ急に来るみたいなね。今ここ振り返すでしょ。この後。ここで振り返す、でカウンター当てる、でこれちょっとステアリングを少しね、ここでちょっと内側やるじゃん、ほら、ここで反応がないからすごい切るじゃん。He has to steer very heavily into the corner. 反応が確かに遅いですね。カウンターを戻したところで、そこでもうちょっと車としては内側に行ってほしいのに、あれ来ないってなってもっと戻して、なるほど。そうしたらもう道も足りなく、その間にだいぶ進んじゃってるから道も足りなくなってくるし、はあ、ほんまや。確かにもう戻ってるけどタイヤ的には反応してないですね。運転手は操作してるんだけど車が反応してないから、だからもう一つ行くんですけど、フロントの設置がいまいち言うこと聞かないんだろうね。はあ、そんなことあるんや。はあ、まだ熟成してないということですね。これも 77.3 ということですから、いや山口ここまでになりますね。All right, Yamaguchi has 0 in sector 2. だろ? Doesn't get any extra bonus points for that fat skid. とても勉強になります。This isn't Summer Nats. This is D1 Grand Prix, unfortunately for him. 切り角だけじゃないんだよね。大事なのは。なるほど。それがいかにしっかり反応するかどうか。All right, second one for Kawabata. Let's see if he pulls out an all-out run this time. Oh, he's being very ginger on the accelerator there, not getting too aggressive with it. Oh, right to the edge of the track. That may be a course out. We'll see. Oh, he's driving right on the edge of the track. Ah, that's going to be a missed zone there for sure. ゾーン取れず。いやあれね、全部2点なんですよ今回。ゾーン外しは。2箇所外した？この2点は。違う違う、ここはは Let's watch on this top angle. ゾーン2は多分大丈夫。Great drone shot. コースアウトの。And hits that zone, of course, but yeah, that's a wheel off the track there. You can see that. It's easy to spot. 1脱でもマイナス2ですよね、1脱でも。So he's going to lose 2 points for going off the track there. It looks like he's going to lose another 2 points for missing zone 2. ピンチ？めっちゃピンチだと思います。これピンチ？ Sorry, zone 3, I mean. わかんないよ。わかんない。意外とカットライン低いかもしれない。どういうことですか？ああ、なるほど。みんなうまくいかないから。みんなうまくいかなくて、そのボーダーの得点が低いと。そう。だから横井たちが98点ってのはちょっとズバ抜けてるのかもしれないですね。まあもちろんいい点なんだけど、カットラインはだから川端の 95.1 でも残れる。All right, so that is going to be the last driver in this group. I think Matsukawa is not doing his second run. はちょっと点伸びないですね。So we'll be seeing our next group of drivers coming out very soon. だって4点引かれて96点 Watch this last part of the track here from Kawabata. Yeah, that's a zone miss there as well. So line off in sector 2.
確かに、まだ A グループだけなんですけど、 And the zone 3 miss as well, so that's 4 points. そういうことですね。 So 92.7 for Kawabata, unfortunately for him, that puts him in 5th. でもやっぱりそれでも96.7 after these drivers from Group A. So these are the standings after Group A. Wow, that was really that was a long Group A, wasn't it? Hopefully this next group will go through a bit faster. But there you go. There's Group A. Currently Yokoi, Fujino, Matsuyama in first, second, and third place. So Matsuyama, the driver in the shark fin GR Supra. 35分単走全部終了の予定。あと12分で全部終わるってこと？いや、あと17分で全部終わる。いや、無理です。これはちょっとノブチャンネルピンチですけど。ノブチャンネルがピンチだ。All right, here we go on board with, I think this is Masao Suenaga, I think. 今ですね、ちょっと映してないですけど、谷口さんはノブチャンネルスタッフとYeah, this is マジの打ち合わせしてます。our first driver in Group B, 本当のマジ打ち合わせ。Masao Suenaga. いやー、辻君バカなの。いやいや、 Coming up to the start line, we'll be seeing him go out first. So in this group we have, as you saw there, first driver, the D-Max S15 of Masao Suenaga. We also have the Lexus of Ueno. Here we go. そのゾーンの引き直しとかね、そういうのもありますから。ちょっとそこのお時間はいただくんですけども。いやー、予定よりだいぶ。 Chanatpom Kurpiam from Thailand. So we have our 2 Thai drivers here this weekend as well. Takahiro Mori, Mr. Average in the 180SX from GP Sports. Sumika Kubokawa. And Sayaka Shimoda, our 2 female drivers, drew Group B here today. In the other E92 BMW, Kojiro Mekuwa, the GR86 of Sasayama, and one driver we're not seeing is Daigo Saito, who blew an engine this morning. So first run, Masao Suenaga. We just saw his teammate Yokoi run in Group A. Now it's time for his teammate Suenaga in Group B. And he's looking nice and smooth as well. Very nice. ミスもなく、しかも全体的な射速もある。98点台いきますね。 Now that run there was pretty much straight down the groove. シリーズランキングで言うとね、2位ですよね。これ何点？13ポイントの差だ。だって前回 D-Max だったもんね。そうなんですよ。 So not a huge flick これはもしかしたら for Suenaga, but look at that, holds that angle. That's in Japanese you say ante. Holding the angle consistently. That's a big thing. That's very big in Japanese drifting, is holding angle cleanly and not kind of chopping around, wobbling around. That's going to get you good points. He initiates nice and early there. Not big angle, but just sets himself up. So a 97.6 for Suenaga. So what would make that run? I was about to say, not a whole lot of angle. What would make that run really good would be another 10 degrees or so everywhere on the track. That would make that a really good run. Definitely a first place run. But it's still solid first run for Suenaga. Let's see how he does in his second run coming up soon. But right now, Ueno, the Lexus. Normally a V6, it's a 2JZ this weekend. The Vertex body kit, of course, Ueno is Mr. Car Make T&E. A lot of speed for this big body. It's Ueno's trademark. The big luxury touring 2-doors back in the day in the Toyota Sora. Now it's in the Lexus RC. So that was 100% a miss on Zone 3. 運転手はアクセル上げてるのにパワーがすぐバッと引っかいてくんないから、外に膨らめなかったね。ゾーン2も今上からのやつだと取れてなかったですね。わあ、ここはゾーン2もゾーン3も
So looking like he may receive some, yeah, there you go, Zone 2 and Zone 3, missing those zones. So only at 93.3, 152 kilometer an hour, fairly low entry speed as well. Our next driver, one of our 2 tire drivers here this weekend. Everyone just calls him S. That's his nickname. Throwing down huge angle on his first run. Lots of speed. Let's watch the flick. That's a lot of angle. S. Nice. Oh, losing a lot of speed there and missing that outer zone there. That's one of the tricks of this track here at Tsukuba Circuit. It's difficult to know how much speed to throw into that final corner, that Sector 5 hairpin. Because of the bank, it does slow you up pretty quick. Look at that. Breaking his neck looking out that side glass there. Very cool entry to the course there for S. Interested to see what kind of score he gets for Sector 1. 29.42, not bad. Actually, good scores across the board. Unfortunately, yeah, just missing that that zone there. It's going to lose him 2 points. Our next round, Mori in the 180SX. All right, Mori, not a great start, missing a zone, dropping a wheel off. Let's see what he can do in the second half of this course here. Kind of washing out a little bit. He's going to go off the track. Go. Luckily, he backed off. That's a different replay there. There we go. Drone shot from Mori. This car looking quite loose in the rear. Yeah, it took a long time to get the car flicked back into the hairpin. I think setting up those foam blocks on the outside of the track there by the staff here was a good idea. Otherwise, I think he would have gone off a bit deeper than he did. Nice angle. The rear tire starts to roll backwards while keeping angle. That's not too bad there, but yeah, dropping a wheel off the end of the track there. Penalty, not a good thing in D1. Yeah, I think this car has the lateral grip set up in this car is maybe a little bit too loose for this particular track. You can see some of the cars this weekend, when they get to full angle like that, the rear kind of digs in when they get on the accelerator. Whereas Mori's car seems to glide a bit more. That may be his personal preference. That's the way he likes to drive. Because it does allow you to keep a lot more speed, a lot deeper into the corner. That said, it is a bit more difficult to control. So let's see what score he gets. Wait, did he already get a score for that? There it is. So missing zone 1, 72.8, and a 0 for going off the track. Oh, you got a 0 for that part of the track? I guess he went off, so yeah. There you go. All right, next driver now, Sumika Kubokawa.
Did D1 Grand Prix back in the day, took a break, and now she's back. In her signature 180SX. I think Musée Platinum is a beauty studio of some description. Yep. Got the boot in at just about the right time to keep it from going off the edge of the track, although we did see a lot of brown dust fly up. We saw Sumika re-debut in this 180SX at round 1 at Okuibuki this year. I went and asked her mechanic, did they change anything from round 1 and round 2? He said no, car's the same, we changed the driver a bit. And I said, her driving or her mental state? And he said both. And there's a score there, 94.1 for Sumika, missing sector 5 or going over the edge of the track. All right, back to the first driver in Group B1. Masao Suenaga, second run. Lacking a bit of angle. Same as before. Honestly, the car doesn't seem to be pushing forward as hard as his teammate Yokoi. The second half of the track not looking too bad. First half here. You can see there the rear tyre. They do really run low pressures here in drifting competitions to try and get as much grip out of those rear tyres as possible. And there you go, a 98. So obviously that time I think he had a bit more angle, especially look at the second half of the track there too. 19.9, 19.8. Good average run there for Suenaga. Puts him into second place just behind his teammate. So this is looking like a good year for the D-Max team. Next run, Ueno, second chance. Oh, a bit too deep there, and a half spin for Ueno, unfortunately. A bit of a shame there for Ueno. See in chat people are talking about the format that they use here in D1 Grand Prix. So it is a top 16 battle only. We don't run a top 32. It's also an uncapped entry. So depending on the round, we get different amounts of drivers entering. So you have to earn your spot in the top 16. So back in the day, they did have a seeded driver system, where I believe it was the top 12 drivers who had held points in the championship were at least guaranteed an entry into the top 16. And they'd have a separate qualifying for the seeded drivers. So that was a bit rough back in the day. You might have, for example, 30 or 40, sometimes 50 drivers entering, and you'd all be competing for 4 open spots in the top 16. That was kind of rough back then. But these days it's just open qualifying. Everybody has an equal chance to get through. Look at this S.
demon mode on the first half of the track. He's starting to lose speed though. He's going to hit that zone there. There you go, right at the end. It's kind of an afterthought there, hitting that zone. 1600円。ノブさんの解説最高やで分かりやすい上に面白い最高やん。最高の褒め言葉や。ありがとうございます。猫猫猫猫猫猫。ちょっと多かったんじゃん。猫4つです。はい、これ上から見るとゾーン2も取れてないんじゃないかなと思いますけどどうでしょうか。So S driving like a madman, but he's got to hit those zones. There are requirements on the track that need to be fulfilled, and it looks like it's almost a bit of an afterthought for S. He's just going all out. And, zone. Yeah, better hit that. There you go, once again. Huge angle on the entry. Is he losing a lot of speed by doing this, though? That's another question. The speed is a very important part of the DOS judging factor. D1 のタイで優勝経験がある。おお、それは覚えてる。覚えてる。それは覚えてるんや。つくばでぶつかったことはないけど。いや、それは忘れた。あ、でもこれ 97.6 は5位ですから。上地の上行きましたよ。And there you go, 97.6, 163 kilometers an hour. So good entry speed there. It didn't slow him down too much getting that big angle. 5th place so far, so looking pretty good for S. Would like to see that crazy driving in the top 16, that's for sure. Right, next driver now, Takahiro Mori. Oh, sketchy angle there. Not very smooth for Mori. All right, let's see what he can do in this second half of the course. Sector 3, Sector 4, slowing down a lot. And Sector 5. Timing kind of all over the place there for Mori. Great sounding 2J on this car though. I know I mention this every time, but I'm going to say it again. Mori's 2J, the all-track built exhaust manifold, they always sound good. すごい。モンゴルで見てくれてんの？すごいね。すごい。あ、今9585人。ありがとうございます。たくさん見ていただいてます。さあ、これ森さんはちょっと厳しいかな、今の走りだと。どうでしょう。ちょっとまだね、ボーダーがどれぐらいになるかは分かんないんですけども。Mori's car, the kind of doing the kind of run that looks good on photos, but maybe not quite as good on video. Zone 1 miss, unfortunately for him. So puts him into 10th place after 2 runs. So not looking too good for a top 16 for Mori. あれ、もう久保川さん行かないの？行きますよね。はいはい。ちょっと今なんか全体の得点が出ましたけども、久保川澄香がもう1本あります。1本目が 94.1。All right, last driver in Group B1. さあ、これ今スタート地点。All right, second run for Sumika. 180SX with a 2J. All right, looking smooth so far. Bit too much angle there. She's going to miss that outer zone. Her line shallowed up at the last second there. It's a shame. First part of this run, nice and smooth. さっき久保川澄香 94.1 ですから、まあ絶対伸ばしておきたいですからね。Clean run, but remember, it is Sumika's first season back in D1 Grand Prix after a very long time.
probably about 7 or 8 years, I'd say. 今もう久保川澄香の2本目終わりましたよ。 So I think we should probably give her a bit of a chance to get back into the swing of things. が取れなかったので、そこの点がそこまでは良かったんですけどね。本当の最後ここです。ね。はい。インに入っていってしまいました。ちょっと目線がね内側向いてたような感じに。Now I should say at this point, we should have finished qualifying by now, and we're about halfway through. So I think hopefully we can keep these drivers moving a bit faster. Right, that's our last driver in Group B1. Now for Group B2, Sayaka Shimoda, Mekuwa Sasayama, and not Daigo Saito, who is retired after an engine blow this morning. So I think they've dragged that car off somewhere to get it fixed. And he'll be back tomorrow for round 4. 11時35分が単走終了の予定でした。じゃあもうここから後ろの人は全部もう予選落ちということで。いやというかね、いや違うんです、まだね、半分も来てないですよ。残念なお知らせしていい？なんでしょう？大会運営事務局から、僕の今日のアリスの走行枠はなしになりました。うわー、もうこの時点でなし。あんなに大事な企画が。じゃあ。来週は更新は？来週はお休み？お休み？お休み？ストックがあるんじゃないですか？なんかない。口がないと言ってますけども。ない。うわー、残念。アリストなし。I've got a bit of bad news here, unfortunately. 明日。はい。明日どうですか？明日もみんな押すんじゃないのどうせ。でもほら、 a little bit of bad news. コースに。So we were supposed to have supposed to. I'm sorry, that's not very announcer-like of me, isn't it? We were supposed to have finished qualifying by now. Unfortunately, that hasn't happened due to some downtimes during the first part of the morning. Honestly, I thought the qualifying would take longer than the amount of time that they gave to it. It turned out it did, not surprisingly. Now, what we were supposed to do by now was the commentator on the right screen, Taniguchi, who is a former D1 Grand Prix champion. He's also a racing driver. And recently he's also a YouTuber. The video option crew made a channel for him, the Knob channel, on which he drives various cars and shows his personal cars and things like that. He's been building a Aristo recently. He was supposed to drive it on the track, and video option were going to film it. Unfortunately, that's been cancelled, so that's a huge shame for him and for all of us, I guess. But never mind that. Next driver, Sayaka Shimoda. Too much angle. It's going to miss that zone. No. A little bit too exciting. But she's giving 120% here. Sector 5 looking good for Sayaka. ケツから来るし、もむしで。だからすごいですよね。思いっきりもいいし。すごい。ほんまや。 Right, front straight not looking too bad. Kind of over rotates here. それはあなたがちょっと卑猥な。Holds it. Yeah, not too bad. Does lose a lot of angle there though. That's going to take points away. ケツから来て揉んでるよね。いやいやいや、ちょっと今言い方よりなんか増してません？さっき1回目より。簡単に言うと今のね、今の1本を短く言うと。That's 78.6 for Sayaka Shimoda. Gets a 0 in sector 2. これは2本目期待しましょう。 It's a shame there. Look at that. Although, look, 29.9 and a 10. So that would have been a really good run if she just didn't make that mistake in sector 2. If Sayaka can just string all those sectors together,
She'll make the top 16 easily. We'll see what she does in her second run. Okay, next driver now. This is Kojiro Mekawa, the other E92 BMW with a 2JZ here this weekend. He's a former D1 Lights champion in his 180 SX. Front end kind of washing out there. And Mekawa's thrown in the towel there for the first qualifying run. So it looks like maybe the front end grip not what he was expecting. You can really see a lot of fronts, a lot of steering work there, even when the car is just sitting at angle with not a whole lot of response. So the front end maybe not as responsive as Mekawa would like. You can see there he's trying to steer into the corner to bring the rear end around, and it's just not coming around on him. ここなんて全然ね、フロント右切ってんのに反応してないですね。まあ走ってる場所がもうダスティーなとこだからっていうのもあるけど。途中まではいい感じで来てたんだけど。そうですよね。It looked like just maybe he didn't want to risk running the rest of the course with the front end not as he expected. You can see as he went over the finish line too, he started to scrub the tires maybe to get some bit of heat into them. So this is the first year with these cars running. Mekawa did run round 1 and 2. His teammate Koji Yamaguchi, they had the car at Akuibuki, but it wasn't finished. It was just sitting in the pits on display, just with no engine or driveline. こうなってくると2本目もなんか厳しそうな感じですけどね。この旗の上り半端ないね。これみんなスタッフの方がね、全部立ててくれるんですよ。いっぱい並べすぎて字が見えませんけどね。いや、これがいいんですよ。これがいいのか。So maybe those BMWs aren't quite set up the way they'd like. 間抜いた方が字が読めす。いや、本数立ってる方がいいんですよ。これは。Mekawa, pretty brainy driver. 向こうから谷口余計なこと言うな感が半端ない。So if there are some things that need to be changed on it, he should be able to let the mechanics know what to do. そして笹山茂久ですね。はい。あれ、こんな車だったっけ？ Alright, next run. Sasayama in the GR86. Okay, not looking too bad so far. He hits that zone, comes through sector 2 pretty well. 3, 4, quite wide. It's going to switch back nice and early on the gas. On the gas. Took a while. That's going to be a penalty there. Just wasn't smooth coming into zone 3 and sector 5, unfortunately. First half of the run looking good though. 笹山さん頑張ってください。チャンピオンマシンを引き継いで目指せ D1 つくば単走完全勝利。チャンピオンマシンなのこれ？誰もなんでしょう。違います。The drivers who are comfortable with high speed, enjoying the first half of this track. The technical drivers doing well in the second half. You need to be both to get a good run here at Tsukuba Circuit. はみ出んのかなと思ったけど、行き切りましたよね。ほんで、ゾーン3じゃなくて3セク。Chat saying, tell Knob to get proper subtitles for his channel. That's up to video option to do that. I don't think he gets to saying that, but I will mention it. 88.2。こうさ2点引いたとしても 90.2 だから。そうですね。ちょっと低いよね。今のでは。Right, so 88.2, a little bit low there for Sasayama. All right, next run. Sayaka Shimoda. Oh, she missed the zone. Threw it too hard. This run is not looking good so far. This run's all over the place for Sayaka. No, this is not looking good at all.
今のはサイドを使ってつないでとか、So there's a lot of little points on this run that shows she wasn't really feeling good and in control. Look at that, missing the outer zone there. As she flicks it back. It's a lot of angle though, I've got to say. So stays on the handbrake, doesn't let the rear tires roll back like some of the other drivers have, but loses a lot of angle in the process. So looking at the setup of this particular car, front end, I think they've made a huge improvement after the runs they did at Okuibuki. The front end had a bit of steering binding, and the knuckle setup wasn't quite right. I think they've done a good job tuning that out, but I think also the side grip of the car looks a little bit lower as a result of that. Still a bit of progress to be made for Sayaka Shimoda. Okay, next right now, Kojino Mekua. So speaking of front end, whoa, big angle from Mekua. Oh, right on the edge of grip there. So front end, this is a huge IQ driving here from Mekua. Look at that. He's driving around the front end lack of grip. There we go. Okay, I really want to see this run again from the low angle view, but let's watch from here. So Mekua goes out wide, right on the edge though, brings it in, hits that zone, no problem. Remember, they don't need to run the entire zone, just at least hit it a little bit. Out wide, sets the car up for the chicane. Now watch this. On the first run, we could see his front end was losing a lot of grip. Up, and there we go. A 98.2 for Mekua. Great run. Now, I really got to say, he took that weak front end grip that this car obviously has and drove around it. He did a lot of things very early to compensate for the car's poor setup. That shows a lot of skill. All right, next one now, Sasayama. That may have been a miss for Zone 1, and that is a definite course out there in Sector 2. チャンピオンを取ったマシーンなんですね、これ。それをリメイクしたそうです。なるほど。さっきの人ですごい知ってたよ。なんでそんな裏情報知ってんだ。チャンピオンマシーン。Hazard zone。よっちゃんさん320円。よっちゃんすげえな。本当だ、すごい。よっちゃんさん。情報通だね。すごい。知らない人向け。助かる。俺知らない人。いや、僕も知らない人。助かる。すごいね、よく知ってます。皆さんもなんか知ってたら。今も9685人見てもらってます。And entry speed 171.5, so decent entry speed for Sasayama. But 27.1, not a great score. Puts him right down the bottom there. So there you go, 2 runs for Sayaka Shimoda in that group, 78-76. Honestly, looking at her run though, if she could just string it all together, she could qualify. Absolutely. Great run from Mekua as well. It puts him into 3rd place with that 98.18. Showing a great amount of skill, quickly adapting to that car's weak front end grip. Driving around it. Driving around the problem. 血を流した髪の長い女性。誰なんほんま見えた人。 And of course, we were supposed to have Daigo Saito in that group. He wasn't in that group due to an engine issue. I saw them rolling out the car this morning, and where the car was sitting just in the pits before they pushed it all the way out to the truck, there was a bit of an oil puddle on the ground. So some big problems with Daigo Saito's E90 Supra. We will not be seeing him today. I think luckily for him, his workshop is about a 2-hour drive from here. So
So they should probably have that car back later on today, hopefully, if it's just an engine swap. 辻さん交代でっておいおい擬人化スナイパー交代で There we go, Group C, our first 5 drivers. Hiroki Vito, Semi Tanaka, Yukiya Matsui, and Koudai Sobagiri. So interesting mix of cars in this group. The S13 1Via, S15 Sylvia, FD, RX7, and the Q60 Infinity. It's sold as the Skyline here in Japan. It's the Q60 Infinity over in the United States. The shell is actually an Infinity from the USA. That's why it has the Infinity grille, because it has been converted back to right-hand drive for the Japanese driver Koudai Sobagiri. ここら辺の守谷地区というかこの辺の筑波の近くはやっぱりねここの会社が強いみたいだね。株式会社ヤオキンさん。これでもこれ売ってるとこ販売者が違うな。製造は違うなこれ。書いてないな。These snacks here, Kabetsu Taro. It's like how do you translate that? Kabetsu Taro. Cabbage Johnny. Johnny Cabbage. I don't know. It's first time I had Kabetsu Taro the snack. It's like a sort of a cabbage flavored, yeah I know, cabbage flavored like rice puff snack. The first time I ate it, I thought it was disgusting. But then like the second, third time I ate it, I really liked it, and I really like it now. なんか似たような類似品でさ、なんかありますよね。大して大きくもないくせにビッグチョコって書いてるやついるでしょ。大して大きなのにビッグって言うなと。そうそうそう。 And by the way, that one they just showed there, big choco, super big choco. これスポンサーじゃないですよ。It's a snack usually bought by kids. It's like a rice puff, chocolate coated rice puff bar. And it costs like 40 cents because it's meant to be bought by kids. It's not really that, it's not like a Snickers or something where it's like full of, like it's mostly air. But kids like to eat it because it's big and it feels like you're getting value for money. Like I guess a crunch bar sort of thing, yeah. It's like a rice puff bar covered in chocolate. They're all right. I mean, if you're going to spend 40 cents on a snack, it's sort of pretty much what you expect. All right, here we go. My name's Hiroki Vito. Yeehaw! In the 1Via here this weekend, Drift Star Rolling Dancer. Those are the tires he's sponsored by. Another driver who's moved up from D1 Lights here to D1 Grand Prix. He's going to miss zone 3. No, Hiroki is not American. He's Japanese, although the Vito is Filipino. So he's a Japanese Filipino. Kuya Vito. 鹿島ハートマンさん320円、辻さんチェンジ、オリドさんへ。いや、それはもう大変なことになりますよ、でも。変わったら。収集つかないですけど、大丈夫ですか？間違いない。So when he debuted in D1 Grand Prix, this car was the traditional Kansai purple. You can still see the roll cage there. It has that purple flake paint job. But of course, once you get sponsored, it's your sponsor's paint job you have to run. ビトのこと？ビト、So Vito with the Drift Star tire sponsorship. だってトウがウじゃなくて横棒だもんね。そう横棒、ビトはもう横棒です。そうですそうです。ビト、ヒロキ。でもねうまいんだよねこの彼。そううまいですよね。本当実力者。So it's a nice smooth run that is going to be a 2-point deduction for zone 3, unfortunately, but the rest of the run looking pretty good. いや谷口さんずっと付き合ってくれてましたから。はい。Zone 2 and Zone 3. 2つとも外してる。So it would have been a 97.5. じゃあ4点足したら 97.5。
solid run for Vito apart from those zone misses. Hopefully he can fix that in his next run. Would like to see him in the top 16 for sure. 松本清にアパホテル。このカラーになりましたからね。Our next run now. You can hear that rotary sing here at Tsukuba Circuit. Performed basically a big fat zero at Okuibuki. Let's see how he does here this weekend at Tsukuba Circuit. Aria Mamiya built RX-7 by with Matsui behind the steering wheel. That's a bit too much angle there. That was going to be a half spin. もう一個言うと、今の最後の1ヘアピンのアウト側なぞるでしょ、あそこが難しい理由がもう一つあって、あそこすごいバンクあるのよ。One of two rotaries here this weekend, the quad rotor turbo. ここじゃない。もう一個先のところ。最後のところ。そう。はい。ゾーン3のところですね。そう。この後ね。First half of the run looking pretty good. 1個目振る。この SG 1つ。2個目振る。2つ。多分ね点が出て見えなくなるんだ今から。この先返すと。このコーナーすごいバンクがあるの上の方。なるほど、はい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 。登っていくんですね。ここはすごく登って受けちゃってるんだけど、この先ちょっと登ったら今度は下りになるから、抜けやすいってなるわけ。だから正雄選手がすごくうまくやってたんですね。ゾーン3 miss of the zone 3. 94.4 for Matsui. 絶賛勢いに乗ってる男。Sobagiri Koudai。インフィニティという珍しい車ね。Our next run now, Infinity with Sobagiri behind the wheel. He's part of the simulator generation, the new generation of drivers that grew up not on the mountains, not on the industrial streets, but on the computer, on simulators and remote control drifting. A little bit shallow there through the gooseneck, or through the chicane section. Good speed, clean run though, but he was driving safely, which of course makes it easier to drive cleanly. You can see the angle of these runs not quite as aggressive as some of the other drivers. Okay. Okay, there you go. Well, there you go. There's an indication. That's what the DOS wants to see. That's what it wants to see. There you go. Puts him in the first place. How does this guy do that? How does he so consistent? How does Sobagiri do that? He does that all the time. He just throws down these like perfectly consistent runs that just don't look like crazy, but they get that great score. How? There you go. Everyone, go buy yourself a simulator. That's what you got to do. 99.1. There you go. Everyone is all the spotters are going. Okay, better get on the radio and let our drivers know what to do. He made it look effortless. There you go. That's what the judging is looking for. American car sitting in first place right now, by the way. Technically. Our next run, Semi Tanaka.
Understeering there. Honestly, I'm just a bit shook right now after watching that previous run from Sobagiri. The difference. It's kind of obvious there when you look at it. Like the smoothness and average speed of Sobagiri's run was so high compared to a lot of the other drivers. It just makes it really obvious. It's so hard to keep your speed up on this course, and he was able to do that. And the score then 97 for Tanaka. No penalty, puts him in 8th place. でこのグループはもう一台岩井がまだ残ってます。最後ねエンジンがね怪しかったですね音が。とりあえずじゃあ2本目はもうキャンセルするかもしれないですね。さあ次は。All right, next run, our other rotary here this weekend, Tetsuya Iwai, the 3-rotor FCRX7. You hear the difference in sounds that these engines make, that 20B hum. Big angle for the FC. Oh, a bit choppy on the angle though. Lost a bit of angle and brought it back out again. Running very wide there. Speed's going to drop down a lot. Not too bad for his first run here, EY. This car was always a bit of a fan favorite. Originally, the blue and white two-tone, just a bit of a throwback to the old IMSA style cars from the USA. This year he's got the red and white two-tone. He's got that full Pandem body kit. Here's something I mentioned in one of my videos recently on Norio here on YouTube when I went out to the RX-7 meeting up on Mount Haruna. You know how we say Doritos? Well, they say rice balls. If you look at the shape of a Japanese onigiri or a rice ball, it's almost the same shape as a rotor. やっぱゾーン2は外してましたね。でも 95.5 ってそうあれ外してなかったらすごかったですよ。これで今ランキング10位。残るんじゃないこれって。ねどうでしょうね。 Alright, score there 95.5 puts him in 10th place with a zone penalty. あとね13人残ってます。Alright, next run. Let's see what this boy can do on his second run. It's Hiroki Vito, second run here in qualifying. It's looking smooth. Sets up for the chicane. Oh, a bit of a hesitation there. A little bit too wide there maybe, but not looking too bad. Nice angle. See if we can drive out of here, holding that angle. There you go. It's the kind of run that would do well in a tandem battle. Well, let's see that score. Will it be better than his first run? I'm going to guess it will be. Could this be a 98? I'm going to say higher 97s. Oh, low 97. 97.2. 160 kilometer an hour entry though. Good entry speed. It's about where you want to see it. It's bang on 100 miles an hour. 97.2.
4-rotor growl of the RM Amiya RX-7. Matsui's second run. Looking good so far, holding his speed. Smoke isn't judged, but he's making a lot of smoke. The flick, second flick, third flick. Bit of a pause there to get the car out into zone 3. A good average speed through the course too. This would be a difficult run to chase for cars that weren't as fast as this. Of course, smoke not judged at all in D1, but it sure is fun to watch. And there you go, 97.0. Yeah, not too high on any one of those scores in particular. They're all sort of mid to low, but just sort of good average across the scores, which honestly is all you really need to do to get to the top 16. And in motorsport in general, you can be average for a long time and end up in first place. 1本目の C グループの半分の1本目の途中が終わった段階なので、はい、C の前半のあとそば切り。 All right, here we go. Let's watch this run. This is the guy who just got first place and the first driver to get a 99 so far this weekend. Koudai Sobagiri in the Q60 Infinity. Here we go. Let's watch this run. Look at that flick. Look at that flick. Big understeer though. Does he manage to save it? Just barely. Second half of the run. Look at these transitions. Look at these transitions from Sobagiri. Watch this. Huge flick to angle. Everyone else here is throwing roundhouses. And Sobagiri's in with these lightning quick hooks. Here we go, watch this. Down the front straight. Hits the zone. And watch the flick back here. Oh, you're kidding. Editor, please. You're killing me. I wanted to see that flick again. Unfortunately there, Sector 2 penalty, Zone 3 penalty, only a 94.1, still sitting in first place. Nothing to lose really for Sobagiri, trying to get an even better score there. I'm going to go find the editor after this and give him a wet willy. All right, second run now for Semi Tanaka. On the other hand though, the cameramen this weekend are doing a great job. Love that crash zoom on the front straight. Really dynamic shots here at D1 Grand Prix. Okay, second run for Tanaka. Good so far. Nice flick into the out of the chicane, into the hairpin. Chat says, give him a concho. I might do that. Okay, so it looks like Tanaka, no problem with the zones there. 97.2. And he's in 8th place after 2 runs. All right, second run, Iwai. Nice angle. Oh, he had to extend it out to hit that zone.
One thing about this track too, I'm sure, like I said before, a lot of you guys have driven this track in Gran Turismo. In real life, it's a lot narrower than it looks. どう評価されるのか、ちょっと見たいな。どうでしょう。1本目 95.5 取れるかどうかわかんないラインですからね。一応審査席 And the track itself, not really that that wide. ボーダーラインじゃないかと。 It does change width fairly quickly. Gets down to about 3 cars wide at its narrowest point. はい。いますので。 And 97.1 for Iwai, so he holds on to 10th place. 上3人出るか。あ、出た。 All right, here you go. This is the qualifying order after 2 groups. Sorry, 2.5 groups. So we have C2, D1, and D2 to go. The biggest entry list for a little while. We were supposed to end qualifying a while back. 今16位は森さんだ。93.67。すごいね。ちゃんとミスターアベレージのとこいますね。本当だ。ちゃんとやってるね。ちゃんとやって仕事してます。何点でしょう。あとこっちに何人いるっけ。 So because the amount of drivers here is a bit more than usual, usually we have 4 groups of 8 drivers. It's been split up into smaller groups this time. So each group is 5 drivers. We have 5 or 4, either 5 or 4. 村上。呼ばれなかった人かわいそうに。とかいろいろ。The groups are determined by lottery at the morning's driver meeting. So they just each driver pulls out a ping pong ball out of a box, and that puts them into a group. やっぱ97点入るかどうかなんだろうね。やっぱそうですね。その辺ですね。97点乗れるかどうか。96点この9久米がやっぱり一番そう微妙なところだろうね。久米さんの 96.95。それで。 So anybody, just going by pure numbers, the top 3 drivers are safe. 上尾選手リタイアだよ。リタイアなんですか、上尾さん。ちょっと今ね、聞いてみますね。なんでみんなの方が詳しいんだ、俺たちより。なんで知ってんの？これ今の映像はですね、おそらく北岡選手。Oh, sorry, someone in chat already said that. Thank you, Shamil. You are correct. Only the top 3 drivers are 100% safe for the top 16. Just on task says long day. It is a long day. It's a very long day today. We were supposed to end qualifying already. I don't know why they didn't give us more time. They may push the top 16 battles back a little bit, just to give everyone a bit of time. Of course, it's kind of unfair to all the drivers in Group D if we go straight into top 16. これ誰が考えたの？どうやっても無理じゃん。その順調にいってても。いや、コースアウト今日誰もしなかったとしても無理じゃね？そうですね。ちょっとコース長いですからね。一本が。どれぐらいで見てたかですね。All right, this next group, Yusuke Kitaoka, who you just saw, also this guy here, the driver everyone wants to see, Naoki Nakamura in the 2J GR86. Also in this group we have Tetsuro Nakata in the Mark II and Akinori Utsumi in S15 Sylvia. So I think they were just doing a DOS reset on Kitaoka's car right there, so they're going to send Naoki Nakamura through instead. I've got to say, I love these new onboard cameras with the full resolution that they're running in D1 Grand Prix now. Here we go, next run. It is Naoki Nakamura. Love to see this guy in the top 16. Looking fast so far for Naoki.
Nice and smooth. Look at that. Holds that angle, drives out of the corner straight like a rally driver. Anti-lag going crazy in the background. Absolutely destroying that red line of that 2J. We got onboard view from Naoki. Look at the speed there. That very obvious uphill as well into the first corner. As flat as this track looks, there is a fair bit of elevation change, considering the surrounding countryside is dead flat. And a 97.6 for Naoki's first run, 164 km/h entry speed, puts him in 8th place after first run. Solid first run for Naoki. どうやら上尾さんは出るみたいですよ、これ。現状そういう時代届は出てないということなんで。なるほど。はい。さあ次が平岡祐介です。Our next run, Yusuke Kitaoka. JZX 100 Mark II. Not many JZXs in D1 Grand Prix these days. Kitaoka been in a Mark II since forever. Usually does well in qualifying. Here we go, sets it up for the chicane. Big flick, huge flick. Loses a bit of speed though. Oh, right on the edge of the track. Drops a wheel off. どうして？カメラ的にはちょっとやってほしくない感じだったそうです。レンズが割れちゃう系。いや惜しかったな。最後だけですよね。最後だけだよね。There is definitely something about a big, long sedan going sideways. ラインが取ってはいたとは思うんですけど。And there you go, Sector 5, course out. Very obviously directly in front of the camera. 惜しかった、もったいない。さあ、これ今映ってるのが中田哲郎。Speaking of big, long sedans, here's our other big, long sedan driver in D1 Grand Prix, Tetsuro Nakata. JZX 100, also a Mark II. Smoking out the turn 1 camera. Still smoke left over from the previous couple of runs as well. Oh, and off the track as well. Sure, the drone pilot isn't too happy about that either. It's all right, drone's just shaking it off there. So he will be getting a penalty for Sector 5 as well. 審査席って言ってもイカ天の場合って長机置くだけですやん。何のバリアも何もない。はみ出ると思ったらアクセル踏むなやってね。呼び出すよね。So that would have been a 96. 2-point penalty gives him a 94.8. 17th place, but that's definitely not a guaranteed position. Well, 17th isn't even top 16, so he needs to work harder on his second run. Next run. Akinori Utsumi. Team Night Zone back in the day. Team Night Zone all drove sky blue, like metallic sky blue Silvias. It's out this weekend in the S15. 2JZ powered. OG in the drift game here in Japan. The car's starting to bog down a bit. Yes, Sync. I know 17 is not 16. I know. Yeah, well, 17 is not 16. I know that.
Thank you. みんな書いてます。And 93.8。 Sector 2, there wasn't a Sector 5 penalty for that? Okay. Well, in any case, he's going to have to work hard on his second run. Now this is the second run for Naoki Nakamura. Let's see what kind of run he can crank out here. Big flick. Nice, right to the edge of the track. 97.6 on his first run. Naoki's place to shine is, of course, in the tandem runs. But you need to qualify to get into the top 16 for the tandems. So, very important time of day for Naoki is qualifying. それいいですよね。おりゃーってやつ。あれがやっぱりこうおーってなりますもんね。こっちなる。いやーここのコースアウト減点が入ります。2奪かな。96.9。 So would have been a 98.9. But chat, say it with me. Ready? 3, 2, 1. Nice. 96.9 for Naoki Nakamura. 北岡がいきますね。はい。北岡 95.5 ですから。ギリ危険なところにいますから。そうですね。まだ行きたいですね。96点台後半が There you go. ボーダーラインかなと。All right, next run. Yusuke Kitaoka, second run. Welcome to the boat show. JZX100 Mark II. We have 2 in this group. Nice big angle. He's going to have to steer out of that a little bit. Not bad. Pretty obvious from that angle, that camera angle, with a slam on the front brakes. Puts the weight of the car on the front tires, allows the rear to flick around really hard to get that exciting flick that we like to see from that camera angle. At a 96.1 for Kitaoka, puts him into 14th place with quite a few drivers to go, not looking too good for his top 16. 96点台の後半は欲しいね。見とかないと。さあ中田哲郎が映し出されました。1本目が 94.8。これじゃあ残れないので。すごいリア沈むな。Our next run, Tetsuro Nakata. Whoa! Right to the edge of the track there, annihilates one of the foam barriers. Sorry, Scuba Circuit, you're going to need another foam barrier there. This is what's called a wide line from Nakada. Right to the edge of the track there. Has to drive out with power as well. Yeah, rhythm a bit off on that run. You can hear that 2J chuffing the turbo as it goes over the finish line. Here we go. Let's watch this. Which one does he hit? Is it the last one? I think it is. Flick back. And skims one and boof. Thankfully it had a cover on it. Sometimes those foam blocks, if it's been raining just before the event, they can turn into pretty much a concrete block if they're full of water. 軽くはないよね。軽くはない。まあただ、ああいうヒットの仕方はそれなりにフェンダーへこむけど、
もっと大クラッシュというか車がすげえ壊れそうな時にはクラッシュパッドがすげえ有効に効くんで、あってよかったっていう。そう。谷口さんはクラッシュパッドに突っ込んだことはない？ないんだよね。タイで優勝したことはあるんだよ。都合がいいですね。今のは94 And rank out there, unfortunately, for Nakata. 17th place after 2 runs and 94.2. さあ、で、これはコース修正入れますよね。はい、はい、今日アリストのね、うちのチャンネルのもうレギュラーで出てくる鍋がね、アリストを持ってきてくれてるんですよ。もう帰っていいよって帰ってもらったもん。帰っちゃったの？あら、明日また。鍋もね、最近忙しいのよ。お忙しいんですね。そんなね、俺に振り回されてる場合じゃないんだけど。そうなんです、お仕事が。俺も D1 のスケジュールに振り回されてるね、これ。いや、まあ今日のスケジュール。いや、一応これ追走は予定通り。You can see there in the pits there, Group D drivers lined up. ね、これ誰がさ、11時35分に終わると思ったのこれ。これ1時に追走と。Our first five drivers in Group D: Hibino, Kano, Yamamoto, Nagai. ちょっともしこれ単走をしたら、ちょっと皆さんの。Is Utsumi doing his second run or not? ラーメンを食べながらやっても大丈夫でしょうか、皆さん。食いながら何やってんねんとか言って怒らないですか？食レポを谷口さんにしていただきながら Maybe doing his second run. みんなで楽しむという。Is he going to loop around? で、まあ来てる方は大変。Yes, he is. Okay, so we're going to be seeing a second run from Utsumi. まあなんか食べながらとかね、ゆっくりしながらD1見てもらえたら。だって完全に昼休憩はもうないじゃん。そうっすね。これ昼のイベント。Who is S? S is one of our 2 Thai drivers that we have here in D1 Grand Prix. There was a point in the past when D1 Grand Prix did go to Thailand to run competitions there, to run D1 Grand Prix. And some of the Thai drivers earned D1 Grand Prix licenses as a result, including S and Hon, which are the nicknames we call them by. And they come over to D1 Grand Prix. They came over before the pandemic, and then we had the pandemic, so they couldn't come over, and now they're back over again because travel is open, which is good because I've got to say S threw down hard this morning. Right, second run for Utsumi. Yeah, car seems to be either a bit down on power or too grippy. Yeah, it looks like, honestly, it might just be the gearing, because I know this car is definitely not down in power. They may have misjudged the final gear ratio, but they have had practice, so I'm not really sure why. It just doesn't look like he can get that 2JZ to sit in the power band and get that power down. The first part of the track looks okay, but the second half of the track just doesn't look quite right. Something doesn't match up. 19th place, rank out for Utsumi. レジェンドパスの呪い。いやでも末永正雄大丈夫やったから。に破れる。いや違うでしょ。だらけ畑さん。さっきもさっきもいただきましたね。ありがとうございます。だらけ畑さん。ちょっと甘いものなんか食べたいし。いっぱいもらったら申し訳なくてしょうがない。いや気持ちこもってないじゃないですか。申し訳ない。谷口さん、これで C グループまで終わりました。Okay, we finished. Round of applause. We finished Group C. 1時間今押してる。あと D グループだけだ。もうちょっとだと。ね。追走開始が1時？はい。追走トーナメント1時ってなってますね。
Yeah, I got to say at this point, thank you. Oh, by the way, this is one of our drivers debuting this weekend, or our driver debuting this weekend, Wataru Yamamoto, in that Rocket Bunny S13 Sylvia. Yeah, I got to say thank you to everyone who's found us here on the channel. As you probably know, they used to run the live stream on the D1 Grand Prix movie channel. They decided to move it over to the option channel in order to get a bit more viewership, because the option channel does have a much broader viewership and more subscribers. Unfortunately, it's not as subscribed as overseas as it should be, even though they do put a lot of their videos out with English subtitles. So, and it's also, even if you navigate to the front page, it's hard to find the stream. So, screwed again. So if you are here, you're a real one. Yeah, if you weren't subscribed to this channel, it probably wouldn't get recommended to you, which is kind of unfortunate. Hey, look, I'm doing what I can. I have a plan for tomorrow to try and get more people viewing. We'll see if it works. Yeah, so the Japanese audience is bigger than it normally is, even for like qualifying on Saturday. So it worked in the way that they wanted. It hasn't worked out for the English stream. I mean, look, honestly, I get paid either way. But of course, I would like to broadcast this to a few more people. I have a plan for tomorrow, though. I have to find out if it's going to work. It's kind of last minute, but you know, I have had discussions with the option people, you know, what they want to get out of in this stream. I know now. I went and worked out a plan. We'll see if it works tomorrow. I don't know if it will or not. Is it 10K on the Japanese stream? Well, there you go. So it worked in their case. All right, here we go. Group D is the final group for qualifying. Starting off with, you all know this guy, Tetsuya Hibino, back in the day, E86 Dropout Racing. Now in 2023, he's a legend of D1 Grand Prix. The SHIBATIRE GR86 2JZ. Looking good. Oh, cuts in very shallow there. He's going to miss that zone. Oh, look at that steering work there, the big flick, handbrake, shift down, handbrake. Yeah, I think he realized he wasn't going to make it, just gave up. Continue the rest of the run. Love this onboard view, really shows the speed. The amount of angle, look at he's looking at the fence. Look how busy these guys are, milliseconds on this track. Oh, what counts? Zone 2, unfortunately, it would have put him in the top 16 comfortably. A 97.4, it's a 95.4 for Hibino. Our next run. Hiroki Kano, S15 Sylvia. A lot of angle, but it's got to hit that zone. That's the requirement. It's not ideal for the qualifying here, but it will make the top 16 battles that much more exciting. That's why that zone is there. Nice run, but that will be penalized. 100点出てないとさあ96点台にならないですね。みんな結果が気になってますけどまだわかんないですよ。おそらくボーダーは96点台後半。
97点いってたら大丈夫かなぐらいの。じゃあ川端はもうダメだよね。川端が追走いけたかどうか聞いてますけどね、みんな。あ、88.8。Zone 2, Zone 3 penalty. あ、またくれたの？ And it looks like the score has reset there, 88.8. 選手には頑張ってほしいです。山本選手ってどれ？この後、山本渡る。おお。タイミングバッチリ。All right, next run. S15 Silvio, Wataru Yamamoto. Oh, he's hit the wall. First hit we've seen so far this weekend of the wall. Gave it a decent hit and straightened the car up. Luckily, he didn't flick the opposite way.そうでもないんじゃないかな。耐えれそうですか。Bonk hits the wall there. あるかもしれないね。飛んでるな部品。俺ああいうの経験ないから知らないんだよね。こういうのはわかんない。 Some plastic from the, looks like the rear window, the perspex window, or whatever it's made out of, goes flying there. It's probably the rear. You can see, yeah, big chunks missing out of the rear window there. Yeah, they'll have to go clear that up off the track just quickly. So the rear brake light, see it dangling in the wind there as he comes around the second half of the track. D1 でのクラッシュってなんか、でも何も覚えてないと思うけどな、クラッシュ。クラッシュあるわけない。アメリカなんか行ったことない。いやもう行った記憶ごと吹っ飛んでるやん。Yeah, I think they may be pushing the top 16 battles forward a little bit due to the fact we're running way over time right now. 走れます。はい。これが今のが走れちゃうんですよ、D1 は。意外と。普通に見たらね、事故なんですけども。これもちょっとまたコース修正入んのかな。結構このマサキンさんの D1 初代チャンピオン。チャンピオンやそ。ピョンって言ったらちょっと軽そうだからチャンピオンにしてくれるかな。はい、チャンピオンですね。チャンピオン。正しくは。チャンピオン。あ、もうこれいけた。はい、じゃあこれでも得点まだ出てないです。あ、出た。And they go red dots everywhere, red squares, I should say, all over the place. Looks like they've already cleared the track of that Lexan. Thank you to whoever said that. Cleared up, and here comes the next driver. Toshiki Nagai. It reminds me, there's a new Final Fantasy game coming out, isn't there? Rocket Bunny S13. Kind of falls short there. So it's his first time out in D1 Grand Prix. Yeah, I didn't get a chance to check out this car this morning. Yeah, I'm also just curious. I don't know what engine this is running. It sounds like a naturally aspirated V6, but it seems to have the power of a turbo. So I'll have to go and find that out. 京都府出身。36歳。71.3。And 71.3, 31st place. 秋葉流星まで行きますね、D グループの。ここ5台と4台で区切ってますので、次が秋葉流星。最近結構ね、追走残ってますからね。勢いのあ
Our next driver, Ryusei Akiba. 2JZS15. Red and white. Decent combo all up. Here's his first qualifying run. Oh, and he shuts it down. Does he still have power or not? Or is it just rolling? If it looks like he's going to stop, there is an access road just past where he is. They might roll it into the pits. Yeah, it looks like it's going to come to a stop. Drone pilot doing some nice pacing right there. Is he going to pull off? Yes, he is. He's going to pull off onto that access road. Didn't quite make it through. Yep, I've driven through that access road before as well. So either the engine could be one of several things. Either he noticed in the middle of the corner the oil pressure maybe went to 0 and just shut off the engine, or it just could be something else that broke and caused the engine to shut down. First half of the run, though, not looking too bad. It's nice to see on the front straight there that snaky piece of black tarmac start to appear as all the tire marks are put down on the track. Chat says, any pit walk after this? Not today. We're doing that tomorrow. I will do that tomorrow over on twitch.tv. Chat says, Alexi and Hurt commentating would be golden. Hurt, come over here and help me do commentary on this. I guarantee that they'd get you to do it. Let's do it. Okay, sounds good. I'll get you another headset. All right, Akiba can get towed off the track. Luckily, there's an access road right next to where he is, so we should get the track clear pretty quickly. Okay, so Daigo Saito with the 00 because he did retire. Say when and I'm down. Okay. Fly over. This weekend would have been good because we're right near Tokyo. I think the next round, when is the next round? Oh no, they're going to tow him all the way off. Akiba getting towed off the track. D グループ9台いるんですけど、最初の5台を今やって、で5台の2本目です、ここから。はい。Right, so second run. Hibino Tetsuya選手。1本目は95。So we have the second run of Group D1, Group D2 to go, and then we're done with qualifying. まとめてくるのか、また思いっきりくるのか。So second run now for Hibino. Last chance for Hibino to make it through to the top 16. We all know he can do it. We just want to see it.
By the way, Hurt, next round is at Ebisu Circuit, August 26, 27. You want to go? Tetsuya Hibino. Nice big flick here. Reminiscent of when he used to drive the S2000 in D1 Grand Prix. He was the angle master back then. Oh, looking smooth, looking nice here, Hibino. Oh, this is really good, very smooth. Hit every zone, nice angle, good speed. What do you think? Zone 2? Let's see, did he hit zone 2 or not? No, he missed zone 2. これでもうすでに96点ぐらいでしょ。はい、so if that puts him down to like a 96. There might not be enough. 13th place, he did it. 残った。すごい。99点ってことだから。So 13th place with 4 drivers. No. 4 drivers to go. いやまだわかんないですよ。これでも本当にボーダー。Oh no, there's still more than that. So, I don't know, 13th, flip a coin. With a run like that though, I'd like to see him stay in for the top 16. That was a nice, smooth run. 誰がボーダーなんだろうね。もう一回出してくんないかな。点出ますかね。現状。あ、こっちじゃちょっと出せないですよね。これ見てなんか応援席にさ、そうねタイヤスポンサーさんの応援席があるんですよ。あそこね。はい。でそこのそれももう事前にチケット購入してもらってる方が入れる。でそれぞれの応援グッズももらえて。レースクイーンが。レースクイーンの方もおもてなししてる。さあ、Alright, next run. Hiroki Kano. Whoa, that's a big flick there. Can he hold it all the way around? Nope, he's in the dirt. はい、思いっきり行きましたけどね。はい。あれだと回れないですね。今日の始まりにも言ったけど、Good old-fashioned all-in run there for Kano. あそこにライン角度、いろいろ。But didn't come up for him that time. むちゃくちゃ難しいのよ。だからもう下手したらさっきの日々のみたいにもうゾーンには捨ててそれ以外のところをいい走りしようと。Very little leeway on this track with the amount of speed they're carrying. You can see there, that's a bit of an optical illusion, but the track does go, you can see there, the opposite angles, the track does go uphill right at the end there. So no matter how hard you throw it in, you will slow down more than you normally do on a flat track. And it's not easy to sort of understand how hard to throw the car in there. Ask me how I know. It's probably one of the reasons why I know how deep the gravel is on turn 1. Zone 1, Judge 1, penalty, unfortunately. Next run, Wataru Yamamoto smacked the wall on his first run. There you go, gave a bit of space that time. Very, very shallow, he's going to miss the zone. Yep, you can't be playing around at this stage of the game when you know how stacked the top 16 is. 回ってない。北海道からはるばる瀬戸牧場。As he rolls away, we'll be seeing Wataru Yamamoto tomorrow, I think. Yeah, a bit of a difference in the line there. He was hit the wall in the first run. That time he was right on the edge of the zone. 12時51分。いや
Chad says, enlighten us as to why there's no race queens. There's race queens here. Oh, you mean like between each run? They do that for the battles, not for the qualifying. Don't they? That's in the battles. They don't show the race queens during the qualifying. You have to earn the race queens. Can't just have any old race queen during qualifying. Come on. I think. Pretty sure that's the reason why. They are this weekend. They had them out. They had them out on the front straight during the intro. Yeah, that's a shallow line there. He's mowing the grass on the inside. By the way, if you're wondering where we are, you can just see on the front straight where that gantry is, there's a tower with a blue band around the roof. That's where we are. In the aircon this weekend, thankfully, because it's pretty hot outside. It's a hot wind blowing as well. Toshiki Nagai, second run. Yeah, you can see the transition there. Much slower than a lot of our other drivers here. It really shows the, shall I say, skill gap. Nice looking car though. Full Rocket Bunny kit. Big fat wide body with the Hot Wheels sponsorship. Tandem kit, I should say, really. That'd be correct. その間見てもらったんですね。ありがとうございます。iPod Air を耳に挿して、で携帯で YouTube だけ流したら、音声だけは片耳だけ挿したら届くね。仕事中にってことですか？そうそう。仕事集中できますかね。しかも音声だけでまあいけるか。見たくないですかでもやっぱり D1 は。そうだよね。音で判断ちょっと難しいですよ。All right, last four drivers coming up right now. Ryusei Akiba not driving after being towed off on his first qualifying run, so that's the end of the day for him. We'll see him tomorrow. これちょっとね、スタッフの方に調べておいてもらいましょう。いや、多分ね、これ聞いたら答えてくれる。That's where we are. Top middle-ish of just left of top middle of screen. 89.6 でだいぶ伸ばしてきましたけども、これでは24番手残れません。お、出た。Sobagiri、これでね、あと4人だから上の12人は OK なんですよ。今川端残ってるよまだ。松井まで OK なんですよ。12？ 12人まで今通ってて、で今川端正人が So 4 drivers to go. Everybody except Hibino, Kume, Kitaoka, and Kawabata are safe. 北岡が 96.08 だから川端の 95.14 以上を So we have Nakamura, Naoki Nakamura in the battles today. That's always good to see. 残ってる4人が村上光、we have a rotary in with Iwai and also Matsui, so we have the two rotaries in there as well. Chat said, are there usually this many drivers? No. This round has about maybe 10 more than usual. Usually we only have 3 qualifying groups. This time we have 4. 95.1 でもし川端が残ったら、超ミラクルだね。はい。すごいと思います。95点、正確にはね、14なんですって。ない話じゃないのよ。はい。いけるかもしれないですよね。なぜなら、今回のこのコース設定がむずいから、いくらでもミスするから。なるほど。Actually, that's where we are there. You can see on the top left
of screen, the Tsukuba Circuit Tower. That's where we are. On the opposite side of that. Actually, if I go over there and wave, you can probably see me. Hang on. So look on the corner window. I'll be right back. Hang on. これ難しすぎて、それすらできないという。そうなのよ。うわー、そんな難しいんですね。難しいのよ。誰が設定したか知らないけど、クソ意地悪だね。クソ意地悪ですか。多分あいつだと思うんだよね。ドイツだ。さあ村上充が来ましたよ。D グループあと4人です。村上充、上尾勝弘、田所義文、ポンで今。Did you see me wave? I don't know if they cut the camera or not. All right, next one now. Mitsuru Murakami, highlighter green, Toyota 86. 2JZ. There we go. First qualifying run. He used to drive an S15 Silver. He's changed to the ZN6 and off the track. Off track penalty. Keep it going though. You never know. You couldn't see me? Ah, that's a shame. Okay, I'll do it next time. So unfortunate course out there for Mitsuru Murakami. Absolutely unmissable car, however. If it looks bright on your screen, it's even brighter IRL. Oh, I think I could just see on the top level. Yeah, that's where I was. Yeah, yeah. Oh, so you could see me. I was waving. All right, line penalty, Sector 2 and Sector 4 for Murakami. 166 kilometers an hour entry, so good entry speed though, but 23rd place after one run, definitely not enough for the top 16. Alright, next driver in this group, Ueyo in the S15. So we have an onboard camera there in Ueyo's GTR powered S15 Silvia. You can see the starter there, Tokita, who's also a former D1 Grand Prix driver, is on the mic. Looks like maybe they're calling up the next driver. Yeah, looks like there's some sort of issue with Ueyo's car, so they're going to send up our next driver, Tadokoro, instead. Send him through first. Nagai 選手の 2J の NA だったそうです。遅くなりました。はい、すっきりしました。はい、すみません。さあ、これがセットされまして1本目。Right, up to the start line. He's got those 18-inch Watanabe wheels. Believe it or not, Watanabe came out with the 18-inch wheels recently. So you can have that classic A86 look with a modern day grip. Oh, Tadokoro. And he's off.
Oh, look at this second half of the run. A86. Oh, wait. Almost off there, too. So Tadakoro struggled with this car for a little bit of time now. Setup, I gotta say, is looking pretty good this weekend. But he just didn't quite nail the track. Of course, going off the track on turn 1 here at Tsukuba Circuit. It's going to ruin your momentum for the rest of the track, and a max of 71.4, and also a Sector 5 course out penalty as well. So the battles are meant to start like now. I'm not sure what's going to happen with the break, but there will be one. I'll let you know as soon as I know. All right, next run, Katsuhiro Ueo. That is huge angle. This car, the VR38 from a GTR and an S15, huge body kit. Oh, it's going to be a miss zone as well. Onboard view here. さあ、95.14 が現在16番手の川端正人。さあ、それに届くか。車載ビデオ面白いね。はい、これ今上尾選手の車載が。See how hard these guys work で、これがドローンの映像です。 through the course, trying to get it absolutely perfect. It looks いろんな角度から撮っております。 even harder watching them in the cockpit as it does watching them from the outside. できるだけカバーしてやっていくのがこの新しい体制。Zone 3. Zone 3, even though. Look at that. 96.4. 15th. 16番手が交代しました。交代しました。北岡になった。北芝違います。北岡。はい。行きましょう。うわー、16番手 So Ueo knocking out Kawabata, putting him in 17th place. So Kawabata is out, unfortunately. Another setback to Kawabata trying to go for another championship. So there's only Kitooka in the red JZX 100 Mark II remaining that could possibly get knocked out by this guy here, our other Thai driver, Pon. Not looking too bad, honestly. Accelerator buried. Going, whoa, going too wide there. Whoa, keep it on track. And a spin. 予想外なとこで。じゃあ演出しただけ。So he stalled, looks like. Got to get it started back up. Might take a second for the engine to get started back up again. Let's watch the replay. So Pon not doing too bad on this first half of the track. ボーダーが上がってしまいました。さあ、これで今のはもうポンちゃんミスなので、あと4本。村上充の2本目で、この中では上尾だけしか残ってないので、まだあと14位、15位、16位の人はまだ安心できません。安心してください。はい。安心してください。どっちの意味なんですか。どっちの意味なんですか。まだ安心できないですよ。あと3本あるから。安心してください。どっちの意味なんですか。あれなんかポンちゃん動いてる。 Oh, there we go. I was hoping for that drone shot there.
じゃあ大丈夫かな。Okay, looks like Pong's got the car started back up and he's heading back over to the start line. さあ、あともう1、2、Front straight here at そのうち Tsukuba 上尾 Circuit. 克弘選手はベスト16にもう入りました。 If you're ever considering coming out to visit Tsukuba Circuit, probably the closest famous circuit to Tokyo. It's about an hour, 15 minutes or so to get out here by car. Fuji Speedway, about an hour and a half. Probably the second closest. So I do recommend going by car. You can get a train to within about maybe 15-20 minutes from here, but then you need to get a taxi and it gets a bit complicated after that. この後食べますから。さあ今ですね、村上充選手がスタート地点、1本目は 92.2、 これでは残れません。これはね、もう一回ちょっとトスチェックですね。チェック入れて2本目ということになります。Of course, one of the good things about Tsukuba Circuit, it is quite small. It's very easy to get quite close to the action. And the pits are generally open at most of the events, so you can kind of wander around and have a good look at all the cars. 落ちた人、この後落ちた人が分かるんですけど、落ちた人の中からちょっと投票で It's not quite as common as some other tracks to see drifting here, but they do have events like this, D1 Grand Prix, and also they do quite often have drifting in the middle of other events. There we go, second run, Mitsuru Murakami. Are his chances of getting into the top 16 as bright as this car is? In a little while we'll know. With that transition, looking good. Keep it on track. Oh, actually he made that. Oh, he made that. That looked a bit too aggressive coming into the hairpin, but he did it. ギリギリ残ったんじゃない、もしかして。いけるか。このゾーン2どうですかね。これ今上空のドローンの映像で確認しましょう。でも98点台触れてない。多分触れてないですね。多分マイナス2点確定。ここは2点減点。でも全体で良ければね。そう、なんかね、北岡が北岡選手がね 96.08。Oh, could this be enough for a 16th place? が上だよね、多分。96.08。Oh, you got a zone 2. No, a zone 2 penalty. だけど、それでももうちょっといいかと思ったけどな。Yeah, he came in a little bit shallow there. So 20th for Murakami. As they say in Japanese, zannen means what a shame. We'll see him tomorrow. だからこれで、次は田所義文が行くんですね。これで、ベスト14まではNext run. 15位、16位の人が今。田所。さあ、田所が 96.08 以上出せるか。Last chance for a top 16. He hasn't made a top 16, or he doesn't really get the top 16 that much. Oh, off the track. Well, that's fairly, that is definitely off the track. It's a shame. ということは、もう15位までは決まった。All right, with one driver to go. Oh, sorry. 2 drivers to go. だから北岡かポンちゃんかのどっちかです。北岡っぽいね。さっきちょっと予想だにしたいところでミスしてましたからね、ポンちゃん。さあ、北岡はこれは失敗。
何食べようかな。ちょっと待ってくださいよ。これからね、ポンちゃんが残るかどうかいう時ですから。でももう俺たちは追走が始まるから早く昼ご飯食べないとさ。そうですね。終わってから30分後を予定しておりますので。Okay, we just heard from there. So we will be having a 30-minute break after qualifying ends before we start the top 16. So there you go. So that means probably we'll be starting at, I'm guessing, about like 45 past the hour. But we'll confirm that as soon as we finish qualifying. They should put a sign that says, "Don't go on the dirt." Lamau says, "Wet Cheeto" in chat. Well, honestly, I mean, there's a penalty. You know, I mean, if you go onto the dirt, it's not too likely that you're going to qualify. So I think maybe that's enough. I mean, maybe that's not enough. I don't know. 谷口可愛いって書いてますよ。あらあらどうした？これはポンちゃんは今なんかやってますね。先にすみません今ね上尾さんがなんかしてたんですね。ポン選手を先に。That said, though, これでもう決まっちゃいますよ。No quarter given in D1 Grand Prix. Only the best drivers make it through to the top 16. There's no thanks for coming battles here. 96.08。なんかパーツが落ちてる。コース上かな。That looks like a rear center piece of trim. Once again, scuba staff on the case. 田所のパーツかな。そうですね。いや向こうで砂が出た時にプラプラしたのを最後こっちの最終コーナーでじゃないかな。さあ。ちゃんがベスト16入るか。どうでしょう。All right, so I think we have 2 drivers to go. I don't know. I think maybe Owayo, yeah, is going to be running after this. Second run for Pon. Had a fairly big spin in his first run. It looks like they didn't tape that piece of fiberglass back on. Someone's going to cop a souvenir. Okay, not looking too bad so far for Pon. Good speed. Can he get this transition right this time? There we go. Oh, big effort from Pon. Not bad. Not bad. So right now you've got to compare this run to Kitooka in the red Mark II's run. So no penalties for this run. This was smooth. これ映像を見る限りではなかったとは思うんですが、ただ、ゾーンを通ればいいってわけじゃないから。そうですね。その角度安定性、スピード、そのあたりも。振り出しのね。As long as that zone is okay. Oh, it puts him in the 15th place. 96.7。滑り込みセーフ。Nice second run from Pon there at 96.7. Yeah, that was a very smooth run. Not a top rank run, but enough for 15th place. So that means we have both of our Thai drivers in this weekend for round 3. Shame for Kitooka. Yeah, he's been knocked down to 17th place with a 96.808. And Pon with a 96.65. 3人いけるんですよね。3人。さっき見た感じだと、Kawabata、あと下田、上地が多かったです。はい。Shane would have liked to see Kitooka. 来てもらうって言ってるけど、 But this is qualifying. Only the best get through. ビデオオプションが迎えに来ます。落ちてる時ってね、機嫌悪いんですよ。そうですよね。だから俺絡めない。That's one of the things that separates good from great drift drivers is being able to extremely quickly adapt, whether it's the car, the track conditions, or anything else. Looks like they're just adjusting. It looks like the DOS aerial.
今みんなね、誰来てほしいか。あ、すごい。すげえ書いてくれてます。上がった人は来れないですよ。横井とかは来れないです。そうね。今これ残念ながら落ちちゃった人の中からということで。この後アリストタイムですかってアディショナルタイムみたいな感じなんだけどすいません、ちょっと今日はアリストタイムないんですよ。だからじゃあ皆さん、じゃあちょっともうこれ今スタッフの方がざーっとこれを見て、Kawabata. Yeah, no, I don't think the highest on track is going to be drifting. この3人でいいですかということで、もうちょっと声かけに行かないといけないので。All right, so we have one driver to go, and then there will be a 30-minute break. So if it's going to be 20, I'd say maybe like on the hour, depending on when we finish. 今言った3人がダメだった場合、So it's 1:18 in the afternoon here, and I'm just guessing we're going to start about 2. I think will be about the time. So whatever time it is where you are right now, just whatever the next hour is, I think that's when we'll be starting the top 16. さ、今思いついたことがあるんだけどさ、なんでしょう。お腹が減った。いや、そうなんですよ。もうね、1時18分ですから。もう喋ってる場合じゃ食べようよ、昼ご飯。そうですね。いやでもね、ただ上野さんがまだ、上尾さんがまだ。まだそうだ、終わってないんだった。そう、まだ終わってないですよ。All right, looks like Ueo is running, so this will be our second run for Ueo, and final run for round 3 qualifying. There's been a lot of cars here. All right, we're looking good here for our second run. ありがとうございます。ビデオオプション、晩飯代くれたから今。3200円も。さあ、レオ選手。Yeah, it's hot sitting out there on the track. この中待たされるのも。聞こえてるの？聞こえてるの今。いや、本当会話したみたいになりましたけど。たまたまです。上を聞こえてる？ Weather here in Japan, well for Tokyo anyway, it's 28 degrees. It might be a little bit higher out here, maybe 29. Whenever it's whatever temperature it is in Tokyo, it's either if it's summer, it's hotter in Ibaraki, or if it's winter, it's colder in Ibaraki. 結構ね、最近ね、まあこの大会はまだ知らないけど、別の大会とかじゃフォーミュラ D とか、言いましたね。あるでしょ。みんな選手がもうね、スマホとかをね持ってんの。ほんで、 What's that in Bald Eagle units? I don't know. 見れるじゃん。YouTube 見たりとか。29. YouTube 見てんのよ。で、自分の走りをすぐ見れるじゃん。で、審査員とか解説が何言ってるかすぐ聞けるじゃん。40 degrees is 100, right? So スポッターからも情報を得れるけど、なるほど。like 80 degrees? 自分が走った分を自分で客観的に I'm guessing. 今までだったら自分が走った Wait, let 分 me を ask. 自分が客観的に見れないの。見れないですもんね。What is 29 degrees Celsius in Fahrenheit? で、その人の意見ですよね。そう。だから今はもう待ってる間にマジで84 degrees. チェックする人が多い。そこ変わりましたよね。ナウイね。 What did I say? 80. I was close. ナウイだいぶ古いですけど。あら、ちょっとまた度数が。And yes, I've got my series set to British English because I like it. It sounds more like evil computer, you know, if it's British. The temperature is 84.2 degrees. 俺と君がいるかって質問が多いんだけど、いませんよ。いないんですよ、伊藤さんは。今ね、家族で旅行行っております。そうですね。インスタに載ってましたね。By the way, I don't want to hear the Southeast Asian people saying, "Oh, 29 degrees, that's not hot, bro. It's hot." All right. 谷口さん、じゃあ今日谷口のホテルが食べるラーメンはどれ？All right, I'm waiting. I really want to get into my bento because I'm hungry. But we're going to have that final run. Let's have that run. ちょっと松本、ノーマルカップヌードルがねえじゃないか。ねえよ。Are we really having cup noodles for lunch?
I had cup noodles for dinner last night. So I drove in last night to the local, like to the hotel, and I looked around the place. I looked around. I was like expecting. There's a bunch of restaurants and stuff. I was like, okay, I can just go to one of those. They all closed, dude. They closed at like 10 o'clock. Because it's countryside around here. Everything closes. Cheese, butter, creamy curry. Okay. Sounds very oily. I could have driven like another 20 minutes into town, like the main town, but the place I'm staying is like it's a sort of a weekend tourist area, and nothing is open like at night on weekdays. So I'm going to go earlier. All right, here we go. Bang it into gear. やりましたね。これさ気になるんだけどさ。いいのそれで。じゃあ気になるんだけど、このアフリ。何これ見たことない。なんかね、アフリ人気ナンバーセット炙りコロチャーハンと一緒に食べてる。Sunny and 75 degrees in SoCal. Man, I didn't understand how good the weather is in California until I went there. You guys have the best weather ever. I went down to San Diego for a day, like by the ocean. No joke, that's the best weather I've ever experienced in my life. And I've been to like the Mediterranean, that sort of area. No, San Diego, the best weather I've ever experienced in my life. Whereas from here in Japan, it's like humid and nasty. Anyway, all right, here we go. Last run. Away-o. Big angle. Big angle. Did he hit that zone? I'm really hoping he did. Here we go into the chicane. Big flick. Flick it back nice and early. Early flick again. Get that angle. Stomp down on that accelerator. Nice average speed there for Oeo. VR っていうエンジンのパワーのレスポンスがすごくいいから書きたいところですぐ書けていいよね。思いっきりが感じられますもんね。今こうパッと待ってるところで。All right, Oeo, after making us wait that long, please, did you hit that zone? Looks like yes, just barely. Remember, it's the Torete. Did he say he didn't take it? I mean, from that angle, I mean, with how long this car is. See, look. No! But he got 16th place! Zone 2 penalty, 96.2, 16th. There you go, he qualified. Just barely. 96.7 でした。あ、決まりました。今So 96.37. 16人が決まりました。はい。読む時間あるかな。単走優勝。横井正史 There we go. 末永正雄第3位。 So there you go, we have a top 16. Wow, that took a while, didn't it? 第6位。We had a few exciting runs in there. Our top run of the day, though, so far. Koudai Sobagiri in the Q60 Infinity put down a banger of a run. Simulator generation. All right, so we have both of our rotaries in there. We don't have any of our lady drivers in there, unfortunately. We do have Naoki Nakamura in there. どっち弁当を見てから決める。いや弁当との相性。そうということでどっちかを食べると思いますので、で今から30分後ぐらいをなのでだから2時ぐらいってことですかね。2時ぐらい。はい。その間このチャンネルではビデオオプションのトップ50からどんどん流していきますので。All right, so it is now 1:27, so let's just say 1:30. They said there's going to be a half-hour break, so we will be taking a half-hour break. So, wait, let me turn down the Sony ad. All right, everyone, thanks for sitting through that with us. So it is now 1:27. We'll be taking a 30-minute. I'll just confirm that. We'll be taking a 30-minute break, so quite short break, and jumping straight into the action with the top 16 battles here at Round 3 D1 Grand Prix. So, half an hour break here.
on the D1 Grand Prix live stream. So the live stream will continue running for the entire break. So if you want to leave it running in the background, that's cool. You'll just be watching a bunch of ads, a bunch of like B-roll, little video segments and things like that. And once you hear my voice, that means we'll be starting up with the top 16 battles. So either you can do this. Set your timer on your phone for 30 minutes. Come back and join us here on the stream. You can just leave it running in the background. You can leave it on your second monitor. Might be time for, I don't know, what takes 30 minutes? Do a raid or something. Grind some XP and whatever. I don't know. That's like, what, 2 games of Apex if you're good? Try and get gold in Valorant. I don't know, whatever. And we'll be back in 30 minutes from now. Oh, BattleBit. Yeah, is anyone playing that? That looks good. All right, everyone. 30 minutes and we'll be back with top 16 battles here at Tsukuba Circuit. Or maybe just fire up your PlayStation and jump on Gran Turismo. Have a look at the track. See what it's like from the driver's point of view. Trying to be hip with the kids. That's right. Or, tell you what, here's another option. You can go and jump on the Noriero channel since you're already on YouTube. Why not? Go watch. Actually, the latest video sucks. Don't go and watch that. It's like, yeah, the car sucks. Watch the RX-7 meeting video. It's like the second last video. I recommend that. It's really good. That takes about 20 minutes or so. So, yeah. Check out one of the videos on Noriero. And I will see you in 30 minutes from now. So, wait, let's count it down. Oh, it's already 2 minutes from now. I thought I might get to 30. Anyway, 30 minutes, we'll be back. See you soon for the top 16. Bye for now. Bye. That was you say shameless plug? Absolutely shameless. Bald-faced. Go and watch my channel and sub to it. Although if you're watching this, you probably already are. So watch it. Check, see if you've missed a video because I've uploaded a few recently. All right. I'll see you in half an hour. Bye. スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい、次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 In a world of extreme, this is where they're refined, the real deal. Cusco. D1 グランプリ次戦はドリフトの聖地福島県恵比寿サーキット。
西コースのホームストレートから2コーナーの立ち上がりまで使用するレイアウトは高速から一気に減速が必要なためハプニング続発。そんな難コースでも上位選手はきっちり寄せ切る凄まじい追走を見せる。シーズン折り返しを笑顔で終えるのは一体誰だ。 D1 グランプリ第5戦第6戦恵比寿は8月26、27日の土日開催。観戦はサーキットまたはビデオオプション YouTube で。 D1 大好き。茨城県といえば10週にわたりお届けしているビデオオプション2022人気ランキングトップ100。今回は折り返し地点突破の6週目。ランキング50位から41位、早速いってみよう。今井ちゃんビデオ見てんだからもうこっからの内容は分かるでしょ。何をやるかは。もしかして起きろの当然ですよ。まあ、あとここにちゃんと工具も用意したしもうね、あとはエンジンももう作ってあるし、ボディもこれ塗装上がったから、あとはもう組み付けるだけ。乗せるだけ。そう、今井ちゃん簡単簡単。てなわけでアキラにとっちゃ心強い助っ人たちだが、今井ちゃんにとっては切ってはいた災難。このまま後ろに行くでしょ。あ、ほらディスビアやっちゃうよこれ。使わないよ。使わないよ。これ101のエンジンだから、86はデスビがここについてたから。これにいたよね。101はここにいるから当然切ってつかない。そんな時のためのナッツ。ご覧の通りここちょ違うって。そうよ、もっとソフトにこうよ、ソフトに。ああさあとりあえずこのエンジンはドライサンプ仕様、グループ A 仕様になってますから、オイルパンがないです。オイルパンがないために、ここに別端でオイルタンクをつけてオイルの容量をここで稼ぐ。で一応エンジンがですね、なんとこれリジットになってですね。リジットマウントが、もうこれエンジン動かないと。動かないです。なんでですか。これはね、心地よい振動がビーッ来てないよね。あ、来る。アクセル入れて来る。来い。やっとかかったよ、手作りエンジン。前回 L 型サウンドを響かせる最新パーツと融合したビカビカの S30Z に試乗したアキラ。この極上マシンを仕上げたスターロードが今回さらなるマシンを持ち込んだ。極上急車天国ケンネリ編。とにかくこれ綺麗すぎません。これ新車の時より綺麗だと思うんですけども、これで、確か新車よりは綺麗だと思うね。そうですよね、やっぱり現代の技術と現代の材料を使うと、やっぱりあの当時よりも綺麗になっちゃうんですよね。全然綺麗じゃないですか。これどこが綺麗じゃない。結構ね、自分でもちょこちょこやるんで、うちが全部こう手入れられないんですよね。なるほどね。だからその楽しみもありますもんね。そうですね。所有する喜びもそうだし、L 型の 3.2 リッターで、これキャブはソレックス50杯。50杯。これ高橋はスターロード製したかったんですけど間に合わなかったです。あ、そうなんですか。今ちょうど途中だったんで。
ますか？この辺こだわりこんなこれは GT っぽいですよこれね。乗りやすいですかね。いやでもこれ本当綺麗ですね中が。そうですか。ピカピカじゃないですかもうこのメーター周りとかも。メーター壊れちゃったんですよさっきのメーター。でこれをつけてきた。そうなんです。言うことないですねこれ。スイッチ類も全部オリジナルじゃないですかこれ。見た目も作りも文句なし。走りの方はどうか。やっぱでも軽くていいっすねやっぱね。すごい気持ちいいな。結構前のエンジンです。ではまずはベネシスの仕組みを簡単に説明しよう。エンジンを分解するとこのような5つのブロックに分かれる。おにぎり型のローターが収まるローターハウジングを給排気を行うインターミディエイトとサイドハウジングが挟んでいる。ベネシスでは給気も排気もサイドポートで行われる。給気ポートを通して燃料と空気がローターハウジングに送られ、そこで爆発した空気が排気ポートを通してエンジンの外へ排出されるのだ。吸気ポートは回転数に合わせ3種類を使い分ける。始動から常に吸気しているのがインターミディエイトにあるプライマリーポート、そしてサイドハウジングにある中間域で開くセカンダリーポートと高回転域で開くオギジュアリーポートだ。ここにほんと筒が入るんですよ。その筒で5500から動いて8500で全開するんですけど、エンジンやる場合にとりあえずコンピューターで、制御できるオギジュアリポートを広げます。この各吸気ポートを削って空気と燃料の吸入量を増やすことでパワーアップを図るのが今回行うサイドポート加工だ。合わせて排気ポートも拡大する。インターメーターの方は、オーバーラップを広げないで、トルクを重視に出すようにやってます。で NA の場合はどうしてもやっぱり燃料が壁を伝わっていくんですよね。ターボと違って押し込みじゃないですから。だからなるべくこう綺麗に段差とかそういうのは綺麗にピシッとやっぱり磨きます。ロータリーの神様の手で着々と作業は進んでいく。この車両の価格知ってる？3750万円。3750万円ってね、大体ね、例えばトキちゃんのフランが10台。まずフェンダーですね。なるほど、フェンダー。ちょっとフェンダーね。にして、はい。FRP 貼って。なるほど。で縦で埋めてもらって。あ、綺麗だよね。作りました。いい。このリップも当然あれでしょ？もちろんドライカーボン。これは2メーターかける1メーターで3980円のカマチエースという板です。港南で購入できます。この羽は？この羽、一番いい羽をさ注文してつけてくれたんでしょ、俺のために。80万円。80万。GT 様からいただきました。もういらないって言ったんで。それゴミ箱に入ってたただのお下がりじゃねえかバカ野郎お前。エンジンどうなってエンジン86ちゃんはね、ほんとスペースがなくて苦労したんですけど、意外に綺麗に乗ってるね。でしょ。上手。やればできるね。でしょ。このチタンカラーも一生懸命出してね、こうやってバーナーで煽って今開幕の1週間前だぞお前。あとさ、ミッションはどうしてんのこれ？一緒クワイフ。クワイフ？あ、86と一緒？一緒、6速シーケンシャル。なるほど。テンションロッドとかこの辺のアームルは？アッパーは純正で、ロアームを作ってます。あ、なるほどね。ピロにして。ナックルは？ナックルは80スープラのナックル。ショートにしてるやつ。ああ、なるほどね。いい感じだね。いよいよ僕が夢に見た3750万円の車のコックピットですね。何事もなくドリフトに成功し手応えすら感じる陽一。この後存分にテストに励む。
TTR チューンの老舗エンドレスが持ち込んだのは意外や意外ライトチューン。 900cc インジェクターに交換したブーストアップ仕様。サージタンクインタークーラーも交換済み。アラゴスタ車庫町で走行会も楽しめる。車は乗りやすい。ブーストアップ程度なんで、こんなもんかなって。街乗りも楽な04仕様。ピストンコンロッドカムを交換しナイトロを装着。04では3速に入れたらドライバーが手動でスイッチを入れる。ナイトロ噴射で150馬力アップ。セントラルで049秒539の記録を持つ。5速6速の伸びがもう全然違う。他は大体5速6速で失速するけど、5と6でもどんどん加速していくんで、結構これで最高速やれば350くらいいっちゃうんじゃないかな。そんな感じ。このシルバーステートクラシックチャレンジのために制作されたストリーム Z T8834D にブースト 1.5kg で800馬力を発生するモンスター。しかしいわゆる04マシンのような直線番長ではコーナーありアップダウンありのこのコースを走り抜くことはできない。バランスの良い究極のチューニングカー、それがストリーム Z なのだ。まずね、やっぱり前半にね、長い直線が2本あるんですよ。ね、長い直線があって、その直線を本当できればもう350ぐらいでずっと走りたいんだけども、イオンが上がっちゃうからね。第3クラッシュ。350 crash。いた Z。 いた大ちゃん。タイヤバーストだ。タイヤバースト。タイヤバースト。体大丈夫ですか？ちょっとつぶつ痛いわ。ちょっとつぶつが痛いわ。背痛い、腰痛い、肩痛い、足痛い、みんな痛い。全身みんな痛いよ。生きていると分かった途端ザクはずっと大笑いしてました。ひどい。噂その1、タイヤ交換ができない。自分でタイヤ交換とかやっちゃいけないものなんですか、これは。タイヤの交換がですね、自分ではおそらくできないと思います。はい、20インチの幅広タイヤを使ってますので、普通のタイヤショップでもできません。認定されたですね、タイヤショップに行かないと交換ができないような。噂その3、リミッター解除できる方法がある。指定されたサーキットですね、そちらに行って、ピットの付近でマルチファンクションディスプレイの方で設定してあげると、リミッターカットができます。湾岸とかその辺も我々の中ではサーキットなんですけどね、奈良さん。そうですね。あそこ安く走れるんですよ。ああいうとこはダメなんですか？そこはですね、ピットがないのでできません。ピットはなんかでも海の上になかったわけですか？レストランとか。ピット作んなきゃいけない。ピット作ればいいんですよ。噂その6、チューニングできない。これはどういうことなんですか？
基本的には純正部品でですね、全てセッティング高性能でセッティングしてますんで、改造する必要はないと思います。ない。いやいや、でもあるんですよ、やっぱり我々にとっては改造するべきところがですよね。マフラーも変えたし、車高も落としたし。やったらですね、それなりの記録装置がついてますので。でもマフラー変えたり、車高落としてもコンピューターには残らないですよね。そうですね、何を変えたかとかまでは出ませんが、もしブーストが上がっちゃったら残っちゃうんだ。そうですね、それを読み出せば何を変えたとか、その辺の推測は簡単にできますね。なるほど。というわけで、この新型 GTR、もう改造は一切しなくても、世界最高峰のパフォーマンスだと、このように言っておりますが、千葉県第1号の納車が改造大好きな工場、これどういうことなんですか？峠スーパーフェスチューニングカータイムアタックボリューム5出た。つくばを走れるストリート 30Z。エンジンは2800のエンジン L 型のエンジンをベースに、3200cc までパワーアップで、ソレックスが50杯、エルメカ怒涛の加速。いよいよ峠の魔王現る。エンジンは、うちのフィードのサイドポートチューンのスペック5っていうエンジンを使用してます。でタービンは GCG の、GTX3582R っていうタービンですね。パワー的には500馬力オーバーぐらいは出てるような感じで、ミッションはノーマルなんですけど、タイヤはそれを一応受け止めるために前後295の A052 を使用してます。コーナーもスムーズ。いいね、車バス。ただちょっとね、ミッションが入りづらくて、もう本当それだけ。直せばもっと全然速くなるし楽しい。ていうか、乗りやすくて攻めやすくなるね。420以上は、出てるんで、当たりエンジンなのかなと思います。このグラフの通りなんですけど、全域で踏み始めから全域でだいたい10馬力ぐらいですかね、アップしてます。で上の方はもうブーストが制御されちゃってるんで、昔みたいにマフラー変えてブーストが上がるっていうのはないんですよね。ただ排気効率が良くなって、その分抜けが良くなってパワーが上がって10馬力全域で上がってるっていうような感じです。雨なんでね、ち
ちょっと勘弁してほしいんですけど、この車の性能と実力に頼ってみたいと思います。なんて言いながらもアクセルはベタ踏みのアキラ。4輪滑りながらもアクセル入れるアキラはすごい。2370万円の峠全開走行ご覧あれ。いやー、いい音するんですね。10週にわたりお届けしているビデオオプション2022人気ランキングトップ100。今回は7週目、ランキング40位から31位。早速いってみよう。大島君、この車、これこだわりのポイントとかそういったのちょっと紹介してほしいんですけど。これって、ただ僕のミサイルなんですよ。今これ僕一応6センチ上げたんですけど。この状態で6センチ上がってるの？これもう入らないですよ。僕本ちゃん号、これが入んなかったんで。横に入らないの。はい。僕の本ちゃん号はこれが入らない。ホイールのね、普通ここに入るんですけど、ここにもうほら隙間ができちゃってる。これね、危ないですからね。内側に16入って後方に3ミリぐらいずれてるんですよ。で、要はタイヤが元の位置のまんまキャスターがつく。でプラスホイール自体が内側入るんで 11.5J を入っても内側が当たる。自分たちがやってることと逆のことやってますね。嫌だなあ、低いの。じゃあ行きまーす。これ大丈夫？跳ねるね。角度もなりにつくし、跳ねるけどなんとなく走れる。跳ねる。まずは、エンジン後回し。まずボディがざーっとなんかこうそれなりにね、ヨタ八の形によみがえり、今外はまだサフェーサーでまだ塗ってないんですが、エンジンルームとこの室内はなんとなくもう色が入っております。そしてね、ここね、ボディラインもちょっとね膨らましたんですよ。フェンダーをねちょっと広げて、そして、ついにバケットシートもですね、ちょっと今置いてるだけですが収まり、ハンドルがつき、シフトもサイドブレーキもセットされ、なんとなく車らしくなってきました。このね床面もねこんなんじゃないんですけど、もう腐ってね穴が開いてたんで、もう全てやり直して、補強も入れてですね、エンジンがこうなりました。こちらですね、トヨタの 1600cc4AG
皆さんもAE86 でね、なんとなく馴染みのあるかなと思いますが、それの AE111 の、いわゆる二重バルブといわれるエンジンの 4AG を、見つけてきまして、 FCR キャブレター FCR キャブになりですね、エキゾーストマニホールドもですね特別に作っていただきました。今日このエンジンに火が入れれるそうですので、うまくいくかもしれませんが、やってみましょう。よいしょ、いいよ。じゃあかけますよ。爆音。走行直前、俺たち V オプトはどうしても気になることが一つあった。それはこの暗いのがいいですね。でも明るい時はあんま走ったことないんですよ。そう。夜だもんね。明るいの初心者だね。大丈夫かな。冗談はさておき、ついに本番。マシン製作からおよそ1年半、泣いても笑ってもコースの占有は2時間ぽっきり。ここで今までの全てが試される。残り時間もわずかとなり、スモーキーは言った。できることは全てやりたいんだと。ってあんたノーヘルかい。果たしてヘルメットのあるなし、結果にどのようにして現れるのだろうか。もはや会話はお昼ご飯の話にないとは思うが、もしかして記録は出たのか。伸びない。ヘルメット脱いだけど伸びない。今ね、ガードレール寄せたら窓が開き上がる。窓がパッて引っ張られて、車が引っ張られた。この声分厚いですか。運転席の窓に注目。運転中大型車に吸い寄せられるノリでガードレールへ吸い寄せられたスモーキー。エンジンのパワーが上の方が出し切れなかった。また来るんですか。また来たい。Ciao, ciao, arrivederci. Di nuovo a Nardò a settembre. Ok, ciao, ciao. Arrivederci. この辺からちょっとやばいぞこれ。そして5組目はゴーチャと川端正人。ゴーチャに対しての得点、川端正人。まあここはいくはず。大丈夫？嘘だ！2人でいい走りとか言い合ってんじゃないよお前ら。本当にバカだねのもう。まあ日本で言うならばトリプルですね。よし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 。そして藤野合わせろ。いやー2台のツインドリすごい接近。後半いいかもしれない。さあどうだ。よし、この VR 搭載の3人、それから V9S13、そして S15、意外に綺麗じゃねえか。意外に綺麗じゃないかこれ。おいおい、これ間違いなく見た目はいいなこれ。あ、ちょっと折れた。ものすごい僅差。これ勝ちだよね。これ結構ギリギリじゃない。
街中では威圧感すら漂うワイドボディを引っ提げ、いよいよ初走行の高速へ。なんかいいっすね。いい感じ？なんか新しいっていいことだね。新しいって。シェイクダウンの喜びに浸りながら、次は自慢の480馬力を体感すべくアクセル全開でフル加速。アクセル全開でもエンジン音、排気音がほとんどなく滑るように加速していく。そして翌朝8時、日本自動車大学校に現れたノムケン。持ち主がいない間は何でもできるですね。まずドリフト、アンチロックがねだいぶ効いとるですよ。ゴリ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 って、これはいろんな制御が入っていかんですね。では今度は VDC をオフにしてチャレンジ。おお、難しいばい。俺はねやっぱアテーサとこのアクセルのなんかねあれが入っとるですよ。リミッターじゃないけど、なんかこれ以上流れないようにこれを突発したかですね。これ軽くねグーッと引くとなんか変な制御が入るので、ちょいちょいぐらいでやってみましょうか。やっぱりね4駆に途中から変わるとですよ。それでは今回のステージをご紹介。開業からおよそ37年にわたり数々の最高速チャレンジを生んできた、いわば最高速の聖地。設定最高速は驚愕の492キロ。最高速ポイントは路面状況を考え10キロポイントでアクセルオンし、そこから3キロで到達するように決められた。福井の老舗フェリックスパワーの GTR マックススピードスペック。オイールは BBS の超超ジュラルミン RID。 エンジンは純の4リッターキットを組み込み PD0625G タービンと組み合わせる。ブースト 1.7 キロで997馬力、トルク112キロ使用。これが350キロオーバーの世界か。非日常の光景が目の前に広がる。無残にめくれ上がったフロントリップ。これを見た横山はでも巻き込まなくてよかったですね、これね。まあね、横山の作る車こんなもんよ。ひどいこと言われてますよ。やめた方がいいよ、やめた方がいいよ。もうお金はもったいないよ。カーナンバー13、斉藤大吾。本当に出来たてほやほや、その GR セープラのその走り、いやー、いい角度をついたけれども、うわっとまだ飛ばしていかない。いや、それでも思い切り踏み込んでいく。腕でと搭載、この GR セープラ、初めて見るそのドリフト。カーナンバー20、野村健 VS カーナンバー21、熊久保信繁。さあ野村健のいい争い4シューッと寄っていく。さあきっちりといい位置に入っている、いい位置に入っている、ビタビタの状態だ。入っている入っている、オレンジの横、寄せていく寄せていく寄せていく。さあどうだ、心抜き差しギリギリ、入っていく。おお走り。さあというところで、どうやらいよいよ最後のフィナーレ、はい、団体ドリフト。さあ働かん、そして北岡、綺麗だ綺麗だ、松雪のアレックセブンがいく。そしてシングルエースイッチも、おいおって危ない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 、近いところ近いところ、そして
して綺麗な振り返し、立ち上がっていく。さあ今スタートしてった。スーッとまず2台、うわ中村直樹、これ2台近いところのトリプル、うわ危ない寄ってる、近いフロントタイヤ、当たってるなんかコロって落ちたよ。さあ今スタートしていく川端、そして藤野、そして後ろ S15 は追いマシン横井正史がまずは等間隔、綺麗な状態、非常に綺麗な等間隔でスーッと回っていく。これは美しい状態だ。そして近いところ、バランスちょっとばらついた。いや近づいた。それでもギリギリで立ち上がっていく。横井やりすぎですね。相変わらずやりたいんですよ。今回のラウンド4インをはい、ということでここからですね、再びビデオオプション、この今回の D1 グランプリお届けしてまいりますので、今間はねビデオオプションのアーカイブトップ50をご覧いただきましたけども、で、前半の単走に引き続き谷口さんに解説していただきまして、はい、そして我々の間に、はい、なんと川端選手に来ていただきました。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。いやチャットでさ、みんなめっちゃ応援してたで。ありがとうございます。川端さん、こっちに来てほしいっていう。違う16位のところにいて、はい、あと数人川端を超えなかったら残ったじゃん。はいね、あれめちゃめちゃ煽ってたんですよ、こっちで。そういうことだ。川端か誰かみたいな感じだったんです。上よ、あれおかしくなった。なんかおかしくなった。大丈夫ですかね。川端選手が残るかどうかみたいなことで、はい、めっちゃ煽ってたらみんな川端さん応援してましたよ。ありがたいですね。俺も待ってる時はほぼもう諦め状態で、僕らとしてはこう祈ってんのかなと思ってたんですけど、いや、祈り始めたのは、はい、最後のグループが来た時。もう最初の点数見た時点では無理やと思う。はい、で明日頑張りますっていう感じでテントの中にいたんで。そうなんや。はい、まさか最後にそんな競るとは思ってなかった。いやそうなんですよ。谷口さんもずっと言ってあったんですけど、ありえるっつって。そうね、コースが難しいから、はい、もうみんな容易にミスするじゃん。はいはい、だから川端その 95.1 でも通るかもしれないと。なるほど。みんな応援してくれてます。川端さんコメダでスイーツ食べましょう。いいですね。はい、800円もらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうや、川端さんもじゃあ、ラーメン食べたりお菓子食べたりしてください。いいですね。ですね、この番組にチャットで皆さんから、はい、いろいろお金をいただきましたよ、奥井吹きの時に。この予算で買い揃えました。なるほど。はい。いいですね、それ、そのシステム。どんどんこの周辺がね、どんどん豪華に環境が良くなっていくという。で、ちょっと川端さん、はい、単走走られましたけども、実際走って、はい、どういうコースなんでしょうか。どういうふうに難しいんでしょうか。ちょっと見ていただいている方にも。そうですね、今までのその筑波サーキットのレイアウトというか、そのゾーン指定と、はいはい、豆腐の位置、はいはい、っていうのが。豆腐ってあれです、豆腐、大きい豆腐ね。置いてる大きい豆腐ね。はいはい、あれの位置が1コーナー寄りになってるんですよ。ほう。なので、スピードが乗るというかブレーキングの距離が短くなるんですよ。はいはい。なんですけど、今度アウトのゾーン2セクターのゾーンが、第2ゾーンね。第2ゾーンが、アウト側の結構奥にあるので、はいはい、突き抜けやすいんですよ。なるほど。だからみんな飛び出してますけども。そうなんですよ。そこをきれいに回ろうと思うと結構進入からこうアウト目に寄りたいんですよね。なるほど。でスピードを乗せていくからアウト目に行くんですけど、はい、車速のコントロールが難しくて、アクセルオフが長くなると今度こうリアグリップが食ってるんで、すごいグリップしてるんで頭がこう
流されるというんですか、アンダーステアになるという、ドリフトしながらこうフロントが戻されるような形になると大体飛び出しちゃうんですよ。なんで早くアクセルをオンして旋回すればいいんですけど、そしたら今度は届かなくなるよね。今度内側にギュッと巻いてしまうので、なので結構いい塩梅の角度が必要だと思うんですよ。だからケツっぽく入るよりかはこのレイアウトだと真横ぐらいのセオリーの角度で、早めにアクセルをきっちり入れるっていう、ブレーキを短くして早めに入れる、そしたら2セクターがこうって言うのは簡単なんですよ。明日やってもらいましょう。言うのは簡単なんですよ。俺も練習の時はちょっとできたんですよ。ああ、つかめそうやったと。つかめそうやった。本番はもうカス。ちょっと今のそれだけ難しいこのコースで、今から追走というのがあるんですよ。で初めてご覧になった方も、追走っていうのは今度は2台なんですね。先行後追いでやるんですけど、またそれを入れ替えてやるんですけど、ちょっと VTR いけますか。じゃあ追走ちょっと説明してる V があるんで、みんなで見ましょう。こちらです。それではここで D1 グランプリの追走審査方法についてご説明。 D1 グランプリでは追走もドスに基づいて判定を行っていきます。まず単走と同様に1セクターから5セクターまで先行後追いそれぞれの走行のドス得点を計測します。同時に後追い車両の接近度に応じてセクターごとに接近ポイントが与えられます。下の段の白い数字がドスのベース得点、青い数字が後追い車両が先行車両に近づくことで稼いだ接近ポイントです。接近ポイントはセクターごとに与えられ、通常1セクターごとに2ポイントから3ポイント、全てのセクター合計で10ポイントから15ポイント程度が設定されます。赤い数字はコースアウトなどの減点ポイントです。前後入れ替えを行い2本の合計点がこの黄色の数字で表示され、ここで勝負が決着するわけです。前の車に合わせて走る追走という競技の理論上、先行車より後追い車がドスで上回ることは非常に難しいことです。そこをなるべく前の車に合わせてほぼ同じドス得点を稼いだ上で相手の車に接近してポイントを稼ぐ、それが追走で勝ち抜くセオリーなのです。本大会では15ポイント満点の接近ポイントが与えられます。またドスエラーがあった場合には審判員による映像判定に切り替えます。もし2本目でドスエラーが発生した場合には1本目がドスで取れていても改めて映像判定で点数を入れ直します。さあ D1 グランプリが誇る接近戦をお楽しみください。ということでございます。大体はあんな感じなんです。でとにかく先行は単走と同じようにしないといけないんですよ。コースアウトももちろん取られるし、ゾーンも取らないといけないのでそこもマイナスされます。ただ後追いはゾーンとかコースアウトも少しは緩和して見てもらえるということで、さっきちょっと映像出てましたけどもフルマークで15点ってことです。全部取ったら各セクターごとに3ポイントずつ取れるようにはなってますけど、どうでしょう川村さん、これ取れるもんなんでしょうか、トイレこのコース。そうやね、多分直樹は取れるね。でもまず先行がいい走りをしてくんないと、そうなんですよ、後ろが合わせられないじゃん。それをもう先行も難しいレイアウトだから、そういうことです。今日は本当いい追走ができるか微妙だよね。だから前にかかってるところもすごく大きいですよね。それなんです。大体のコースだと先行を信じきって飛び込んでいけますけどね、それがちょっとどう出るかですけども、ジャッジたちも難しいのよ。これは先行のあれがあれであれだよねとか。いや全然わからへん全然わからへん。でも俺が難しいなと思うポイントは、飛行のブレーキングが、要するに人によってはこうブレーキを乗せながらこう切り返しをするドライバーと、そのまま向きをパンと変えてから減速するドライバー、なるほど、が合わせにくいんじゃないかなと。伸ばしていくタイプか勢いでいくタイプか、タイプ別でも合わせにくい、合わせやすいがあると。うわあとですね、今から追走始まるんですね。いけますかね時間時間ほらなんか
一応なんかそれやったらスポンジの奥橋変えたの。はい。もう中止でいいよ。いやいや、あかんあかん。ダメ2回連続はあかん。あ、そうなの？違う違う。中止でいいよじゃない。中止がやめたい。やめよう。ヤンコヌーンさんが昔からのファンですやって。これからも楽しみにしてますって800円。今日はここまで練習して明日本番一発ですよ。やりたいよね。そうしよう。みんな壮行会しよう今から。そうしたいよね。そうしたいな。でこれどうですか？明日は攻略できるって感じなんですか？明日はできるか、僕走ることがないんで、あとは見て勉強する。みんなのこの水槽の走りを見て、どんな風に走るか、勉強させてもらおうかと思って。おお。じゃあこれ見て今から。まずね、普通ね、炭素落ちたらもう気分悪いから、これ来てよって言っても嫌だよっていう。いやそう、俺川端さん来おへんと思ったけど。そんなことないよ。俺もひどいよこれ。ビデオオプションのスタッフがオープニング撮ってたでしょ。あの時に呼びに行くからって肩のたいで嫌なことだから。もうその気に先にさしてるみたいなあったからもう断れへんかってまあ断る気もなかったけど、まあもうね落ちる体でいやでもそういうのもやっぱドライバーの懐の深さというかね。いや違うんですよこれね、へこむのは明日終わってからでいいんですよね。明日もう一回あるんで、今へこんで何してももうマイナスしかないんで。そうですよね。確かにどうせ明日は来ますからね。そうなんですよ。さあそば切りちょっとねラダー発表してる時間あるかな。ちょっとサクッと言いますね。そば切り VS 上尾勝弘で、2組目中村直樹 VS 田中聖美、3組目が目桑幸次郎 VS 日野哲也、4組目藤野秀幸 VS 松井幸雄、5組目横井正史 VS ポンで、6組目が SVS 尾藤弘樹、7組目末永正雄 VS 久米哲也、8組目松山北斗 VS 岩井照義となっております。これらが1位と16位、2位と15位みたいな形でラダーは決まっております。でベスト16の対戦だけはウォーミングアップ、フルコースであるんで。うわ、なんでベスト16だけあるっていう。ということはここでベスト8からはなるほど。じゃあウォーミングアップ出ますね。ここからまずはウォーミングアップ。すいません川端さん、じゃあこの中でベスト16の注目対戦を。そうですね、まず気になるのはこの藤野先輩と松井君の東洋対決。あれ本番あれ削りました。時間削りました。変わったんですね。さあそば切りが上尾の先頭がまずはそば切り、後追いが上尾。And straight into it with the best 16. Sobagiri leading this first run, being chased by Ueyo. 追いつけない。でもなんとかついてる。 Remember, the lead car is doing a similar run to their qualifying run. そば切りはちゃんと単走の走りをしてる。うまいね、そば切り。上手だね。We have a banger of a battle straight off the bat here between Sobagiri and Ueyo. 振り返しもちゃんと活気があるんで、ちゃんと点数入るんですよね。活気がある。活気や。活気な。何それ。活気ありますね、確かに。 Huge angle from both of these drivers. And once again, first place qualifier in the lead, doing a great job. 角度もいいしね。やっぱ先行がいいと、後追いもそんだけ飛び込める。Sobagiri does need to hit those zones like he did in qualifying as the lead driver. Chase driver has a bit more leeway. They don't need to hit those zones. In exchange for that, we expect to see them right up on the door of the lead car. 今の1本はそば切りが先行、後追い上で、これが次また逆でやります。はい。先行が上を後追いそば切りでやります。はい、川端頑張れだって。よーし頑張るぞ応援してるで。川端さんを応援してます。ありがとうございます。いやめっちゃ書いてくれてるんですよみんな。でもそろそろちゃんと走らなね、みんなに嫌われちゃいますね。いやいや、でも川端さんの人気はすごいですから。さあ得点が出るんでしょうか。いやまず入れ替えじゃないな。先に得点出るんだっけ。はい、今の1本目の得点がまず出ます。どんだけ取ったかっていう。
ちょっとね最初離されてたからね。Let's see if we can get a score 途中で from that first run. We got onboard shot here from Sobagiri in the lead. 点をねつけるのがなかなか難しいから、ちょっとこう間継ぎが必要なんだね。そう、これそばぎり君の車載ですね。ちょっとやっぱ戻されてね、こうやってね。結構ガツいた。 So much work to do in such a short run. すっごい忙しいなこれ。 It's always funny seeing scenery go by sideways. 立ち上がりのふらつきがちょっと気になるんですね。なるほど。さあどうなんでしょうか。今回見てても、お、出た。お、上を100。 And there you go, score their lead run of 98 versus a 97 with 3 proximity points. So if you don't know what those are, the way it works in D1 Grand Prix is, of course, the chase car. Because this is scored by computer, the chase car always has to take a shallower line, transition in different places, and that sort of thing. In exchange for that, if they get up on the door of the lead car, the closer they get for all of the zones here, they get proximity points. And that's how you win, by getting proximity points. Of course, that's what we're going to see. Door-to-door drifting is the most fun and exciting. Here we go, second run. Away with the advantage after that first run. Owayo leading this run, qualified 16th. He's up against the first place qualifier. Could he possibly knock down the first place qualifier in the first battle? It's looking like a possibility right now. ちょっとドスの点数で言うと、高台がちょっと低かったかもしれない。後追いのドスの角度もね、ちょっとやっぱり追っかけたいからスパンスパン出さないのと、いや結構待っちゃってて、ここで立つんですよね、車がね、一回。ここでスーッと待って。Qualifying is one thing, but battles are another. And this is the sort of thing we came here to Tsukuba Circuit to see. High speed, big flicks. そうですね、内側入っちゃったんで、ここもちょっと角度ないんですよね。確かに。サイドで出すもんね、やっぱりね。だから3セクターの点数がちょっと下がってますね。詳しいな。さすが。Well, it's going to be a fairly close score either way. さあ、これは。で離れてもどうなんだろうな。攻略はさすが現役ってきてますよ。いや俺もこっちの道。いやいやこっちに別に。いやいやchase view こっちに道ないで別に。Sobagiri's car。谷口さんの後ろをずっとついてる。谷口さんの後ろついてた？はい。今ちょうどいい位置来てるんで。いやほんまに後ろやな。ほんまに後ろやけど。川端にね知らないだろうから教えてあげるけど、さっきこのね俺たちずっとここでやってるでしょ。このコメント来てるじゃん。There's a lead car disappears and reappears through the smoke. 血を流した。That second run there, 99 for away on the lead, a 96 and a 1.5 proximity points. 97And there you have it, Owayo. 勝ったのはなんと。In an amazing result there, Owayo qualifying 16th, knocking down the first place qualifier Sobagiri in the first battle. ちょっと浅かったですね。うわー、これでもベスト16で1位に。Now that's an unusual thing. You've got to remember, the first battle in the top 16 is the first place qualifier versus 16th place. So generally you'd expect the first place qualifier to win. Well, that wasn't the case here today with Owayo and Sobagiri. Great result from Owayo there. There we go, next battle now. Nakamura versus Tanaka. These are two top Kansai region drivers. Oh, Naoki losing a bit of angle there. See Tanaka get right in there through the hairpin. Naoki running right and into the barriers. Now that's an unusual mistake there from Nakamura.
I got to say, I think that there may have been some sort of issue with his car because he was gripping up a bit in the first corner. It looked like the car was a bit down on power some way. 4セクターでちょっと流されるというか、ちょっとゆっくりめに返してたんで突き抜けちゃうという、アクセル踏めなかったですね。Once again, good track manners there from Naoki, staying off the surface until after the finish line. So let's watch this again. Watch Naoki Nakamura in the lead. Hits that zone. This is a dangerous looking battle right here. As they flick back, look at that. In the chase there, chase car getting the full angle before the lead car. That's a gutsy way to drive. Now watch this right here. Nakamura goes out towards the zone. And he kind of straightens a little bit there, even though he may have been on full accelerator, but the car didn't come all the way around like you'd expect it to. It could just be a mistake of the driving. But then once again here as well, as he flicks it back. Oh, looks like the tyre had already debeated, so he's actually debeated a tyre before he flicked in there. So the right rear tyre debeated. What that means is the tyre came off the rim, which essentially makes it the same as a flat tyre. The reason that can happen is because in drifting, generally a lot of these guys run very low pressure. The reason why they do that is because it means the tyre, you can imagine a half flat tyre. It kind of spreads out. And it puts the maximum amount of rubber on the surface. Sacrifice a little bit of control in exchange for a lot more grip. The downside of that is there's not as much pressure holding the tyre on the rim. And it can pop off, which is what happened there. Not sure exactly where it happened, but it did happen before Naoki came into that final hairpin, which is obviously, it's on the outside of the car. That's where all the weight of the car goes. That's where all the grip of the car is found on the outside as it's leaning out around the corner. And if that tyre is basically flat, you're not going to get any grip. And Naoki went off and went into those tyre barriers. Sorry, the foam barriers. じゃあ谷口さんと川端さんでここに出てない人でもいいんですけど、こいつの追走は面白いっていう人いますか? So if we get to see a replay, we should be able to see exactly where it came off. Looks like it probably came off before, either before or during the chicane. あれはね、いい過去だった。自分で言うんや。すごい時代でしたね。いや、あれはね、本当に大悟様々で。やっぱりいいライバルだったですね。あの GTR やっぱ乗りやすそうだったよね。あれはね、やっぱり今思うとバランス良かったですね。いや、僕めっちゃ強い印象です、GTR は。 Someone in chat saying, why don't they just run a wider tyre? Well, they do have tyre rules in D1 Grand Prix. Either a 285 series or 265 series tyre, depending on the weight of the car. ちょっとだけ上面できるんですよね。角度旋回というか、あの辺がよく使えてたんかなというのは思います。今やっぱり横井と直樹っていうのはバチバチでおもろいよね。そうですね。今はその時代かもしれないですね。技術だけじゃなくて、 in previous years you could tell which tyre a car was running by a sticker on the windscreen. I don't think they run that particular rule anymore. 川端と藤野とかだとなんかやっぱり仲いいから仲いい感が出てるじゃん。合わせやすいなとかそっちを考えちゃうので。なんかバチバチ感ね。絶対当ててでも任すみたいなのないでしょ。今はないでしょ。さあ次の対戦3組目はメクワ幸次郎 VS 日比野哲也。もういい対戦がもう早速実現しております。さあまずはメクワが先行、後追いが日比野になります。だけどね、単走見ててもメクワの方が as they recover Naoki's car. 確かに。Into the next battle now. This is Kojiro Mekuwa in the E92 BMW versus Tetsuya Hibino in the GR86. Now Mekuwa, the higher ranked qualifying driver, however the front end of this car looks a little bit loose and doesn't look like it's very easy to control.
Let's see how he handles it in the battle. Here we go. First corner. Looking good so far. Hibino falling behind a little bit. Mekua, great lead run. He's not giving Hibino much of a chance to catch up. Hibino goes in really shallow there to try and get some proximity over the finish line, but a great lead run from Mekua. わかんないけどね。はい。単走の時すげえ点出てたから。はい。最後2本目ね。さあこれは日比野さんは寄れたとこありますか？いや取れてないんじゃないですか。取れてない。まあ2、3点。取れて2、3点。前半ですよね。でもこれメックはマジいいとこ通れたね。ね。すごい加速できる。Hibino doing well on the first half of the run, but right here on this part of the track. Remember, that short straight there, they do not need to be drifting that particular section. They can straighten up and reinitiate if they want. Some people might not agree with that, but it does give us the greatest amount of speed. Of course, this isn't a rolling burnout competition. It is drifting. We want to see high speed from these guys here. なるほど。で空転をもう先に作っとくんだね。そうするとこう旋回しながら前に立ち上がっていくので、すぐ出したい時出ないんですよ。あ、そうなんや。滑り始めてその空転が荷重が乗ってって面圧かかっていって前に押し出すような動きになるんで、本来のトラクションは空転が始まってからちょっとやっぱ後なんですよね。はあ。さすが。All right, there we go, 98 for Mekua in the lead, and only one proximity point for the chase. So the image you want to have when looking at the results is the chase car should be getting a higher score than the lead car. Generally, the base chase score will be lower, but then they make up for that with proximity points, which will make it higher. So if the chase car ends up with lower overall points than the lead car, there's something kind of wrong going on there. So when you get 2 runs, that kind of thing balances out and you get a result. So Hibino only 1 proximity point, not a great result from him. Still though, overall, Hibino had a good base run though, which kind of made up for it. But only 1 is a big ask. Let's see what he can do here when he takes the lead in this run. だって俺よりもさ現役だからさ、詳しいじゃんね。はい。どういう風になってるかその先まで全部見えてますから、煙の中まで見えてましたね。見える。なんだったらこのコース走ってきてるからさ。そうですね。詳しいよね。走りたいですから。さあ今度は入れ替えて日比野哲也が前、後井がメクラ小次郎。さあ、1ポイントのみですね。日比野選手取ってるのは。Here we go, second run this time. The GR86 of Hibino will be leading. Being chased by Mekua, so if Mekua can just get close enough to get at least a few proximity points. Oh, Mekua is kind of falling back a bit. Hibino has to hit that zone, remember. As the lead car, they do need to hit the zone. Oh, Mekua going off the track a bit there. Here we go, proximity for Mekua in the chase. As long as he doesn't spin out, he's going to understeer a little bit there too. Kind of a messy chase run from Mekua, but it might be enough to get him the win. Mekua had to dodge there for a second on the straight just after the first corner. Let's have a look at this run though. 一瞬やめたのかと思った。いや思いました。あれってなりましたけど。立ち上がりがちっちゃくておかしかった。 We've seen other drivers take that line this morning, so it should be okay for the lead run. Now watch this here though. Did Hibino miss a shift? Right about there, he may have missed a shift. 振るんかいみたいな。そうそう。メクアからしたらそうですよね。あれやんのっていう。危うく殴られるとこだった。そうですね。ペシンとやるとこですよ。これはもうメクアですな。これはメクアでしょうか。思うんですけどね。 Honestly thinking Mekua has the better result in this run. Also that little mistake there for Hibino, whatever that was, a missed shift or something. Right there, let's see for the drone. So chat asking about tyres and that sort of thing. So the way the tyre rules work here in D1 Grand Prix is, if the car is under a certain weight, you have to run a 265 series tyre. If you are over a certain weight, you can run a 285 and that's it. As far as tyre allocations go, essentially,
they get one pair of tires per battle. ね、いやなんだろうな。 And then when they get into the final, they get access to a bonus pair of tires that they can use in the finals. If they want to use that bonus pair of tires anytime before that, they will get a penalty. Generally, you don't see that sort of thing happen, though. You're not allowed to rebead a tire between battles. So if you do DB, that's generally going to be a loss. You are allowed to change tire pressures between runs. And all the tires need to be set out the morning of the competition, inspected and marked by the D1 Grand Prix staff. 抑えていこうと思ってサイドが長くなったりするとシフト操作はちょっとこうおろそかになるときはそうね、ここで引っ張ってるやつ落としたいけどもう先つながないともう戻るみたいな。なるほど。これ今審査員が揉めてるところだね。揉めてますね。お、出た。あ、マイナス。 Okay, so you did get a -3 there, Hibino, for that slow down. I think that's what that's for. これで Oh, is that for a zone? わずか 0.5 ですけども、メクは幸次郎の勝ちになります。あ、じゃあジャッジだけの減点はなかったんですかね。なかったみたいです。いやいや、ゾーンだけ。ゾーンのマイナス。あ、そうなの ?J2 のでもこれ、3だからマイナス3やから J2 と J2 とゾーン。じゃあゾーン3の方だけかな。ゾーン2はいけてたってことかな。そんなことはないです。J2 が一番問題だもんね。J2 が多分マイナス2じゃんで。あ、でもマイナス J2 がマイナス2で、あとゾーン通過がマイナス1じゃないですかね。ゾーン通過マイナス2ですけどね。あ、それは単走じゃないですか。あ、追走が1っぽい1ランじゃなかったかな。あ、ほんまや。ゾーン通過1。はい、ちゃんと勉強してくださいね。すみません。はい。書いてました。ゾーン通過1でした。All right, I just thought I'd let them get that all sorted out just there. So that -3. 川端コメンテーター詳しいね。結構好きなんですよ。いや、川端さんね、前ね、that -3, the J2 penalty. That was that slow down that he did, and then a -1 in the battles. Missing the zone is a -1. So that's what the -3 was for. 注目カードが藤野秀幸がまずは先行、後追い松井幸雄。東洋対決先輩。 And here we go, next round, Fujino versus Matsui. Fujino in the lead. Oh, we got a collision. うわー、2台いった。いや、藤野さんは行ったからね。結構今。でも今の藤野のせいじゃないよね。いや、俺は今でもちゃんと返せてないように見えました。It should be interesting to see what exactly happened there. I think Matsui transitioned very early and didn't slow down in time to avoid hitting Fujino. We'll need to see a replay of that entry there. Here we go. Here we go. RX7 very fast. Right, transition back very early for the chase. Watch him already at angle. Matsui at the last second slamming on the brakes to try and slow down. You can see the car spin around. ぬる返しでも初めて言ったんちゃう？いやいや、あんのそういうこと？あるある。前荷重で返すとぬる返し。ぬる返しっていうの初めて聞いた。まあだから先振りというか藤野さんのが遅かったのか。返しが遅く見えたんだけ So ど。 if you're just joining us now, you can see Kawabata in the commentary booth there. He did not qualify for today's competition. もっとパーンってやるんじゃないのっていう。相手が藤野だから、そうそう。気合い入れていったら。Of course, he's the teammate of the lead car we just saw. ぬる返しだったってことですか。多分そうトークショーの時も2人言ってたんですよ。もう東洋対決だし、もう思いっきりいけますって松井君なんかはもう。Front bumper is pretty mashed up. その気持ちと the first corner gravel trap here at Tsukuba is quite deep. しないようにっていう風にの感じで後半勝負に持ってったんだと思うんですよ。なるほど。はあ、うわ結
構これは行きましたね。 See, someone in chat just mentioned that, and I noticed that too. If you go to the D1 option, if you go to the option page, the English live stream doesn't show up. It shows the Japanese one. I'm going to find out about that. Just 1 second. I'll be right back. タイヤ同士で当たってたら、アライメント狂ってますね。で、フロント周り当たるとあれですけど、まあ後ろかなって感じはしたんですけど、後ろだともう多分キャンバーとトーが狂っちゃうのですぐ。川端さんの解説素晴らしく分かりやすい。次ここ座る人座りにくくないですか？いや、俺はそれはもう今日俺別に最後まででうん、最後までいてくれる？でも大丈夫です。それから横で補助してるからこうやってはい。次上地に来るね。はい。そう、ベスト8からかな。はい。じゃあ川端ここ座って、上地にここ座って、俺補助行くわ。なんでよ。いやいや、もう飽きたんでしょ。何もしない気でしょ。そうアリストのこと夢中やから。ミスターファーマーさんが明日の川端さんの朝食代ですって。ありがとうございます。800円応援してます。頑張ってくださいってくれました。800円食べよう思ったら相当量ありますね。おお。ありがとうございます。戻ってった。あれ今自分で自走で戻りましたね。はい。 Okay, I'm back. Yeah, it's true. If you just go to the home tab, you can't see the stream. If you go to the live tab, you can see it, but yeah, that's an extra thing you have to click. And you know how it is on the internet. No one wants to click extra. もうここでもうえらい勢い違うもんね。はい。たとえ藤野がぬる返しだったとしても、合わせなきゃいけない。そうです。合わせないといけないですね。今のが96対33。ぶつかった原因がぬる返しって言ってるわけじゃないんですよね。ただ、松井君的には同時にバビューンってやりたいがために、ちょっとオーバースピードになったんです。なるほど。だから思いと違ったってこと。そう。Someone in chat said, "Why does Matsui have an esky?" It's for their cool suit. これ次の対戦行くのかな？一旦。どうなるんでしょう。だって松井の。If you're sat in a race car, そうですね。 they are hot. It's like a sauna. And you're wearing a double or triple layer fire suit and fireproof shoes and a helmet and all that sort of stuff. It gets really, really hot. So a lot of these guys will run, it's like a vest with like a pipe running along it. And you plug that pipe into an esky or a cooler box or a chili bin, depending on what country you're from. And it has ice in it and water and a little electric pump, and it pumps cold water through your vest and keeps you cool. 1回だったらフロントにもっと動きが出るんですけど、そのフロントの動きがなかったから1回でケツだと思うんですよ。センターから後ろ。なるほど。じゃあタイヤのとこが怪しいと。リアタイヤは絶対怪しいですね。怪しい。右リアが。そこが硬いところなんで。川端ジムニーでドリフト期待してます。絶景。Yeah, it's sort of the opposite of a heated floor. If you've ever seen those heated floors that have the pipes that run through them, it's like the opposite of that. Just turn on the AC. These guys don't have AC. Believe it or not. 飲みません。バイ川端さんって1000円くれてます。飲みます。飲みます。まあここにあってもいいぐらいですけどね。もう飲みたい。俺だ飲むともうちょっと面白くなるんですよ。No, Brighton, you are correct though, because if you go to the home page and the home tab, previously it would show it showed both the English and the Japanese one. Today, for some reason, it's only showing the Japanese one. So it should show both. Sorry, don't worry. We're all here. I'm just glad you guys are here, so we'll just enjoy this by ourselves. 普段の練習機とかでも名阪とかいろんなとこ走るんですけど、バンパー取れるため No, Cheeto, I know you're being sarcastic. 感覚が変わるから。なんでバンパーが取れるのそもそも。いやぶつかるからですけど。ただそうやって外れた状態で相手と走ると、もう相手が嫌がるじゃないですか。ぶつかってもいいみたいな車に見えちゃうんで、それをこう嫌って。やっぱさAlright, I think they've cleared up the track up front. 普段の練習でやっぱり当てたり与えられたりの練習を繰り返すわけだよね。そうですね。川端さんでもいまだに練習はするってことですね。それはもちろんはい。おおすごい。
人の車に当てちゃダメなんだけど、当てるぐらいギリギリを Yeah, こう練 the 習したい時あ live るじゃない stream です from か。 tomorrow, you can see it, じゃあ so that should be 当たって okay. も Yeah, you're も right. し But 自分の車 alright, 同士だ we'll った see, ら we'll see. いいなと思って、はい先行車用の車作ったんです。Chat says, why wouldn't they just take the bumper off? Because it's regulation that they need to run a bumper. なるほど。怪我させなければ、車同士ぶつかる。 D1 Grand Prix in Japan runs under すごいね。 the JAF regulations, Japan Automobile Federation, which is あと地元 the で local version of the FIA. フィンズっていうチームの京都のチームのメンバ Except ーがいるん it's ですけど、その domestic. 人たちと追走の練習。 So there's some positive things about that. One of the negative things about that is they do need to follow the same sorts of regulations as actual race cars. 実践形式でやってます。 You can see there その自分の車同士で走るっていう考え方。 one of the mechanics using a flathead, which is of course the proper tool to use in this situation, そうですね。 to get some of those bits of gravel out of the side of the tire between the bead and the sidewall. ブザーさんか。BOOZER さん。頑張れ谷口さん、川端選手解説つまみに飲めます。乾杯。おお。じゃあお茶で乾杯。お茶で乾杯ですね。 So the reason you want to do that is because, believe it or not, even small little rocks like that can severely unbalance the tire and cause it to vibrate quite heavily. And it also can potentially allow the tire to lose air pressure. ちょっと2本目は保留で次の対戦いきますね。 So the cars do need to go out there with fenders and with bumpers. So that's the rule for the JAF regulations. 他の選手がもうちゃん頑張れ横井を止めろって思ってるだろうね。もうスタートしたら届かないでしょうね。早い早い。横が横井、後井がポン。 So we're just going to move on to our next battle. Keep things going here. This is Yokoi versus Pon. Now Pon threw down a mega chase run. Sorry, a mega qualifying run. But right now in this chase run, he's got to remember he's got to keep up with the lead car. あらら、横井の車おかしくない？ギアが足りなくない？なんかギアが。入れ底が。ギアが1個足りなくない？いやもう1個上げたいのに、そう上げ忘れ？いや上がんないんじゃない？ You hear Taniguchi just saying there that he thinks that Yokoi's car might be stuck in a lower gear or he can't shift up. Because he was running at limiter for most of that run. Yeah, look at this. 多分上のギアに行かないんじゃない？なんだろう。まっすぐでしたね。He might not have been able to shift up into fourth gear. まあでも滑ってたここでも厳しいから厳しいです。立ち上がれないじゃん。これも伸ばせないから多分1個低いギアだと思うのよ。 Now, Yokoi may be losing some points for that lead run because he didn't have a whole lot of angle on the front straight. He did hit the zone, but it was barely what you'd call a drift. ずっとレブってるし、ここも。あ、でも横井はずっとレブってるスタイルですね。レブに当てながら、奥井吹もそうですけど、レブに当てながらそこにいいファイナルに持ってってるんですよね。だから結構そのレブ止めっていうんですか、レブ進めみたいな。なんかこれ。もうね、めちゃめちゃ気持ち悪いんですけど、そのドリフトあるあるで、レブに当てて進ませるっていう方法もまあ一つある。まあトラクションコントロールみたいなもんだけど、要するに下空点をちょっと減らすんですよ。でも煽ると車ふらつくんで、でもそれにしてもまあ今のは完全にミスですよね。ね、今の先行はもうドスの得点がだいぶ低くなりますよね、あれね。でドスの点数は1セクの振り出しだから、そこまで落ちてないと。あ、なるほど。あそこはじゃあ J 区間ですね。J 区間なんでそこまで落ちないけど、でもジャッジ減点はゾーンと So watch this. Yokoi should be drifting right about there, but he wasn't. でも J1 はここは振ってるんで、ここは点数つきます。つまりドスとしてはそこまで落としてないと。そうです。And there you go, -7. Big penalty for Yokoi. 横井の車がまともならこの差はひっくり返すね。そう、あ、次の入れ替えで入れ替えてまともなら
あとやっぱ心境的に追い込まれちょっと追い込まれる。So -7 for Yokoi. Although Pon, no proximity points. 走るんで、多分後ろで後追いではまりやすい。I think Pon didn't quite read the lead car that well. 取りにくい、取りやすいんですけど。But he will be leading this run. Let's see what Yokoi does in the chase. If Yokoi does actually have a problem with his car, it could work out in Pon's favor. ただ平常心を保ててるかどうかですね。言ったらちょっと追い込まれてますからね。さあ入れ替え、今度はポンちゃんが前で後追いが横井。さあ取り返せるか。1本目は横井91ポイント、ポンちゃん94ポイント。 So no penalty for Pon for not keeping up, but on the other hand, no proximity points. ポンちゃんもいいぞ。Yokoi's anti-lag going crazy there. Here we go. Nice side-by-side run here into the chicane. ね、これはひっくり返るね。ひっくり返りそうだけど、後追いポイントでだいぶ少ないから。Oh, Yokoi. Nice chase from the S15 of Yokoi. そういう意味ではポンちゃんはあんまりなんだろう、トリッキーなミスをそんなしないから安定していい走りだった。合わせやすいよね。そういうことです。リアスさんが500円くれました。川端さん、これでお酒飲んでくださ So い。 the lead run of Pon. Very smooth, nice and safe, but the downside of that is it's easy to follow. Now, of course, I'm not saying that the lead driver in any way is supposed to try and put the chase car off. They're just supposed to drive as fast and as crazy as possible to make it difficult to keep up. それにしてもその先行のミスが何だったんだろうっていうね、すごい。1本目のね。So it should be a good score for the lead run, but chase run is going to get lots of proximity. I don't think it's going to be enough though to make up for that 7-point difference. But we'll see. Could potentially see a win here from Yokoi. Just depends on what the score is, obviously. It would be nice to see Pon move through to the best 8. He's been doing some good driving so far today. で、先ほどの藤野松井の戦いですけども、出た、お、すげえ 9.5。105.5 対98。ポンちゃんのドス良かったね。Pon's lead score there, great score, 98. まあまあなピンチだったね、横井ね。1本目ね。However, Pon's chase run, if he'd have only just been able to keep up there and get a few of those proximity points, Pon definitely could have won that. There's a good chance that Pon could have won that battle. And that's a big thing to say when you're going up against a guy like Yokoi, but Yokoi was basically on his door for that entire run. It should set a bit of a precedent there, what the DOS expects to see, and that is to be side by side with the lead car for essentially the entire course. Got to remember though, Yokoi coming into this round first in the points. He won the last round at Koibuki, and he's a multiple champion. So door to door is what we want to see here today at Tsukuba Circuit. そんな素材がねできたらいいですけど。さあそしてですね、続いてはですね S vs 尾藤弘樹。さあまずは先行が S、 後追いが尾藤弘樹。 S は活気がありますからね。角度つけ方するよかったよ、壁際ね。 Alright, we go next run. Our next Thai driver, S, leading this run against Hiroki Vito. No, he is not American. Very shallow line there. Did S hit that zone? He might be getting a zone penalty as the lead car. Vito, not a whole lot of angle from him either. He's trying to get that proximity. Washes out though. Solid lead run from from S. I'm reading the name wrong. Thai drivers doing work here today at Tsukuba Circuit.
S はゾーン2ですね。そうですね。この辺の角度なんかはアクセルの入りも速いです。一応手がつくんですけどね。確かに。あれがちっちゃくなる原因で。S going very shallow there, unfortunately. 遠くで踏み出さない。ビトから戻るんですけど、これ多分振りがちょっと遠かったですね。そうだね。苦しいよね。Chase car there, straight lining through the chicane, and then comes in a bit too hot here and washes out wide. When the lead Sylvia of S makes it through, hits that zone 2, he won't get a penalty there. 今みたいに、やべえ飛び出すって時にもうアクセルを上げるっていうね。普通だったらもうブレーキしてこう止めるしかないんだけど。普通はそうですよね。ドリフトは違うんだよね。違うんですよね。もうとにかくこのままじゃ曲がれないからアクセル入れ So て will that zone miss from S make a big difference? It's fairly obvious he did miss the second zone on the outside. There you go, -2. いやほらお昼休憩挟んじゃったから。-2 to S. But Vito though, no proximity points. 96対 So even though he did get close at some points, he wasn't there for long enough. これのマイナス2はゾーンですね。ビトのじゃあ3セクターはギリギリセーフだったんですね。ね。ですね。まっすぐは取られないと。いうことです。さあほぼもう得点差ない状態で入れ替えになります。川端さん何の車乗ってるんですか？ジムニーです。谷口さんだってめちゃめちゃ車持ってるじゃないですか。ジムニーは。ジムニーは持ってないですけど、ちょっと前にゲレンデミニって勝手に名前付けてたパジェロミニ持ってました。持ってた。持ってた。雪が降った時よりもっとこうと思って買ったら全然雪降らないでやった。そういうことありますよね。さあ。Alright, next round between these two. S in the chase this time. Hideyuki Vito in the lead. Oh, that's a big chase run there from S. It's going to get a bit shallow though, but can he accelerate forward in time? Vito. Solid lead run so far, hits the zones like he needs to, he's keeping his speed up nice and high. Transition's kind of late, but S is right there with him. Is S in the zone? Yes, he is. Very nice chase run from S, it's looking good for our second tire driver. That's a very close place to be there on the front straight at 100 miles an hour. Also right here, very risky being that shallow. You see him grab the handbrake, just try and slide it for as long as possible. Starts to lose a bit of angle, a bit of speed there. ラインが違うとか、なるほど、精度の問題でインチョロ周りで近づいた分はそうです、加点しませんっていうようなのはドラミの時言ってました、ね、いいことですね。後ろから行っても角度が浅かったらそれは加点にはならない。角度というかこうインチョロで近寄る。なるほど、イン側に行っちゃうと Exciting lead run from the lead one via Hideyuki Vito. Vito, by the way, half Filipino. それにね合わせていかなあかんからね。合わせたいんですけどね、スタートラインについてないんで今回はね自虐ネタ、今回はね。いやでもこれいいですよね、いい勉強になります。こうやってここで見て自分で解説してさらに分かるみたいな、さらにこうやっぱり学習して、そうやっぱりこう自分がそうしたらダメだなっていうのをいっぱい持っといた方が、やっぱり強いと思うんで、なっちゃってからだともう遅いんで。なるほど。 Vito sponsor Drift Star Rolling Dancer Tires. いや笑ってくれにやったらまあ関西人としてはそれでもいいから。明日はもうこうへんか。It's got those stars and stripes. I want to be a cowboy, baby. Let's see what the score is. Did he get taken down by the Southeast Asian? どちらが横井の相手になるかってことですね。これ勝った相手は横井との対戦になります。川端さん、わーって来てますよ。来てほしいけど来てほしくない。
Nice score there. 5 proximity points for S. Oh, wait a minute. お、これでもこれで Oh, we have an even score. Okay, this is interesting. So in the top 16 in D1 Grand Prix, we don't have a one more time battle. So what that means is, what we do is we take the lead run from each of the drivers. Whichever lead run was better is the winner. 細かく分けてるんです。ああ、そうです。先行だ。だから S だね。いや、S が95点。先行が 95.92 の S に対して先行の時 So from the best 8 onwards, we do have one more time battles. In the top 16, we don't. So Hideyuki Vito had a 97 for his lead run in the battles. S had a 95. So we had an even score, and as a result of that, the winner of that battle was Hideyuki Vito. ということでこの勝負は尾藤の勝利ということで、この後横井と戦うのは尾藤弘樹ということになりました。さあ、ベスト16あと2対戦あります。 So that's the result from that battle. Nicely fought. Battle by S. Unfortunately, though, even score gets knocked out. Vito moving through. All right, next run. Masao Suenaga versus Kume in the chase. S15 2JZ battle. Here we go. Oh, a bit of collision there. Kume running into the bumper of Suenaga. He doesn't take the flop, though. We don't do that in D1. Suenaga keeping his speed up. Kume slowly falling back, trying to take a shallow line, trying to catch up. And big gap there over the finish line. Watch this. Let's watch this collision again. So watch the rear bumper of the lead car. Flick back and bumps right there. So only a slight tap. Looked worse than it was. で、当てられた分の影響が、ここから振り返したときに、空力じゃないですかね。この後、ここで抵抗になって、あーっつって。だいぶ遅れて影響出てきたな。でも、正雄もいいね、乗れてるね。めっちゃ乗れてますよ。なんか、横井と正雄が当たりそうな気もしてくるな、なんか。あ、こっちのブロックですか？うん。なるほど。どうだろうか。ちょっとその対決も見たいじゃんね。はい。やっぱりフルマークの可能性はそこにあるかもし See there that the lead car Suenaga was already off brake and getting back on the accelerator when he was hit. So he wasn't hit while he was slowing down. It's just a case of Kume coming in a little bit too hot. これもバンパー修理入ってると思うんですけど、これ取り付けが不備だったらリタイアになるんですね。そうなりますよね。当てられててもね。あ、やっぱりね。脱輪。96対97。後ろの組が結構まあそんなに低くなかったですね。トスも。あんな人にぶつけておいて。って言われますけども。So Kume getting a 97 versus Suenaga's 98, a minus 2 to the lead car. あ、くるくるパーマンさんが谷口さん、名阪遊びに来てください。200円どうでしょう。合わんな。割に合わんという意味でしょうか。合わんな。名阪行ったらタコつくし。急に関西いやいや、車あれかっこいいの持ってきてくださいよ、ゲテちゃん。だからあそこ行ったらタコつくし。無事じゃすまんやん。いや、ほんならあっちしよう。D コース。あ、D コースね。D コース。無事じゃすまん。名阪行ってね、走ると壁も危ないけど、走ってるみんなも危ないじゃん。すごい近くに来て。そうですね。今ね、正雄さんの方のバンパーを今修理してるんですね。
川端の先行者があるから。 Oh, by the way, if you hear the Japanese commentators say some weird sounds sometimes, it's usually because they're reading super chats from the Japanese stream. So you'll get people donating $2 to say something, and their username will be like ding-a-ling-a-ding-ding or something like that. YouTube usernames. So if you hear them saying something weird, that they're probably just reading out a super chat. Like they're reading out the username of the super chat. いや、多分あんま意味ないですね。意味ないの今の。意味ないと思い You ます。 might notice that なんもないですね。治りますようになの。 the pit camera has improved in quality slightly. っていうアピールなのか、待たしてごめんなさいなのか。I spoke too soon な there. るほど。まあちっちゃいラインの方はほぼない It's と思うん improved で。 slightly. だって川原さんもあそこの登場多いもん You see, there you go. 俺は結構あそこ自信あるよ。どこで自信持ってんねん。だって See, John, you don't have a weird だからもうジェスチャーだけでね。 username 動きでアピールするしかないじゃん。そうそうそう。俺もよく海外行くんですけど。So you just name your name is just John. おお、なるほど。 That doesn't sound weird. You're supposed to have a username like Ramalama Ding Dong or something like that, so it sounds weird. 長年見てますけども。 John, thank you for the $2 super chat. By the way, I don't get these super chats, by the way. These go straight to D1. So. ああ、なるほど。誰も理解してないという。誰もそこには触れないです。あ、触れないですね。またやってんなぐらい。関西人はそういう意味にそんなことは言わない。 Something weird. やつは面倒見がいいんで、人に聞いてもないのに教えてあげたりいろいろするんで。ああ、そうなんや。だからそうそう。 Tsunaga's car, you can just see they're getting a bit of the old gaffer tape job before going into the next battle with Kume. どこ行ってもこう親身になってもうドリフトが好きすぎてでドリフトをやってる若い子たちも大好きでめちゃくちゃみんなの名前知ってるし Jumona says I was baiting super chats. Yeah, no, I don't get those. So. I mean, if you want to do them, I mean, I'll read them out. If you want to do them. ちゃんと話したことないな、俺。って意味と。なかなかそんな機会もないんですよね。じゃあ今度こっち連れてきましょうよ。ここ。ここ？うん、ここ。喋らせてみる。そう。いや、めっちゃ喋りますよ。喋るの？ただ長いんですよ。一つの話 It looks like we have Kamektini Ueno up here in the tower as well. I think he'll be going and sitting down in Kawabata's spot pretty soon. Of course, he didn't qualify either. 開けたり閉めたり。そう。ちょっと長かったら閉めるっていう。壮行会とか自分で主催してるんですけど、なかなか終わんないんですよ。最後にコメント。Oh, that is true. We don't have the race queens like we normally do. I don't know why they're not doing that, actually. もうすごい長いんで。一人ずつ言うんですか。もう暗くなるのにみたいな時間まで。どこに時間食うてんねん。さあ、スタンバイできましたかね。今度は入れ替え。ね、あと50分しかないんだけど。そうなんですよ。急いでます。今度は久米が先行、後追い末永正雄。Alright, we go second run. さあ入れ替えです。Masao Suenaga. バンパーも直って。 He's in the chase this time. Behind Kume. Now Kume ran into him on the first corner. Let's see if he returns the favor or not. I don't know. I mean, this is NASCAR, so probably not. Here we go. Big initiation from Suenaga. We're kind of late, actually. どうした？あれれ？Suenaga needs those proximity points. He needs to catch up to Kume. Looks like he's already done that. Whoa! Big dangerous initiation there from Suenaga. I really hope we had a drone shot of the chicane right there. Let's watch this again. So what on earth did Suenaga do? He hit two of those foam blocks on the front straight, going for that massive entry. Lost a lot of chase speed here. Kume starts to get away from him. You can see those foam blocks in the background there. He left a bit of bodywork on the front straight as well. めちゃくちゃ乱れましたね。だって見て、めっちゃくしゃくしゃになったよ、パッドが外で。だから触ったってレベル Manages to catch up. So it's the unjudged part of the course. Goes to initiate. 確かになるんじゃないかな。He taps Kume's door.
More bodywork goes 何 flying. をそんなにイライラしたことすることがあったの？いや要するに当てられてるし、そっちにマイナスが入ってないじゃないかっていうのでちょっと乱れたんじゃない。あすごいね、ドライバーの心境まで。すごい、そういう心理なんですね。そうで取り返したいんだけど、取り返すのに。We didn't quite have the drone from early enough. サイドで待つよりも蛇行で待ったんです。要するにラインを自分だけ大きく取って角度待ちをするというか。So it indeed looks like he returned the favor there, gave Kume a bit of a bump on his door. おお、なんかチャットが荒れております。チャットが荒れております。いやだからドライバーの心理ってそういうことなんですよね。Rear bumper gets ripped off there on the front straight. まあそこ強さがやっぱりそこにあるんじゃないですかね。やっぱりね、メンタルが大事なんですよ。メンタル大事ですね。熱くはなんなきゃいけないけど、心はクールに心は熱く頭はクールにいないといけない、ね。それですね。これでもレースの世界でも、あんねやろうみたいになった時にこう荒くなったりしないんですか？俺はならない。でもガーン突っ込みすぎたりやつはいっぱいいる。そうするとやっぱりそこに隙ができて遅くなる。もちろん失敗するミスをしてくるよね。で後半にやっぱりタイヤがきつくなってきたりとか。まあこういう短い競技じゃないからドリフトほどそこまでねすぐなんか取り返しのつかないことにはなりにくいけど。まあでもスピンするやついるよね。なんか一発やられてなんかカートして無理してスピンするやつはいるだろうけど、 D1 とレースの大きな違いってこういう一つ感じていて、レースは1回のミスを1周で取り返さなくていいじゃないですか。なるほど。ゴールまでにちょっとずつでも D1 って1回ちょっとミスしたらその1周というかその1回までに取り返さないとっていうやっぱり心境になるんで。それが出たんでしょうか、ね、だからこうメンタル的にもパッとスイッチを入れないといけないというか。They're just talking about how important it is to keep a cool head when drifting. Taniguchi is also a GT driver. Talking about you need to keep a hot heart and a cool head. そうですね、S 字 and not get overly aggressive because that can end up making you lose, and unfortunately that's what's happened here. そういったところを含めてマイナス9点というところで、この勝負なんとルーキー久米哲也ベスト8進出を果たしたということになりました。And that's what happens there. You end up losing the battle like Suenaga, that Suenaga just did. So Kume moving through. 最終8組目は松山北斗 VS 岩井照義。まずは先頭松山、後追いが岩井。スピード差ありますね。Alright, next battle now. It's the last battle of the best 16. Hokuto Matsuyama in the lead, being chased by Teruyoshi Iwai. All kind of shallow there from the lead car, but Iwai going wide. Oh, that was a mistake for the lead car that he could have easily capitalized on. That's a shame there. Iwai had all the chance in the world on the first corner. Alright, slow motion replay. Matsuyama coming nice and fast, but loses a bit of speed on the first corner, starts to go shallow here now. This is a good chance for the chase car, the FC of Iwai, to get right up on his door and stay with him down the straight into the chicane. Unfortunately, running wide there, off track. It's going to be losing a lot of speed. And Lika Matsuyama just walks away, doesn't give him a chance to get any proximity points whatsoever. Nice looking car though. That FC. でもあんま見ない方がいい。やっぱりどんどん前の自分の行きたいところにちゃんとやることをやってこうって集中した方がいいよね。先行はね、そうですよね。
結局後ろが失敗したからといって緩めてる場合じゃないんで。 We got onboard view here from the FC in the chase. ドスがずっと見てるんで走るよね。そうですね。わー、Oh, he could have got such a great run out of that. 先行のちょっとトリッキーな動きに。でまたその幅というかなんかこう自由度が大きく出そうだもんね。なんか車的に。さあ出ました。松山北斗95点に Matsuyama, pretty low lead run with a 95. マイナス5点が入って松山95の岩井が90と。なるほど。ドスの点数がお互い一緒っていうのが一緒ですね。面白いですね。離れてたのに。いやあんな外をねジャバジャバ走ってきたのにね。そうそうそう、そんなに下がってないなと。俺のだって単走の点数と変わらない。もしかしたら 95. 点なんとか負けてるかもしれない。さあ入れ替えです。今度は岩井が先行、後追い松山。 Our next run, this time Iwai in the lead. He has a 5-point deficit. So Matsuyama doesn't need to get too crazy to win this. Of course, we'd like him to, if he would like to oblige our viewing. Oh, here he goes. He's looking good. Nice. Oh, very late transition. Matsuyama. Great control from the Chase A90 Supra. And over the finish line. All right, that's going to be a fairly obvious result from this battle. Nice fight from Iwai. これはもう北斗ですね。取りましたね。1本目の点差をひっくり返すことにはならないよね。やっぱり松山北斗はここがポイント。そうやっぱり速度差があって、やっぱりウィングも大きいし、やっぱりドリフトの姿勢を保つのは難しいところなんですね。あれどうなのシャークフィン。いやあれすごい難しいと思いますよ。そうだよね。はい。なんでつけてんだろうね。やっぱりあれじゃないですか、先輩が増田が、はい、つけたから取れない。いやもうあれはすごいいいってやっぱりなるってるんでしょうね。ああなるほど。まあでもそれをバランスなんでやっぱスピードは出るかもしれないですけど、こういう速度差があるときにちょっと難しさがある。 So Japanese commentary just discussing that shark wing on the back and whether it's effective or if it makes the car more difficult to drive. 100点。100対97。 So Chase car Matsuyama 100 with 4 proximity points. 勝ったのは松山北斗。あれ消えた。 And they have the winner of that battle, Matsuyama in the A90 Supra. I think it's a fairly obvious result. 消えた。 Good effort from Iwai. But we'll be seeing him tomorrow for round 4. あ、ここでもう川端さんとお別れなんですか？残念。ちょっと川端さん、ちょっと俺ようやくこう温まってきたところなのにな。こっからやのに。こっからやのに。ちょっとじゃあ明日に向けてご覧になってる方、明日は見てくれると思いますから。はい。あ、どけどけてきましたよ。いやもう先輩はもういいですよ、休憩で。いや明日はい今日以上の走りをします。はい。そうハードル低いな。いやいやもうどこまで行くか。いやいやいやすげえ行くかもしれない。何点だよ明日。明日99。おすごい。はい。頑張ります。それ見ましょう。はい、川端さんありがとうございました。All right, we're going to be saying goodbye to 選手に Kawabata and hello to Ueno as our next guest commentator. I like this format. Honestly, it's a shame that you guys can't understand everything that they're saying. I'm just sort of translating some of the interesting parts. But, I think it's cool to get the non-qualified drivers to come up and talk smack about their fellow drivers and give their insight. It's our first battle of the best 8, moving straight through to the best 8. Ueno versus Tanaka. Now, Ueno, in his previous battle, knocked out Koudai Sobagiri, the first place qualifier from this morning. Bit of a shock result. But Ueno's big S15 Silvia seems fairly well balanced here this weekend. ライブコメントが進んじゃった。オブラートがイガグリだよ。
お金持ちが来てますよ。いや持ってないですよ。上野さんが持つにしては輝き不足ってことですね。そう。プラチナにしてもらわないとこれ。話うまいなってきてますよ。やっぱさすが。それ誰のこと言ってんの？上野さんでしょ。本当？タイヤ何使ってますかって。よいしょ。言いたくないみたいです。言いたくないみたいです。さあちょっとじゃあラダーをちょっと言っていきますね。ここからベスト8で、まず1組目。Chad said, is this the same Owayo who used to drive the A86? You are correct. The one and the same. If you've ever seen that video of a guy doing crazy manji drifts down a straight from an onboard video, that's him. さあもうすでに田中セミがやってますよ。谷口さん好きなやつ。伝わらないメッセージ。そう誰へのメッセージかやってます。これ何してるの？あれ定石なんだろうね。気になる。イヤホンかな。いやなんだろうね。わかんないな。なんかの電源入れたんじゃない？今石井教室ちょっとだけ読んだよ。Chad said, did Nakamura make it through? No, Semi Tanaka won that battle. That's the winner of that battle between Naoki and Semi Tanaka is the winner is Tanaka, and that's who you're seeing on screen right now, that red S15. 審査員っていうかこのコース決めた人意地悪だね。おお、谷口さんも言ってましたよ。意地が悪い。上本でしょ？上本だろ？わかんないけど。わかんないですけど、すごい難しいんですよ。楽しいんですけど難しい。楽しいんです。楽しい。やっぱ筑波サーキット楽しい。ああ、なるほどなるほど。難しさ一番はどこでしょうか？1コーナー。ああ、みんなやっぱそうですね。ゾーン2台ね。そう。なんであんなところにあるかなみたいな。外側、アウト側にね。だから今日終わったらゾーンもっと広げとくから俺。明日のために。いやいや、勝手に広げるのはちょっと。いやいや、大丈夫大丈夫。みんな見てないところで分かんないよね。Chad said, hasn't Owayo been drifting the longest of anyone there? あ、そう。それがいいと思うよ。安全。Overall, or in D1 Grand Prix, the longest is actually the guy who's doing the commentary right now, Ueno. So there's Ueno in the S15 and Ueno, who you can see in the bottom right of screen right now. So he's been involved in D1 Grand Prix since the very first round, and he's still driving. So he's the only driver who was a day one driver who is still in D1 Grand Prix and actively driving. There are other drivers who are still involved in D1 Grand Prix, but as running teams, spotters, that sort of thing. Also as staff. For example, some of our judges are former D1 Grand Prix drivers. Also, like for example, the start line, Marshall, and various other people are all former drivers. なかなか攻略難しい。アウトゾーンだけならまだしも、路面がこうちょっとこう登って平らになるところだったり、登って平らになるところでもゾーンがもうちょっといつものところに今までのようにインにあれば、どっちかだったらまだなんとかなるんだけど、この2個足すと混ぜるの危険だよね。ああ、詳しいね。ね、さも走ったことある人みたいだね。あれ無理だよね。無理。見えないのよ途中まで。見えてなくて、なるほど。でこう角度つけていったりすると、あっちみたいな。重いじゃんみたいな。Actually, it would be interesting to go back and look at the very, very first round of D1 Grand Prix ever held and see what happened to all the drivers who were involved in it. そういうことか。基本的に届かないか。As someone pointed out in chat, one of our other drivers here, Utsumi, was involved in the first season of D1 Grand Prix, but not the first round. それをさらに追走でやれっつったらまた難しいよね。そう。だから僕が提案するのは、もっともっとゾーンをこっちに寄せて、簡単なコースでいい追走を見せてもらう。なるほどね。明日みんな選手に頑張ってもらう。多分よ。自分もです。ちょっとね、今ドスのチェックが時間かかってるんで、上尾勝弘 VS 田中聖美をちょっと後ろに回して、次に回して、先にですね、目桑幸次郎 VS 藤野秀幸を先に行きます。Alright, DOS moment. Before we have the second run between Owayo and Tanaka. Why is it always Owayo's car that has DOS problems? Curious. So we'll be showing our next battle. This is Mekua versus Fujino. So we'll get back to that second battle between Owayo and Tanaka very shortly.
So Mekawa in the BMW, it's a 2JZ BMW by the way, being chased by Fujino, also 2JZ by the way. Whoa, that was very close to being contact right there. Oh, these guys are right on the edge of control. Nice early flick there from Mekawa. Fujino right on his door though. Let's see if he can get it inside. Maybe not quite as close. There we go. ちょっとわかんないけど、やっぱナックルのせいなんじゃないかなと思う。わかんないけど、どっかで。メクワの。そう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 。なんであれフロントなんかちょっとフロントいなくなる時あるよね。今いつも。そうだよね。山口浩二も。だから癖があるんかもしれないですね。A nice lead run from Mekawa. The car was looking a bit shaky this morning in qualifying. His first qualifying run, the car looked all over the place. Not a whole lot of front end grip. But Mekawa threw down a second qualifying run. He got a great score, made it through. And even right now, it looks right on the edge of control. 多分出来上がったばっかだからアームがいろいろ調整できると思うんですよ。はいはい。その辺のセッティングがまだいいところが出てないんだろうと思います。だからあそこの Ueno giving his 2 cents there. He used to drive a similar BMW in D1 Grand Prix until he changed over to his Lexus RC. He was just saying that there's a lot of adjustment that can be done in a BMW. And because the car's only just been finished, they probably still have a lot of adjustments that they can do to this particular car before it feels solid to the driver. So, honestly, it does look a bit understeering, and the front end grip does look a bit lacking. Rear end though looks okay, seems to be able to get the power down both in a straight line and sideways. こっち側がいないのか、こっち側がいないのかみたいなところだよね。同じ動きしてるもんね、山口。一緒、全く一緒。治らないんですかね。それでもなんとかやってるメクアがすごいんですかね。Of course, when you get an entry speed of about 100 miles an hour, 160 kilometers an hour, having a vague front end steering feel is not what you want. 反射神経。結局乗りこなしてどうこうというよりは、うわやばっつっていうのを遅れないようになんとかしてたけど。でもこの BM そこら辺が煮詰まってきたらすごい良さそうです。そうね。One of the most enjoyable things about D1 Grand Prix is how aggressively these guys flick left to right. How violent they get with their transitions. It's really obvious the gap between some of the drivers who are good at it and those who aren't. 点が出ましたよ。メクは96点にマイナス2ポイントで、藤野が97点に加点が 3.5 ポイントで94対105。すごい差がついたね。つきましたね。6.5。So a 6.5 point difference there between Mekawa and Fujino. So -2, I think that was for the zone 2 on the outside of the first corner. 数字の4ぐらいまでは英語で言えるよ。いやいや、誰でも言えるやん。4までですか。さあ、もう入れ替え。Alright, here we go. Second run between these two. Fujino in the lead this time. It's a difficult ask for Mekawa. 6.5 point difference. He's going to need to stay with the lead car as close as possible in the first and last corners. Oh, and it looks like he's doing it. Here we go. Just keep his line nice and clean. Get a good drive out of the first corner. Here we go. Down the straight. Into the chicane. Mekawa staying with the lead car. The transition. Can he tuck it in? Door to door. Side by side. A bit of a collision there. And over the finish line. Mekawa. Hard charger. Former lights champion. Graduated into D1 Grand Prix. Was an immediately a hard, heavy hitter in D1. BM トラクションいいね。めっちゃ速いよ。ね、追いつきましたもんね、すぐ。まあ藤野自体がここがちょっとスローリーではあるけど。あ、確かに。Mekawa has got that drift in him. 覚えた。なんかいい言葉いっぱい作るよね。じゃあ川端に習った塗り返し。川端さんが塗り返しはもうみんな使ってるって言うんですけど。あ、川端まあまあ面白いもんね。Yeah, there was that little collision there though. そう、ちょっとね、用途面白いんだよ。
これ大丈夫かな。いいね。はい、大丈夫。これ落としちゃダメなやつ。ダメ。 That said, though, Mekua in this run, he did what was asked. He did what he needed to do. もうメクはバリバリ近かったね。怖いぐらい Here we go. Watch this transition. He sets it up just right. スレスレ。おお。先に返してた。ここかっこいいねこのシーン。 Look at this. There you go. There's one for the highlight reel there. Mekua right on the door of Fujino, side by side as they silhouette each other. Now there is a bit of a collision right about here. Now watch the rear wheels of Fujino's car. Look, they slow down. He's actually off accelerator right there. 戻り気味だよね。カウンター戻り気味だよね。確かに前の藤野さんが。 Now, I don't think that should be there's no way that should be a penalty to the chase car. The lead car of Fujino. Look at this, locking up the outside front wheel there. That's great braking control right there. And a bit of a hit there. Yeah, Fujino definitely off accelerator, off angle. 今ね、このシーンを繰り返すことは審査員がここもうちょい見せてって。 Watch this too. As they transition, Fujino pulls the handbrake right there. He's going for a very safe transition. すごかったですけどね。 Now that slowed him down a lot. Right there, look, comes off power and gets back on very late. 探ってるんですよね。これ本当にあれなんですね、ここ。審査員の声とか何にも入ってこないですね。もう回が違うんですよ、今回。勝手に喋ってるだけなんですよ、本当に。ただのお客。しかもお菓子食いながら。 Analysis aside, that was an exciting run. 楽しもうという。これは違うのよ。今日前回奥伊吹でみんながスパチャでいただいたスパチャくれね、みんなスパチャくれるんだもんね。みんなスパチャくれたそのお金でカップラーメン持って帰ってください、上野さん。あ、マジであんなに？はい。ビデオオークションスタッフがスパチャをね、自分たちだけで全部ね持ってったら谷口たち怒るだろうってことで、目に見える形で、目に見える形でね。今ドローンのいい谷口さんが見たかった角度が出たかもしれません今。いやもう分かってんのよ。もう分かってますか？あそこちょっと藤野がおかしかったっていうのは。分かりました？ Yeah, so that was definitely a bit of an odd drift there from the lead car, Fujino. I wouldn't give any kind of fault to the chase car for that little collision. お昼結局谷口さんは焼きそばを、はい、私 UFO をいただきました。なんかいただいたじゃないですか。はい、ごちゃリブレさんにおやつ代200円いただきました。あ、トムさん320円お菓子代。ゆい1919 N スタイルラブさんが200円、上野さんカップラーメン代。ありがとうございます。そこはあるから食べていただきたいと思います。正式にもらいますよ。Apparently the Japanese super chat is paying for the snacks for the guest drivers. みんなで使います。 Someone donated $2 and said, 恵比寿は今度はクマさんここに来られる。 Let Ueno take a snack. I'll pay. 仕事を言ってるから。いやこっちも仕事や。これも仕事ですから。Yeah, Navarim in chat. I think so too. I think he was off power just because he was going. He wanted to extend out a little bit. あ、藤野勝ち。本当だ。メクはマイナス2はなんだこれ。メクは94の。なんだろうね。あれでもこれさっきのじゃない1本目じゃない。Wait, that was the no. That was the wrong score. That was the. あれは多分間違えた。That was the first run score. I was like, what? There we go. Whoa, there we go. 8.5 to Mekua. Look, he. 逆転だ。逆転だ。9.5 ついたから。逆転しました。勝ったのは。 And there you go. There's the result there. Mekua in the BMW gets the win against Hideyuki Fujino. Well-deserved run there. 後半がかっこよかったんだ。メクは。あと8.5入った。So 104.5 total score, 8.5 proximity points. メクは苦しい車のまま頑張って勝ち上がっております。ベスト4まで来ました。 That just really goes to show how good Mekua really is, driving a car which is less than ideal as far as setup is concerned. He drives around the problems and gets a great score like that. That's the makings of a future D1 Grand Prix champion. That kind of driving there from Mekua. Forward to Noriero for snacks, says Jumona Moritz. I'm just going to screenshot that so I can show it to him later. Hang on. There we go. Thanks, Jumona.
まずは先行上 I don't get that money, by the way, but I'll go and steal a snack and say that you paid for it. How about that? All right, here we go. Next battle. This is the second run from Ueyo versus Tanaka. Oh, this huge angle on this run. Oh, did Ueyo hit that zone though? Thinking maybe not. But the speed he's showing here, he's not really giving Tanaka much of a chance. Look at this transition and this speed. Oh, big understeer from the lead car. Oh, Ueyo right on the edge. Yeah, see, this is one of the problems with Ueyo, right? Ueyo is driving like it's 2033, not 2023. This particular car is, I gotta say, a bit ahead of the time. It's a bit too fast, it's a bit too grippily sprung, if I can say that. The suspension is just too grippy. It makes too much power. The body kit is too big, which kind of makes it a bit too different from all the other cars here. When he gets it right, though, it's really good. When he doesn't get it right, it's kind of weird. But see, there's going to be a big understeer right there. Look at that. He has to steer off. He has to get on positive lock. He has to steer into the corner to get the rear to step out again. 難しい相手っていますからね、やっぱね。やっぱいますよね。いますいます。ね。もうとても信用できない人。あ、そっちね。癖強めってこと。Huge angle. Someone in chat said, do they still score on smooth wheel movements? No, because this is scored by the DOS, it doesn't look at the front wheel angle, only at the actual car's body angle. So occasionally you'll see things like that happen where the car's got to steer into the corner. As long as the actual body of the car is still like four-wheel drifting, it's okay. Of course, if there's any kind of situation where a car understeers and it causes an incident, that can factor into the human judges if they're giving out penalties. But as far as just a regular score goes, no. Oh, we have another Ignacio Vera with the... is that 50 Mexican... Was that pesos? What is that? じゃあ俺の食べたかったら食べてもいいよって言っといて、それ1個ちょうだいだったらダメだよって言われるんでしょ。そのパターンですね。Is that Mexico? Hang on, I need to... 食べたよねって。やっぱね、勝負の50 Mexican pesos in Japanese yen. なるほどね。まあでもしょうがない。Oh, it's like $4. でしょうか。I'm going to get extra snacks. Thank you, gracias, Ignacio Vera. 違いね。いろいろありますから。お、出ました。I will go and steal more snacks after this. Yes, those are pesos. Very good. Viva Mexico. All right, there's a second score there. Ueyo at -7. See, that's what I'm talking about. They do factor the steering into if something weird happens. ゾーン減点-2と、あと-5はですね、セクター5で、ゾーン3に入る手前で、上尾選手のアンダーステアです。Okay, so sector 5 understeer. So -5が入って合計-7されて91 so 対 he lost 2 points for missing the zone in sector 2, zone 2, and also he got a -5 for this understeer. So to answer your question, they don't positively score that, but if they do have an understeer like that, -5. So that's a bit of a shame there for Ueyo. 一旦ね、まだわかんないよ。はい、まだこれが1本目になります。1本目。これで今度は先行が田中選手。-7. That's a big minus there for the lead car. Trust and Long, the Drift Pro. Singapore 2. All right, how much is that? Singapore dollar. Wait a minute. 2 Singapore dollars in Japanese yen. 2 Singapore dollars in Japanese yen. It's 213 yen. Thank you for that. All right, second run.
Tanaka versus Oeyo. What can Oeyo do? I don't know. Watch his final transition. He's going to dive in. Get on the power. Oh, very shallow there. ちょっとやっぱ合わないですね。合わない2人。危なっかしいですね、見てて。同じ車種なんですけどね。こうも違いますか。離れてましたけど。差があるのに一気に追いつきました。 Like I was saying before, this guy's driving 10 years in the future. Pretty sure this is how all drift cars will be in another 10 years, as far as competition ones go anyway. When it works, it works. When it doesn't, it doesn't. That said, though, Oeyo is absolutely the kind of guy who wants to win his way or not win at all. I think he'd rather lose than win by someone else's rules. でも後追いポイントもそんなにつかなそうだけど。そうですね。切り返しの素早さはあるけどね。ここすごいな。危ないですよねこれ。 Shows a lot of guts there, flicking in that early. He's at full angle, looking in broadside at another car in front of him, just trusting that the lead driver is going to do the right thing. がついてるというあれだからね。それが厄介なんですよね。本当に。だからね、途中で作戦変えたりしますよ。どういう風に？追っかけるのやめて。そうやめて、もう自分の走りをなるほどなるほど。どうすだけの点数を狙おうっていう時もありますね。でもその切り替えもちょっとでも遅れたらね、どっちも取れないっていう。そうするしかない。損切りをね。Nice drone shots this weekend. 来ました。 Get 5 proximity points for Oeyo, not too bad. さっき3点差ですね。マジ？あれ入れ替わった？じゃあ。入れ替わった。No way. 勝ったのは上尾勝弘。 No way, it ended up being the other way around by 1 point. Katsuhiro Oeyo gets the win there. Honestly, I'd say deserved. I'd say he fought that battle harder than Tanaka did. 1 point. So that could have gone either way, honestly. That's what I'm talking about. Oeyo is he's either on or he's not. But that means we're going to be seeing Oeyo in the next bracket in the semi-final. I'm going to make a note of that. 1 point! Exclamation mark. Very close battle. Luckily it worked out in Oeyo's favour. He got close enough to get those proximity points. See, that's makes the difference here at D1 Grand Prix. Got to get close. Got to get dangerous. Speaking of dangerous, Yokoi versus Vito. Whoa, big course out there for Vito in the chase. He went past that camera with a lot of speed. As Yokoi finishes the run. これドライバー平気そうですよね、でもね。どうですかね。ドライバーは平気でしょ。 He went in pretty fast. I think Vito should be okay. That's a very big soft barrier that he smashed into there. 見たことある。想像ですか？見たことある。上野さん、なんかね、記憶が。Alright, here we go. Gets on the handbrake at the last second. Probably the worst thing he could have done there. Because when you get on the handbrake, you're just going to go straight off. 何が？つくばにぶつかったこと？ないね。やっぱり記憶がすっぽり抜けてる。いいね。結構いってますよ。続きは明日になりますかね、これも。いや、まだ今。まだ何言ってんですか。まだ。今どんぐらいですか。まだ3時45分ですよ。あと15分ですよ。As our New Zealander friends would say, that is beached as. Vito's in there. Let's get a bit of a. There you go. He's doing the I'm sad sign, so he's all right. 横井のスピードについてったらこうなっちゃったんですかね。そういうことだろうね。Koshiro Izumi, thank you for the $2 super chat. Snacky snack. I'm just going to go over there and get the whole bag. Honestly. TV さん、ランサーの修理代500円。勝俣ってことこれ。そうじゃないこれ。勝俣じゃん。本当だ。ランサー行ったね。まっすぐ。Fawaz Rafif, yeah. Yeah, Taniguchi knows a bit about crashing into the foam here. Even he was just denying it a second ago. He's like, no, I've never done that. こら、勝俣。
いじんじゃない俺のこと俺をいじるなって言ってますけどいじるならもっとよこせってうわー、糸勝ち上がってきたのにね、御殿場にさ、佐野川っていうね。Alright, so it was a fairly big hit, but the car should be okay. なんで馬のマークなんだっていうね。ああ、そうだね。That barrier there is fairly soft. And he kind of hit it at a sort of a 45-degree angle, so it should be okay. I'm serious. Stop the super chats, because I don't get any of this. Ignacio. Gracias, por favor. 50 Mexican dollars. Also for narrators and driver. いや、これもう一本走れますかね。車大丈夫損傷は大丈夫そうですか。Yeah, so when you crash like that and you don't get any steam coming out of the radiator, that usually means no front end damage. Although that said, you got to remember most of these cars have the radiator in the rear. In D1, like the pro spec cars generally have radiators mounted in the rear. I don't know about Vito's car though. Is it mounted in the rear? I don't think it is. His car is still fairly close to D1 Light's spec. Yeah, he doesn't have a rear mount. だから押す可能性があるスケジュールを組みなさいっていうね。そうですよね。そうなんですよ。だから押すなっていうのが押しちゃうんですよね、やっぱり、ね。Yeah, I can't speak Spanish. 押せみたいな。なるほどなるほど。そういう振りじゃないんですけどね。押すなの。All right, decent crash there from Vito. I'll give him a 29 for that. Yokoi, though, great lead run. He continued on, as you're supposed to, as the lead run. 98. いや、わからない。同じことありますかね。ありますよ。Oh, muchas gracias. Okay, sorry. マシントラブルとかね。I don't hablas español. そういうことですよ。何があるかわかんないですからね。そう、もう D1 ってほど何があるか。本当に。なんでしょうね。なんでここで Chat said the car didn't want to turn, or he just came in a bit hot. He just came in a bit hot. You got to remember, he's chasing Yokoi, and Yokoi goes really fast. Yokoi generally has one of the highest speeds when it comes to entries. Usually it's either Yokoi or Daigo Saito who generally have the highest entry speeds. And Yokoi did have the highest speed this morning at 175 kilometers an hour, along with Hokuto Matsuyama. Also, probably those are the top three. Matsuyama, Yokoi, and Daigo Saito generally have the highest entry speeds. He just kind of got baited in there. Chat said, how can you not see a radiator behind the front bumper of the S13? That is an intercooler. The intercoolers go in front of the radiators generally. あったよね、ここで。まあありましたね。ありましたね。やっぱここですよね。But he does have a rear mount. Look, you can see there's a scoop on the back there. There we go. We can quite easily see it in slow motion. I'm just trying to think. There are some drivers which have front-mounted radiators, but yeah, you can see that scoop on the rear there. So it is rear-mounted. だから普段 D1 って短い距離での勝負ですけど、普段以上に集中力がね。というか、それより2部屋歩いて見てみました？まだ見てないです。穴。掘れた穴開いてる。マジか。そうだからアウト側に行くとひっくり返りそうになったりしてたでしょみんな。あれそうなんですか。そう穴がある。もうコース上にコースっていうかアウト側にみんな飛び出ちゃうんです。なるほど、飛び出て削れちゃってるんですか。そうなんです。もう砂が穴開いちゃってる。だからもうどんどん時間が経つにつれコースもちょっと難しくっていうかそういう意味でね乱れていくという。ちょっと待ってください。なんかすごいの。グラーモンド株式会社さんから5000円もらいましたよ。横井さん頑張れ。Got some nice 横井さんには行かないですよ。 serene views of Tsukuba circuit here. ラーメンを届ける。本当ですか。Thankfully, very nice weather here today. ナイスパ。 It's been just slightly overcast. About 29 degrees Celsius, which I think, what was that we decided before? 78? 72 Fahrenheit, something like that.
ちょっと待ってくださいよ、谷口さん。ちょっと谷口さんがレーシングスーツもうスタンバイしてるんですけど、もしかして今日走るんですか？走るのこれ。この後やるんすか？もうジーパンの方でいいかなこれ。ちょっとそのまま来ちゃうの？時間がないからさ、もうどうしてもやるんすね。何でもありなんだ。この方でいいかな。すげえ着替えてますよ。ちょっとね、用事があるんですよ。4時から用事があるんですよ。4時から用事あるんですか。ダジャレみたいな。これ詳細はノブチャンネルに載るんですか？Taniguchi has, ホットな for those who don't know, ストックないのthe guy on the right of the screen, if you're kind of new to drifting, his name is Taniguchi. He's a former D1 Grand Prix champion. Back in the day, he drove the red HKS S15 Sylvia. He graduated from drifting, and he is currently a GT racing driver. But he's probably one of the most knowledgeable people in the world about drifting techniques and that sort of thing. So he's here doing commentary. He also has a YouTube channel, which is being produced by Video Option. It's called, I think it's called Nob Channel, N-O-B, because his first name is Nobuteru. And he's been doing various builds on there, including an Aristo, or the GS300. He was supposed to drive that car on the track during the lunch break. Unfortunately, we ran over time quite badly for qualifying. And I think they're giving him some time at 4 o'clock to do that. I think that's why he's getting his race suit on. Anyway, next battle now. Kume versus Matsuyama. Kume, big angle. Kume really fighting hard here in the lead. Matsuyama, though, right on his bumper. Look at that nose to tail. Matsuyama getting aggressive. Oh, Matsuyama just giving him a bit of space to transition there, just backing off a little bit. Matsuyama didn't get too crazy there. This is interesting. Matsuyama back in the day would just dive all the way in there. It looks like he's starting to get a bit more cool during his time here in D1 Grand Prix. You can see chase car Matsuyama just using the handbrake just to attenuate his car's angle. Just keep it steady, keep it going until he's ready to transition. So honestly, I think Matsuyama in the Chase Supra was the one in control of this battle. Kume in the lead though, doing everything he could. Exciting lead run. But it's obvious there, if you can get on the bumper like that, coming up to the chicane, you're in control of this battle. 何がチャックに挟まる何かがなんでこれわざわざ拾い追いかけたんねわざわざ探したこんだけチャット進んでんのにわざわざ戻るだけのことあった今のどういうことお久米さん覚醒あこれはどうなんですか Here we go on board from Kume. 走りが良くなって Handbrake downshift. Handbrake, handbrake. So much steering work. Shift up, 4th gear. Bit of handbrake, shift down, 3rd gear. Handbrake, steady the car, extend it out a bit. And over the finish line. It's really interesting driving a top-level drifting car. At the same time, it's really gripped up, but you're also sliding over ice at the same time. It's like you're sliding on a surface that changes between rubber and ice. That's the way it feels. You either have massive amounts of grip or none at all. It's very interesting. Let's score there, the lead run, 97, and the chase run, a 98. 4 with 4 proximity points, so no, 1 point difference there. It's still anyone's battle. 確かにちょっと間隔空けてましたもんね。マシンポテンシャルがすごい差があるだろうと思ってたんだろうね。実際
ポテンシャル差はありそうだけど、あれ入れ替えてきたらすごい速さ離れるよね。通過しそう。多分すごい離れちゃうと思うな。松山が前になった時ってことですね。さあ今度は松山が先行で久米が後追いになります。久米がそれにつられてね、ミスらなければいいけど。勝てるかな。すごい。なんか松田次を来てるっつってるけど、どこにちょっと次、ちょっと待って、コメント見逃したからちょっと巻き戻してみよう。どこ次用のコメントがあるの？映ってたの？次用のコメントがあるの？出ないな、もっと下だな。あ、いた。病院で見てます。どこ？こあ、本当だ。あ、本当だ。松田さん、元気か？大丈夫ですか？次は元気か？みんな心配してたよ。松田さん、以前ね、恵比寿にも来てもらいましたからね、松田さん、解説で。はい。そう、松田さん、お台場来てください。よかったら。ぜひぜひ。ね、元気になって待ってますんで。皆さんにちょっとね、お知らせがあります。今4時50。3時50。3時58分です。はい。はい。なんでしょう。氷ついております、ここ。ね。俺、4時から用事がある。用事あるんですよね。そうですね、これ4時に終わる感じはないですから。でしょうね。いや。今ちょっと交渉して、なんとか全部できないかっていう。まあだろうなと思ってるけど。なんとか。What's interesting just now is you heard they were saying hello to someone. That was actually in chat. It was the driver Matsuda who crashed a little while back at Suzuka Circuit. So if you look, he's one of the Nissan drivers at Suzuka Circuit, crashing after the 300R at Suzuka Circuit into the catch fence. A pretty violent crash. He's still in hospital. He said he's in chat. He's watching from hospital, so that's why they all waved at him and said hello. ちょっとこの怖いけどね。松山北斗がオルタネーターがちょっと不調だと。いや怖いけどね。ただそのまま行くと。急に重捨てになるかもってこと？そう。電源落ちたら可能性はありますね。電源っていうかまず火が飛ばなくなるでしょ。でほら、あんま電動パースじゃなかった。Yeah, if you want to go look up that crash, it's a pretty violent thing. Just look up, Matsuda Suzuka crash, and it'll show up. Right, here we go. Next run now. Matsuyama, like I said before, one of the fastest drivers in D1 Grand Prix. Top 3 fastest entry drivers. Oh, and Kume pushing a bit too hard. And a half spin in the first corner. Sector 2 spin. There's nothing he can really do after that. There's no recovery from that. Matsuyama completing the run with no problem. Over the finish line. That's going to be a win for that battle. Matsuyama versus Kume. これはもう松山でしょうね。もったいなかった。もったいないですねこれね。ちゃんと自分の走りをしきれば分かんなかったよね。分かんなかった。Now there you go, there's a link in chat if you'd like to have a quick look at what that crash looked like. And if you watch that, you can probably understand why the driver is still in hospital. But he should recover and get back into driving. ただいま4時です。はい。では皆さん、いやちょっと待ってください。いやご機嫌よう言っても何もできないじゃないですか。俺の契約は今日4時までじゃなかったっけ？いや違いますよね。One thing to note about that crash too is that's one of the scariest corners of any circuit in Japan, honestly. 無料チャンネルなんですから。うわ、ホタルの光チャットに流れてる。谷口の拘束時間高えぞ。高いですね。だってよ。アリスと自腹で経費使って鍋の日当払っていろいろ準備して持ってきてんだよ。そうですね。お金かかってますもんね。そうだよ。そうだよ。でもコース代かかんないよね。うん。いや違う。俺この後あっち借りたのよ。借りたの？そうなの。どこ？あっち事務官場。そう。4時から5時。マジで？うわ。借りたの。マジで？それはもう4時5時借りたのよ。ええ。本当に。ええ。
何すんの？アリスト走らせる。ああ、アリスト走らせる。かっこいいなあれ。そうエアロがいい。エアロ？あ、どこんだっけな。得点出ました。Kume there minus 10. これは久米もったいないけど、この勝負勝ったのは And 松 just to 山 make 北 it, 斗。 it's a formality, but here's the result there. 195 versus 183 in favor of Matsuyama in the A90 Super. He gets the win and moves through to the semi-final. 1本を次やるんですよね。横井。これまだベスト8？はい。次はね、横井と尾藤、さっきほら尾藤が吹っ飛んだじゃないですか、外側に。ありましたね。はいはいはい。それの入れ替えまだやってないですよ。なるほど。はい。先行横井、後追い尾藤でさっきクラッシュして、でちょっと一回そこ飛ばしたんです。なるほど。で今マシンを修復しまして、スタート地点に両者が並びましたので、ここで改めて。入れ替えいきます。尾藤が先行、後追い横井で、これが2本目になります。Right, here's the second battle between Vito and Yokoi. アドバンテージはもう大きく横井、98対29、尾藤ですので。余裕の出発だね。余裕ですね、横井。変なトラップにはまらないようにしようっていう。All right, second round this time. Vito in the lead, Yokoi in the chase. It's a very shallow line there. Vito just taking the L on that zone miss. もうひっつく気もないね、あんまり。ね。アウト側にも取れてないですよね。So I think Vito honestly just did that run just to be out there and be in it. I don't think he was really driving that with 100%. See, he takes a very safe line, just goes around the inside. He's on the handbrake just to keep it going. And pretty sure that Yokoi understands what he's doing in the chase. 谷口さん、今情報が入ってきました。ノブチャンネルスタッフ側から30分あったらなんとかなるということなので、4時半リミットでどうでしょうか。4時半になったら終わってなくても、もう俺ヘッドセット置いてから行くから。あ、マジで川端さんを呼びます。もう呼んどいて今。なんとか。さあ、これはもう勝負ありで、今得点が出ました。はい、これでベスト4に進出したのは横井正史ということになります。And there we have the winner there. すごい点差ですね。もうね。これで Shame to Vito, did a good job. 上尾克弘 VS 目桑幸次郎、で今勝った横井 VS 松山北斗となりました。Once again, Ignacio Vera. 今日ね、この Muchas gracias. 50 Mexican peso. Bit of charity for our guy in hospital. Did you watch the crash? It's amazing he's still kicking, honestly. That's what catch ventures do. じゃあちょっとお二人、ベスト4からここから先はどうでしょう。上尾さん、目桑さんとの対戦、横井さん、松山さんとの対戦で。If you scroll up, oh, there you go. Someone, they just posted it again. Our mod Navarim has been posting some links. It's a crash that was in the Super GT series a little while back. The driver who is watching, the driver who had the crash, he jumped in the Japanese channel chat and said he's currently watching from hospital. Obviously, Taniguchi, the commentator on the right, who is also a GT driver, you know, obviously he knows him, and everyone was saying get well soon. So it was a heck of a crash. だからどっち勝つか分かんない。北斗と横井は今のところ横井のがやっぱり懐深そうだから。Luckily here in D1 Grand Prix, the speeds are a little bit less than what you see at the 300R corner at Suzuka. 若干タイヤ食いすぎてる経過、なんかやっぱね苦しそうなんだよ。なんか持っていく伸ばしていくのというか、行きたいところに行きたい角度で行くのがしんどそうだから、まあ
All right, here we go. We're down to the semi-final here at D1 Grand Prix. どうでしょうね。まあわからない。今日のコースは何が来ても不思議じゃない。結構やっぱ難しいですね。でちょっと今ねメクワの方でも解説に下田沙也加選手来てほしいってことだったんですけど、ちょっとね首を痛めたので、なんかあったの？そうちょっと飛び出た時があって、で病院行ってるんですけど心配しないでくださいということなので、明日にはおそらく元気に。そう本人ねこっち来たいってことだったんですけど、ちょっと大事を取って明日もあるんで、大事を取ってということなんで心配しないでくださいと。さやかさん呼んであげてくださいってゆい1919 N スタイルラブさんくれてましたけど、そういうことなんですよ。別に下田さんが断ったわけじゃない。誰か5000円出してくれた。そう出してくれたんですよ。誰谷口さんがいない間に結構戻るでいましたよね、なんかね。横井さんになってね。会社の名前でしたよね。All right, so this battle, Oeyo versus Mekua. This might be the first time these guys have gone head-to-head. Oeyo in the lead, Mekua in the chase. Let's see if he can pull off another great chase run. Oh, running a bit wide there. Mekua is going to lose a lot of speed coming into the straight. Oh, I think this is all over for the chase car. He's going to get no proximity points. Oh, running a bit wide there too, straightening up. Sorry, running wide. Oh, it looks like... Honestly, Mekua, he's not afraid of the grass this weekend, is he? 逆ですね。あれちょっとあれだね。ね。今の上はすごく良かったよ。絶対ドスが単走の時よりもいい点出てると思う。おお。キレがあるもんな、繰り返しとか。確かに。でこのゾーン2の Let's とこ look ろ at の the lead run from Oeyo. Nice and clean, all the way out into the first. 気持ちよかったと思う。気持ちよかった。That's the second zone. 乗っちゃう感じだね。 Gets good drive out of that corner into the judge sector, sector 3. Transition sector 4. From here, nice flick. And into sector 5, just holds that angle, roasts the tires all the way around, holds that angle nice and clean too, hits that zone 3. And Mekua going off a bit wide there. Apologies to all the people there in the grandstands. Here we go, chase view from Mekua's BMW. Check out that shift knob, by the way, the bubble shifter. 点差が出そうです。もちろん後追いポイント取れましたかね。Starts to lose Oeyo in the smoke. これ車載いいよね。そう車載もドローンもいろいろと。Look at that angle there. できるだけ楽しんでいただけるよう Doesn't に。 really steer out of it. He starts to steer out of it a bit there too, but. 今いい走りしたじゃない。 Yeah, not afraid of the grass. Mekua. なるほど。得点出ました。ほらやっぱりいいよ。99、これドスの得点ですよね。めちゃくちゃいいよね。で、メクアが97点のドスの得点に対してマイナス4点減点されてますので93。これ練習走行って数が限られてるから、なかなか車のセットだったり、ギアを何足ファイナル育成にするとかだったりが十分に合わせ込める込めないがあるでしょう。で今いろんなものがバッチリ来てるかもね。なるほど、ここに来て。だからもしかしたら決勝とかもいい走りするかもしれないね。明日強いね。そうだね。確かにいっぱいもう数増えたからね。Somebody 147 says the Oeyo UFO. Honestly, that's a really good way to describe that car. Like I was saying before, it's a drift car from 2033. Just a bit different to all the drift cars out there right now. When it works, it works. When it doesn't, it doesn't. アリストの鍵はどこなんでしょう。ありました。さあ、入れ替えいきましょう。今度はメクア幸次郎が前、後追いレオ勝弘。There we go, second run. Oeyo in the chase this time. Mekua in the lead. It ain't over till it's over.
Yeah, that understeer there in Mekua's car, it's so obvious. At the same time, he's doing such a great job driving around it. Remember, this car has only just been built. It's not dialed in, it's not set up yet. Ah, running too wide, Mekua. Course out there for Mekua. ちょっとずれちゃうとああなるんだよね。あれ怖いよね。怖いよね。急にね伸びちゃうとね。これ上はどんどん良くなってきて。これね来てるよ。来てますね。Mekua doing such a great job to drive around that weak front end setup that's currently on the BMW. これ VR でしょ VR でミッションもいいミッションついてて So this BMW in the lead, 2JZ powered. At least it's a straight six, so it's got a bit of that BMW spirit to it. Yeah, and just washing off wide there. Hit some of the foam blocks as well. Now, upside of this, Aweo in the final battle here at round 3. Might be a bit of revenge for Aweo as well. There was a situation several years ago where he lost in the final against, it was Yokoi. He lost due to a technicality. Had to do with missing fenders, which is a bit silly, but rules are rules. That's the same shift knob that Mekua had back in the day in his 180SX, that purple blue bubble shift knob. You can buy those pretty much anywhere at like an Autobacks or a truck shop. They're pretty common, but I think he's had that one for a while. Might be his good luck charm. でもこれだけ走れてるんでいいなんかテストはできてるような気がするんですけどね。いろいろ探り探り原因をつかみながら。もう実践の中でなんか見つけていく感じ。そうですね。じゃあ追走やっぱり残った方がもちろんもちろんね。はい。だいぶいっぱい Raja in chat said, if Semi Tanaka makes it to the final tomorrow, does that make it a semi-final? Well, that would be a Fujino. It would not. How about that? Actually, Me Paul in chat makes an interesting point here. If Aweo wins this, that's a last to first challenge. 16th in qualifying to first. どうぞ。赤坂さんって方がね、あだ名が赤マン。赤マンって何ですかって。どっちか説明してください。赤マンって方が。赤坂さんって来てるやん。ちょっと時間なくなんでまた。はい。赤マンって、こうハンドルってフロントタイヤあるじゃないですか。はい。こうやって例えば左に曲がると。Ueno is trying to describe Ackerman. 外側で描く方向が違う。違いますね。はい。それがまっすぐだと。Alright, result, just the official result there for the Aweo versus Mekua battle. Winner, of course, Aweo, moving through to the final. So we have two battles to go here. Yokoi versus Matsuyama, and then Aweo versus the winner of that battle. Nice score there too, over 200-point total score there for Aweo. やはり上尾選手の勝利ということになりました。上尾勝弘決勝進出です。はい、ということで、赤マンね、ドリフトドライバーによっても全然好みがあるんで。だから好みの問題っていうことですよね。その車にあった。
When did Ueo last win a D1 Grand Prix event? It's been a while. No, says the Forbidden One. I believe so. I don't have in my notes when that was. Oh, there you go. Of course, we have Fawaz with the thing there. 2020 Autopolis. Ah, yeah, you're right, actually. I remember that. Oh, both off the track. Yokoi off in the lead. Unusual mistake there for Yokoi. そうだね。これどうなんですかね。当たってもいない。後ろは釣られてったっていうなるけど、でも前に合わせなきゃいけないからさ、それは前が出たら後ろも出るよね。Doesn't look like Yokoi has debeated any tires, so it wasn't that. It was just a straight up a mistake. リプレイ見ましょう。 Here we go, let's watch the replay. いい入りだなと思ったけど、 Matsuyama getting aggressive. なんだろうね。返したとこまではいい感じのアウトなめかなと The 思った lead んだ car, けど。 Yokoi transitions back. It's kind of shallow, but still that's not outside the line most of these guys have been taking. He gets on the power. やっぱその手前のところでアングル不足だったかな。And Matsuyama goes for the sympathy off. この場合は後ろはやっぱり合わせに行くから追っかけちゃいますね。っていうか入ってる場所によってはもう前のコースが見えてない時もああ、なるほど。もう前の後ろをとにかく。そうですね。もういいとこにいようと思うと前がそのまま出ちゃうと釣られて出ちゃう。これがどういう点でね、どういう判定になるか。これが何点でどう判定されるか。さあ、横井と松山の1本目。こういう時難しいよね。どうするの点数がってなるでしょ。Should point out at this point. その代わりジャッジが大きく差をつける。 The event poster curse for this event, as the legend goes, if you are on the poster, you will not win the round. And on there this time is Hibino. I think it's Mekua. Trying to see. Oh, wait, which car number is he? Let me have a look. これ明日のためにまた夜な夜な直してきれいにして、はい。次のラウンドを迎えるんで。No, it is Mekua. So Hibino, Mekua, and that is Matsukawa. In the 8-6. So those three guys, they're not going to win. コンクリートル硬いに決まってるよね。全く動かないからあれ。いやその後のガードレールさ。ああ。高い。高い。あ、そうですか。高いわ。高いんですね。あそこガード。Yeah, that's true though. ガードレールが何枚か。The curse was broken last round. Yokoi was on. It was Yokoi and Naoki Nakamura on the poster, and Yokoi won it. So Yokoi, one of the few people to break that curse. さあ今映像は横井選手のマシンを補修してますけども、まだ点は出てません。 It's got to be Mekua. Yamaguchi's car wasn't moving an inch last time. That's actually, yeah, that's true. バンパー止めてるぐらいですかね。今ね主催者ではなくてね。はい。ノブチャンネルが時短だ踏んでる。そうですね。残り10分。だってなんかちょっとテンション低めよね。今。横井にだからマイナス20入ってますね。10対20。Okay, Yokoi minus 20. 10 versus 26. 同じとこまでしか行ってないからね。Yeah, minus 20 is pretty decent negative score right there. 減点と
いうところで減点が入っている。そして松山北斗 Who 選 is 手 the は Lewis Hamilton of D1 Grand Prix? Explain what you mean by that. You mean used to win a lot and now doesn't win a lot? Probably Daigo Saito. 多分減点だと思いますが、まず結果としては10対26。接触の原因は20横にあるという。で、マイナス5入ったというコースアウト分。じゃあ釣られちゃダメですね。それちょっとね、いい勉強になりました。マイナス5点いかれんのかと。Something interesting about Yokoi's car, he still runs a regular cable actuated handbrake. He doesn't run a hydraulic handbrake like pretty much every single other drift car at this level. Also, he doesn't run an electric water pump, which the majority of these cars do. Also doesn't run electric power steering. さあ、横井選手のエアロ修正終了しましたので、スタート地点に向かいます。これで入れ替えです。10対26で。According to his mechanics, they like to keep it that way because if something breaks, it's cheap and fast to replace. And it's just a case of running the odds. If you miss an entire round, that's a guaranteed massive loss of points. If you can get out there and get at least a few points every single round, your chances of getting up the top are much, much higher. And honestly, that's a lot of that. A lot of motorsport is about that. Being consistently close to the top will get you a much better overall result than winning and then losing directly after that. All right, here we go, second run. It's looking good for the lead car, but Yokoi is not going to let him go down easily. でもあの点差はひっくり返らないんじゃない？いや、っていうか今もっとするな。あんなにがついてアウト。Well, look at Yokoi entered that early. Oh, and another half spin from Yokoi. 両者なんかおかしいね。最後も横井乱れました。 Unfortunately, this is something we do see quite a lot from Yokoi, the self-sabotage. Lots of weird, unforced errors all of a sudden. There was a period a few years ago where this happened quite a lot. He'd be doing really well and then just all of a sudden crash or spin or just do something or debeat a tire or just do something like that which would completely ruin his day. Chad said, Yokoi really said the only one who can beat me is me. Yeah? I mean, just look at all those stickers on his quarter window there. Those are all as they glint in the sun. Yokoi really went ka-chow. Right there, as I was saying that. Yeah, half spin for Yokoi. Unusual mistake. So it looks like we have a result there. Our final battle here today will be Oeyo versus Matsuyama in the A90 Supra. Unusual spin there. Didn't really do anything too weird there to cause that. ギアも入ってたしね。最後抜けちゃってるよね。つけなかったのかな。なんだろうな。これは単純な失敗でいいんでしょうかね。失敗ですね。失敗。Yokoi is the Leclerc of D1 Grand Prix, yeah. さあこれはもう勝負ありでしょうかね。ありですね。ね。やばい。あと5分。お、出ました。
これはもう圧倒的です。勝ったのは松山。 And there you have the result there. 123 points overall for Matsuyama versus Yokoi's 91.5. So winner and going through to the final here today, Matsuyama. さあということでこれで決勝のカードが決まりました。上野勝弘 VS 松山北斗。上野じゃないよ。あ、上野って言いました。上野勝弘 VS 松山北斗。さあいよいよ決勝のカード決まりました。お、ちょっとですね、前代未聞ですけども。やっぱね、決勝はね。In chat, Jumona says, really felt like Yokoi just took himself out without even competing. Actually, if you scroll up, someone else mentioned that too. Who was it? Of course, it was Fawaz. Yeah, Yokoi, in 2019, he did, at Ebisu, he crashed at Ebisu and he crashed at, I think it was Tsukuba Circuit. He had 2 heavy crashes and DNFs, and still somehow managed to win the championship. Quite odd how he managed to do that. I don't know how, but he did it. ここで復活。Kawabata Masato。いらっしゃい。All right, so Taniguchi's heading off to do whatever it was he was meant to do for his knob channel. He's got his racing suit and his helmet on. もうほんまさっきね、配信終わって、ピット戻ってね、だからなんかもうみんな見てくれてて、ああこれを？そうそうそう、友達とかも LINE 入ってて、よかったで言うて、なんとなく褒めてもらえてて、いや今日も仕事やりきったなと思って、今カレーうどん食おう思ってたんです。お、危ねえ。こうなってる時に電話来て。急遽来てください言うて戻ってください。そうまあしょうがないなと嬉しそうだな。呼ばれたらね、まあしょうがないです。ここから川原さんにも解説していただいて、で、So a little replay here of Ueyo versus Sobagiri. Now Sobagiri, first place qualifier. He did an amazing run. 立ち上がってきましたけども。まあ合わないでしょうね。合わない。And Ueyo just comes rocking up, kicks him in the face, and knocks him out of the competition. いやでもね、もうこの対戦の時から Here's the run between Naoki Nakamura and Semi Tanaka. それこそ活気ある振りやってますよね。そう。だって99よ。Naoki, of course, running this year in this 2JZ powered GR86. And Naoki running off wide, smashing into the barriers. Bit of an unusual mistake for him. Luckily, not too much damage to either of those cars. Next one, Mekua versus Hibino. This is Hibino in the lead. Typically, Hibino big flicks there. Mekua takes advantage of what looks like a missed shift for Hibino. Next round, Fujino versus Matsui. Matsui coming in a bit too hot there, transitioned very early, smashing into the back of Fujino. Next round, Yokoi versus S. S did really well in this run, but Yokoi, his chase run here, probably the best, most aggressive chase run we've seen so far. Max proximity points all the way around, despite S's nice lead run. Also, S may have missed a shift at some point. 飛んでっちゃうんで。なるほどなるほど。そうか、そんな取り外しできるようなものやと影響がありすぎて取れちゃうぐらい。そうそうそう。Next one, this is Pon versus Vito. まあでもあれですよね。セイミの話でも続きやります。大丈夫です。いや、何セイミの話。Sorry, back to front. This is セイミがいいやつやっていう話と話が長いっていうのと、あと内容が薄いっていうのと。セイミ？内容が薄いまで言ってたっけ？俺セイミの印象は SNS の文が長い。Chat said what happened to Daigo Saito. He blew his engine in the warm-ups this morning, unfortunately. So this is the battle between Suenaga and Kume.
長文で言われましたよ。褒められました。内容は薄いわ。 Kume maybe just needs to get a bit more experience in D1 Grand Prix. He looks like he's almost there. やっぱり Just needs to get a bit more actual D1 XP. 決勝の場にいるっていうのは。 Experience, I should say. And this is a run between Matsuyama and Iwai. Iwai did a really good job. It was looking like Iwai may have done enough to get the win. 上がってる感。俺今上がってるぜっていう今この舞台は決勝やぞっていう。で今みんなが俺を待ってるみたいな。ああ、なるほど。まあ確かに待ってるもんな。いやそうそう。The battle between Mekua and Fujino. 思い出してください。忘れた。まあ俺的には Fujino's lead runs kind of clean, but also a little bit slow. でも解説だから。 Fujino just getting into beast mode right there, taking out Fujino. さあいよいよです。両者が揃いまして。 Right, here we go. This is the final battle for round 3 of the 2023 Gran Turismo D1 Grand Prix Series here at Tsukuba Circuit. We have leading the first run Katsuhiro Ueyo in the S15 Sylvia being chased by Matsuyama in the A90 Supra. Two beasts. Ueyo on his game here today. Well, Matsuyama's line way off. Despite being one of the fastest drivers, he's taken quite a shallow line. Ueyo right in the groove there, hitting all the zones. Matsuyama absolutely no chance to catch up. マーキングタイヤ今回増えてるはずなんですけど、それもあるかもしれない。あ、ちょっとアンダーっぽいね。アクセルね。Ueyo's S15 built different, and I do mean that literally. He's built this car with a completely different thought process and philosophy compared to a lot of the other drivers. When it works, it works. When it doesn't, it really doesn't. But today, it seems to be working. A difficult car to drive, but it looks like he's got a handle on it today. Great shot there, nice angle. You see from that angle, Matsuyama trying to catch up, but as soon as he starts to catch up with Ueyo, Ueyo just puts the power down and drives away, leaving us all in a cloud of smoke. When I say built different, I mean Ueyo's cars, compared to a lot of the other cars here, for example, a lot of the other S15s, tires bigger, power more, suspension higher. It's actually higher than a stock S15, believe it or not. With very soft suspension. The bodywork in this car is a bit wider than most of the other cars here, as you can probably tell. So it's honestly, it's set up more like a trophy truck than a traditional drift car. Just speaking in hyperbole there, but it really is. めちゃめちゃダサかったんで、俺がもうこれかっこ悪いですよとか言える中でしたもんね。そうそうそう。いやこのミラのダクトはかっこ悪いです。みんな気使って言わないですけど、川村さんだけ言うてた。俺は結構言うてた。俺はもうその時ぺったんこでメッキオイル入ってシャコタンでブイブイこうなんかこうそこら辺走ってても指さされるぐらいのかっこいい車に乗ってたつもりやったんですけど。父ちゃんの車はダサかったね。それが言うてたんですね。それを結構言うてましたね。いや走りはすごいんですよ。だから走ったらかっこいいんですけど、止まってたらもうかっこ悪いんですよ。あかんやん。あかんやんそれ。だから最近ですよ。それこそ
チーム東洋になってカラーリング変わって、あの辺ぐらいからちょっと車高も下がってとか。お、得点出ました。All right, there's a score there. 99 for Ueyo in the lead. 松山はマイナス That is a great lead run for Ueyo. 減点が大きいですよね、まず。And Matsuyama there -7. そういうことです。やはりアンダー取られてます。セクター4ものインカットです。インカットですよね。そのコースアウトはね。So sector 4. ゼブラでももう cutting the course. なるほど。それはやっぱ厳しいですね。 In sector 4, that's that little transition they do just before the hairpin. So the voice of that judge we heard just there was Kuniaki, former D1 Grand Prix driver, who's also a judge now. Second run, this is the final battle here at D1 Grand Prix. Lead run, Matsuyama. He's with the disadvantage going into this run. Ueyo already up on his door. They hit the straight into the chicane. Last flick into the final corner. Oh, and Matsuyama running off wide there. Ueyo pulling up side by side over the finish line. やりましたね、今のはね。いやー、よかったね、終わって。いや、まあ4時36分。終わっちゃったか。とか。終わったよ。いや、でも。It looks like this may have been a last to first for Ueyo. He qualified 16th. He went into this battle with a bit of an advantage. いや、谷口さんもやっぱりそういうボケがたまに入るじゃないですか。やっぱああいうのは欲しいな。Ueyo, one of the OGs here in D1 Grand Prix, back in the day, driving an A86 with little 195. No, what were they? 205? No, they were 195. Were they 195s? How small were they? They were really small tires he was running on them. On tracks like Autopolis. さあ、まあもう見た感じ結果は見えますけども。いやでも上を嬉しいだろうね。だってまた久々じゃないですか。オートポリスで確かね。So everyone, this is the track we have here this weekend. Now, before you go, I'd like to say, first of all, thank you so much for joining us here. I know this this stream was hard to find. Unfortunately, on the option front page, for some reason today, the English stream doesn't show up. So if you went to the option page, you'd see the Japanese one and not the English one unless you clicked on the live stream, which kind of sucks. This is why we only had like about 500 people watching here today at the most. But still, if you found us through my little Instagram post, thank you for being here as well. Now, we will be back here tomorrow. Same time, same venue, same drivers. Now, if there's any drivers out there who you didn't manage to catch in the top 16 that you wanted to see, you can see them in qualifying in the morning. So time here is just after 4:30 p.m. in the afternoon in Japan. So if you're watching from the America's time zone, if you're watching from the USA or South America, the time here right now is 4:40 in the afternoon. So tomorrow's schedule will be exactly the same as today. We'll be running solo runs from 10 a.m. Japan time. That's tomorrow. So if you're watching from the USA, Canada, South America, etc., or Mexico, thanks to our we had some Mexican viewers here today. Tomorrow morning is when you should watch. Sorry, tomorrow evening. My mistake. No, sorry, my mistake. Tomorrow evening, so Saturday evening, is when we'll be on. For everyone in Europe, first thing in the morning when you get up, we'll be on. For anyone watching from Australia, New Zealand, Southeast Asia, same time as you. 10 a.m. and then the battles at 1 p.m. If you don't know how to translate that time through, you can just ask the internet. はい、ネルさんからお願いします。明日も必ず通ります。おお。はい、必ず。何点ぐらいで？
だってもうライン引きから始めるんで自分の通りやすいところにゾーン作る大丈夫です。それ一番点伸びるよね。 Okay, and if you just look in chat right now, there is a link for tomorrow's stream. So we're on the same channel, but the video is different. So if you want to, tell you what, click on that. There's a link in chat right now. Do us a favor. Click on that and then click on Remind Me. Like open that link in a separate browser and then click on Remind Me. 昔はよく D1 も土曜日が本戦日で日曜日エキシビジョンとかってなるじゃないですか。結構それで日曜日 This is my first time watching D1 and I love it. ポイントつかなくて何もせず I gotta be honest, I like D1 the best. そういう時結構強いんで Especially when you get tracks like this. もう気持ち切り替えて And it's the top 16. It's entertaining from first battle until last. You get those aggressive fights like we just saw. Not saying it doesn't happen elsewhere, but I like this. It is a lot of fun. So, there you go. Click on that link in chat. Thank you, Navarim, our mod. If you click on that link and then go Remind Me, when you open YouTube tomorrow, it will tell you, hey, D1 Grand Prix on, you want to watch it? And of course you say yes. Or maybe get yourself a snack and a drink, then say yes. Alright everyone, so that's all from here today. Thanks so much for watching. We will be back tomorrow for round 4, same venue. Of course, we have all the other drivers that we don't normally get to see in qualifying, including drivers like Sayaka, who she was out today. Unfortunately, she was having a lot of neck pain this morning. Oh, God. Okay, let's turn that down. She was having a lot of neck pain this morning and had a bit of trouble with that. She said she went to the hospital just to get it looked at, but she should be okay. And I will hopefully see some of you guys tomorrow. I know this is for our North American viewers and our American time viewer people. It's quite late. Maybe I'll see you tomorrow night on Saturday for everyone else. Sunday morning, join us here on YouTube for the next round of D1 Grand Prix. So my name is Alexi, aka Noriero, here on YouTube. If you want to watch some more drifting, head on over to the Noriero channel. Got some new videos up there. Don't watch the latest one. I think it's kind of boring. Watch the one before that about the Rotary event, the one with the FCRX7. I think that's a pretty cool video. Check that out, and I will see you tomorrow, hopefully, for D1 Grand Prix, round 4 from Tsukuba Circuit. There you go. Thanks, Nav. So once again, thanks for watching. See you tomorrow. Bye for now. VARINOタイヤ柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ利根は今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコグさん、85周年おめでとうございます。僕もね、トレコグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。
オイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 In a world of extreme, this is where they're refined, the real deal. Cusco.さあということで今の2本目の走りもですね、どうやら松山北斗選手が、97のドトの得点、そして上岡勝弘選手97のドトの得点、あと1ポイント差、ここも100対95というところで2本目も、取り199対186、圧倒的な走りの差、これでどうやら上岡勝弘選手が持ってったということになります。さあそれでは表彰式の準備の方に参りたいと思います。それではまずちょっと待ってください。もうトロフィーが渡されてますか？あれちょっとはいまたここから見えないんですよ。はい、何の指示もなくもうすでに渡されてますね。さあどうやら優勝トロフィーが優勝いたしました上岡勝弘選手に、どうやら D1 アンバサダーの野村健より贈られるということになります。はい、おめでとうございます。さあそれでは続きましてこの優勝賞金ボード100万円が今 D1 アンバサダーこの野村健より100万円のボードが上岡勝弘選手に渡されるということになります。そしてさらには金メダルの贈呈ということにもなってまいります。さあ見事にこの九州本当に D1 の創世期からを支えてきたこの2人が今ねお互いにそれを称え合う状態になって今金メダルもこの上岡勝弘選手に野村健より渡されるということになりました。
さあそしてそれではなります。今回見事に優勝ということになりましたのはもちろんこの上岡克弘選手のチームバリのワデストラチームということになります。チームの方いらっしゃいますでしょうか。優勝チームには大会アンバサダー野村君より優勝トロフィー、あ、上尾選手でいいですね。大丈夫ですか。優勝チームのほか誰かどなたか代表がいらっしゃればというところでしたが、いなければおそらく上岡次郎選手の代表ということになるとは思いますけれどもあ、いらっしゃいました。はい、今この優勝チームのトロフィーがバリのバデスターチーム、今野村県より渡されることになりました。おめでとうございます。さらにはですね、副賞といたしましてこれ株式会社より今副賞が渡されるということになります。これは工具一筋、今年で85周年を迎えます。長年受け継がれてきたものづくりの DNA は信頼のブランドトレとして刻まれております。ホームページも新しくなったということでぜひアクセスしていただきたいということになりまして、今回はトリ株式会社代表取締役平尾元弘様よりどうやらツールテストが上尾選手に渡されることになりました。さあこのツールテストが優勝チーム副賞ということで利根株式会社より今上尾選手に渡されるということになりました。さあ続きまして準優勝の表彰です。今回の第2位ということになります松山北斗選手です。さあ松山北斗選手にはまず審判員の小口康弘さんより、さあまずは30万円の賞金ボードが松山選手に渡されるということになります。そしてさらに審判員小口さんより銀メダルの方が松山北斗選手に渡されることになります。はい、今苦しそうな顔で松山さんメダルと銀メダルを小口より渡されるという形になりました。さあさらに続きまして第3位ということになります。第3位の表彰です。今回の第3位横井正史選手です。第3位の横井正史選手にも審判員小口さんより銅メダルの方が今渡されました。はい、この辺りもしっかりと今回第3位というところまで結果を残しています横井正史選手。落とすことなく素晴らしい成績を残して今銅メダルを渡されたということになります。さあそして単走優勝でよろしいですか。単走優勝の表彰ということになります。見事に単走優勝を果たしたのはSobagiri広大選手です。じゃあSobagiriさん真ん中へ。昭和ベスト16。じゃあ真ん中でやろうよ。また再び単走でしっかりと優勝を取りまして、Sobagiri広大選手にも単走優勝金メダルが大会アンバサダー野村健よりSobagiriさん笑顔お願いします。はい、行きます。はい、ありがとうございます。さらには、副賞が渡されることになります。副賞といたしまして、利根株式会社取締役平尾元弘様よりツールケースが贈られることになります。あ、真ん中でお願いします。さあ今利根株式会社の副賞このツールケースが
今回の単走優勝、Sobagiriコウダイ選手に渡されたというところでございます。はい、じゃあこちらもお願いします。はい、チーズ。さあ続きまして、ベストメンテナンス表彰になります。この賞は D1 グランプリの車検検査を優秀成績で通過した車に贈られます。今回ラウンド3ベストメンテナンス賞は D-MAX レーシングチームです。 D-MAX レーシングチーム代表に賞がございますが、どなたかいらっしゃいますでしょうか。ベストメンテナンス賞、もう何度ももちろん持ってっているというところではございますが、今回も見事にこの車両検査の優秀な成績、こういうところをじゃあ真ん中でお願いします。はい、こちらの方も全然前でいいです。こちらの前で平尾元弘様より角度締め、トルク締めに対応するトルク電池が贈られることになります。大丈夫ですか？カメラこっちです。じゃあこちらお願いします。はい、チーズ。映像からもう一丁、ははい、行きます。映し出されておりますけれども、はい、こっち行きます。お願いします。黒いね。ツールケースの方ではないかなという感じはいたしますけれどもね、今利根株式会社、代表取締役この平尾元弘様より副賞といたしまして、この今回のベストメンテナンス賞 D-MAX レーシングチームに渡されたところでございます。さあというところで、ここでそれでは優勝インタビュー参りたいと思いますが、さあ見事に優勝いたしました。今回でこれで D1 史上5回目の優勝というところで、上尾選手いらっしゃいますか？はい、上尾さんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、こういう言い方変ですけども、どうしました今日は？今日ですね、はい、ちょっと昨日の夜ですね、夕方ですね、はい、ミッション壊れて、はい、本当は今日はリタイアするはずだったんですよ。で、従業員とかに言って、はい、とりあえず航空便で空輸してもらって、はい、今日朝から、はい、メカニックに羽田空港に取りに行ってもらって、ギリギリじゃないですか、いろんなことがすべて、もう諦めてて、はい、でスタート今日皆さんこうちょっと遅れなんていうんですかね、時間がちょっと伸びたのが、自分には超ラッキーだったんですよ。なるほど。で、走る10分ぐらい前に、はい、ミッションに乗せてもらって、はい、で不安な気持ちは昨日走ってないんであったんですけど、はい、今日ですね、はい、応援しに来てくれてる、子がいて、はい、勝つって言ったから勝ちに来ました。いやー、ただですね、このベスト16の戦い、もう上がっていけばいくほどその走りはもう見事な素晴らしい走りに変わっていた。どその得点も出ていた、はい、後追いもできていた、はい、もう今シルビアのこの VR 搭載のマシンが、はい、こんだけすごい走りができるんだという、本当に見違えるような勝ち方だったと思いますが、この辺りはもう何が変わったんでしょう？そうですね、やっぱ一番ラッキーだったのは一番最初にそばぎり君に当たって、はい、完全コピーさせてもらって、それから全部パクっていいところを全部走らせてもらいました。なるほど、はい、これはもうそばぎり広大選手のおかげ、はい、ありがとうっていう感じですね。でもこれで上尾さん、今の走り、もう走れば走るほど良くなってましたけども、最後なんかも完璧だったと思いますが、これ明日に向けてもちょっといい状態でいけそうですね。そうですね、基本的に今日いろいろな走る前から、はい、せっかくお客さん見に来てくれてるから、はい、やっぱり振り出しから全開でいって、全開の角度をつけて、はい、全開に振り返して、はい、負けてもいいから全開でいってやろうと思ってました。できてましたよ。はい、もうそれをそれをみんなに見せたくて、はい、よかったです。こうやれてよかったです。今日はそれを最後までやりきった。そしてそういった走りの中で勝ち取った見事なる優勝だと思います。本当におめでとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。いやー、本当に素晴らしい走りというところでしたけれどもね、
見事にね、今回ラウンド3は、上尾勝弘選手の優勝という形になりましたけれども、さあそれではですね、表彰物なしで選手だけでの写真撮影をお願いいたします。表彰物なしで真ん中の方中央にお集まりいただいて、はい、上尾選手、松山選手、そして横井選手、さらには、sobagiri広大選手も単走優勝、そういったところも含めまして、どうやらですね、4位のメクワ選手もいらっしゃいますか。4位のメクワ選手もその横に並んでいただければというところだそうです。ベスト4に残りました上尾勝弘選手、松山北斗選手、横井正史選手、そして4位のメクワ幸次郎選手、はい、さらには単走優勝sobagiri広大選手が今記念撮影というところで車を前に、いやまたここのね4人はおそらく明日も、そして単走優勝を果たしたsobagiri広大選手も含め、また単走で追走で素晴らしい走りを見られるんではないかと思います。さあそれではスパークリングセレモニー参りたいと思います。それではまず D1 グランプリの優勝2位3位、さらには単走優勝、今いた方ね、残っていた方含めスパークリングセレモニー、はい、奥の松酒造の方いらっしゃいますでしょうか。いつものように奥の松酒造純米大吟醸プレミアムスパークリングが贈られることになります。このプレミアムスパークリングで最後皆さんにね、みんなで乾杯やりますからね。コップ持ってきました。ペットボトルでもいいですよ。これ飲めますからね。これ最後に乾杯したいと思いますんで、さあ今奥の松酒造高橋様よりそれぞれに贈られることになります。上尾選手に渡されました。さらには2位の松山北斗選手に、そして第3位の横井正史選手に単走優勝いたしましたこのsobagiri広大選手に奥の松酒造純米大吟醸プレミアムスパークリングが渡されて、今記念撮影ということになります。さあこの撮影が終わりましたらシャンパンファイトということになりますが、そうですね、今日はまだ明日がありますんで控えめなシャンパンファイトでぜひお願いしたいと思いますが、記念撮影が終わりましたら、さあ4人の方、それでは参りましょうか。控えめな、はい、シャンパンファイト控えめになるかどうか、だから全部上尾選手にかけといていいんじゃないですか。もうこうなったらそこはね、周りに飛ばさないようにね、もう横井さんそんな出さなくていいから本当に控えめに、はい、いやー嬉しそうな今4人の、はい、乾杯と、そしてねこのスパークリングセレモニーが今行われていることになります。今回の優勝上尾勝弘選手、第2位に松山北斗選手、第3位に横井正史選手、第4位メクワ幸次郎選手、第5位は藤野秀幸選手、第6位に田中誠美選手、第7位に尾藤弘樹選手、そして第8位に久米哲也選手ルーキーが入り込んだというところでありました。さあそれをもちましてですね、シリーズランキングの方、やはり相変わらずもちろん横井正史選手がトップです。64ポイント。そして第2位に松山北斗選手が上がってきました。シリーズ45ポイント松山北斗。第3位が末永正夫選手です。第4位に尾藤弘樹選手、第5位に田中誠美選手、そしてなんと第6位に上尾勝弘選手がシリーズランキング上がってきた。第7位藤野秀幸、第8位にsobagiri広大選手ということになりまして、いよいよこのシリーズ戦も明日のラウンド4、同じこの筑波でどういう戦いになってくるかということで、非常にですね明日もまた楽しみになってきたというところではございます。本当に素晴らしい戦い、熱い戦い、行われたラウンド3でしたが、最後に、高橋邦明さん、はい、まずは、今日大変だった審判ご苦労様でございました。大変ですね、大変でした。見るところいっぱいありましたね。もう本当にもういろんなことが起きましたけれどもね、総評という形で一言お願いいたします。逆にちょっと質問なんですけど、なんでございましょう。上尾選手、単走16位だったじゃないですか。そうですね。
からの全然考えられないですね。ですよね、はい、こういうラウンドはここ最近なかったんじゃないですか。なかなかないと思いますね。16位ギリギリぐらいで優勝っていうのはそうですよね、はい、なかなかないと思います。こう審査側も最初、上尾選手1回戦会で負けるのかなと思ったのがなんかエネルギーをもらっちゃったんだかなんだかよくわかんないですけど、どんどん良くなりましたからね。車のもうスピードがね変わったのが途中で分かったんですね、はいはい、でそれで上尾選手がぶっちぎっていった、はい、まあちょっと今回15ポイントの、はい後追いポイントを作ったんですが、はい、やっぱり10ポイント前後しか厳しいもんね2人ね。いや厳しくないでしょ。もうかなり違う、厳しいって。いやせっかく15にしたんだからもっと出しや。じゃあ明日はね、明日はもう大サービスで出したいと思いますので、またね明日も天気いいでしょうし、いい追走、今日ね悔しい選手いっぱいいると思います。まあでも結果今日いい追走結構ありましたね。本当にね。はい。いうところでしたんで、どうかまた明日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあというところでいよいよ明日はですね、もちろんラウンド4ね、この筑波の中で戦いが行われる。どんな追走、また単走もですねどういう形になっていくのか非常に楽しみになってまいりました。そして今日だけね、お越しいただいた方はこの後夏の戦い8月26、27日ラウンド5、6は恵比寿サーキット恵比寿西コースで行われるということになります。8月真夏の決戦、ぜひ見に来ていただきたいというところ。そしてまた明日来れる方は明日のラウンド4を、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあということで今日ね本当にね、だいぶ時間の方遅くなってはしまいましたけども、最後までこの観客席、この会場内で見ていていただいた皆さん本当にどうもありがとうございました。そして最後まで、ライブ配信の方もね、見ていただいた方本当にどうもありがとうございました。また明日のラウンド4つくばもどうかよろしくお願いいたします。皆さん本当にどうもありがとうございました。さあそれではこれ多分写真撮影等々が終わったらだと思いますけれども、コース上引き続き皆さんと一緒に乾杯があるんではないかなと思いますが、これどういう形でやるか、コース中央にお集まりくださいということなんですけど、ちょっとねここから見えないんでわからないんですが、どういうふうに用意されているか。まずどうやらコース上にある車をですね、パドック内に整備のために戻すということだようなんですが、皆さんが入り込んでますんで、ただ選手の方々は残って最後皆さんで乾杯ということになるようなんですが、どうやら車の方はこの後明日に向けての整備という形の中で一旦パドックに戻させていただきます。おそらくこの後メカニックが、指導して戻していくのかな、この中を、ゆっくり走って戻っていくことになりますけれども、一旦車の方は移動してまいります。ですからちょっともう中に入っている皆さんはちょっと注意しながら、できれば中央側か選手の側どこかにちょっと寄っていただくか避けていただきたいかなと。で選手の方々はまだ全員残っといていただきたい。選手の方だけは、このストレート上コースの中に残っていただいて、マシンの方だけはもう持っていきたいという方は、どうかパドックの方に戻していただくというところでいいそうです。明日に向けての実は整備というのがもうありまして、今の時刻5時を過ぎておりますので、早めの整備というところでマシンの方はどうやらこの後動かせるということになりますので、スタッフの指示に従いまして、そして選手の方だけはまだコースに、残っていただいて、この後最後乾杯で締めていただきたいと思いますけれども、
おそらくこれスタッフの指示に従っていただければということになりますが、ちょっと皆さんも注意していただいて、それでもまだなおコースの方に残っておいていただければということになります。短い時間ではありますけどもね、最後このレース後のこのコース上での雰囲気をちょっと楽しんでいっていただければなというところになります。今日選手とのねピットオフとか触れ合いが全くございませんでしたので、最後短い時間ではございますけれども、最後選手とのコンタクト、こういったところもちょっと時間をねできる限り作りたいと思いますんで、今この後マシンの方も移動にはなってしまいますけれども、まだまだちょっとコースの方にいていただいて、できれば乾杯をやっていきたいのかなというところだと思います。コップ持ってる方とかあったら、なんかこの後ついで回るそうですから、ぜひついでいただいて、そして乾杯していただければなということでございます。新しい企画、ちょっとやってみようというところで、奥の松酒造プレゼンツみんなで乾杯というのを行うそうでございますので、ぜひまだですね時間のある方はコースの中に残っていただいて、そして選手と一緒にみんなで乾杯、していきたいと思います。そしてマシンの方は、どうやらこの後移動するということになりますので、スタッフの指示に従いまして、マシンの方は動かしていく。そして皆さんもちょっとそれに注意していただいて、コース上に残っていただきたいと思います。はい、ということで、筑波サーキットでの第3戦以上で終了ということになります。皆さんちょっとね時間をして長い時間になりましたけども、どうだったでしょうか。またちょっとね今日できなかったことは明日ちょっと改善してお届けしますんで、また明日朝9時からですね、はい放送ありますんで、ぜひ皆さん明日もやりますよ。はい、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。ということで本日は皆さんどうもありがとうございました。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱、あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せトヨタイズ。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする世代プレミアムタイヤ。利根は今年で85周年。
利根は今年で谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカーにこれご無沙汰です。85周年おめでとうございます。僕もね、85年工具さんに使わせてもらってます。利根さんといえばですね、85周年ということで、長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続けて、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。企業として成長してきた証だと思います。使ってみてください。もう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱、あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます青を灯せトヨタイズバリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ利根は今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコブさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコブさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひこれの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。
先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。 In a world of extreme, this is where they're refined, the real deal. Cusco. D1 グランプリ次戦はドリフトの聖地福島県恵比寿サーキット。西コースのホームストレートから2コーナーの立ち上がりまで使用するレイアウトは高速から一気に減速が必要のためハプニング続発。そんな難コースでも上位選手はきっちり寄せ切る凄まじい追走を見せる。シーズン折り返しを笑顔で終えるのは一体誰だ。 D1 グランプリ第5戦第6戦恵比寿は8月26、27日の土日開催。観戦はサーキットまたはビデオオプション YouTube で。